よく来たな。早速じゃがわしと手合わせといこうかの。いきなり手合わせかよ。もう少し説明とかしてくれねえのか。なーに、口で説明するよりも体で説明した方が早いというだけじゃ。それにこれはわしの肩慣らしも兼ねてのことじゃ。何、軽く流す程度じゃ付き合ってくれてもよかろう。分かったよ。けどどうせやるんなら全力で行かせてもらうからな。いい心がけじゃな。この際この春心夜市様が一から戦いというものを教えてやるとするかの。悪いな、てめえを切るぜ。なかなかやるではないか。手応えは感じたかの。そりゃそうだろ。全力で打ち込んでるんだからよ。今お主が放ったのは気根技じゃ。こやつを当てると相手の魂魄を一気に破壊することができる。魂魄というのは魂の器。現世のゲームでいう残機。イチゴ、この戦いにはルールがある。相手に勝つには相手の魂魄を全て破壊する必要がある。じゃが逆に自分の魂魄を全て破壊されてしまうと負けとなってしまうのじゃ。なるほどな。とりあえず気根技ってやつを相手に当てれば勝てるってことか。気根技は戦いにおいて最も重要じゃ。決して忘れるでないぞ。なかなかやるではないか。だがわしもまだまだこれからじゃぞ。避けてみやがれ。よく見とけ。その調子じゃ。今のでわしの魂魄以外に何か減っていることに気づいたか。なんつうかさっきの気根技ほどじゃねえがダメージを与えた感じはしたよ。魂魄には届いてなさそうだったけどよ。お主は今の攻撃でわしの霊視にダメージを与えておる。気根技以外の攻撃は全てこの霊視にダメージがいくのじゃ。この霊視を一定以上減らすことで相手に大きな隙ができる。そこに大技気根技を当てるというわけじゃ。まあ何事もやってみるのが早いじゃろ。わしの霊視を減らし気根技を当ててみよ。
切るぜ。霊視を減らし隙を作り既婚技を当てる。これが戦闘の秘訣じゃ。既婚技を当てれば相手の残機である魂魄を破壊できる。さすればお主も勝利に近づけるというわけじゃ。なるほどな。大体は理解したぜ、夜市さん。そうか。ならば少しばかりわしの本気を見せようかの。悪いがここは倒産。さあ構えろ。行くぞ。急になんだよ、夜市さん。お主に見せるのは初めてじゃったか。これは春光という背と両肩に高濃度に圧縮された軌道をまとい、それを炸裂させることで軌道を己の手足へと叩き込んで戦う。つまりわしの切り札じゃ。気を抜くな1号。この技はまだわしもうまく加減できんからの。案ずるでない。貴様の戦意はすでに十分溜まりきっておる。せっかくじゃ、お主の挽回がどのくらいのものかわしに見せてみよ。しょうがねえ。行くぜ、夜市さん。から本気で行くぜ。天差残月、これが俺の挽回だ。気を抜くでないぞ。今日はこの辺でよかろう。もし戦闘でわからないことがあればまたわしに尋ねるがよい。人は誰しもが必ず死を迎える。それは万人に等しく訪れる。当然あなたにも。しかし肉体は死によって朽ち果てようと、そこには残るものもある。その名は魂魄。死して肉体との因果が解き放たれた魂魄は導き手により新たな世界へとたどり着く。ソウルソサエティ、そう呼ばれる世界では現世とはかけ離れた時間軸の中で多くの魂が共同生活を営み、やがてその一部は現世へと帰っていく。そうした循環により
生と死後の世界は魂の均衡を保っているのだ。そしてその循環を司る魂の調停者、彼らのことを死神と呼ぶ。くそ、なんで。君もよくここまでたどり着いた。しかし私にとって君という存在はもはや興味も価値もない。目にするがよい。そして約束しよう。今こそ。俺は幽霊の見える男。見える、触れる、喋れる上に払っても払っても疲れちまう。物心ついた頃には普通の人間と同じくらいはっきりとその姿が見えてたんだ。ありがとう、お兄ちゃん。これで静かに暮らせるよ。どういたしまして。早めに成仏しろよ。回転している。回転し、太陽と月に触れるたび、常にその姿を新たなものへと変えていく。変わらないものがあるとすれば、それはきっと俺の無力。ただ力が欲しい。手を伸ばしても守れないなら、その先に握る刃が欲しい。運命を砕く力はきっと。近い。近い。じゃあアルカボケー！貴様、私の姿が見えるのか！っていうか今、蹴り？あ？何わけわかんないこと言ってんだ。んなもん見えるに決まって。常人に私の姿を見ることなどできん。私は死神だ。なるほどな。つまりあんたは死神でソウルソサイティとかいうところからはるばる悪霊退治にやってきたってわけか。よし、信じようってなるかボケー！貴様、幽霊が見えるくせに死神の存在は信じるというのか！当たり前だ。あいにく今までそんなもんは一回も見たことがねえんだよ。目に見えないもんは信じない主義なんでね。人間じゃないってのは認めてやるが、死神ごっこはよそでやれ。ほざきよったな。
爆道の1サイ動けまい。これは鬼道といってな、死神にしか使えぬ高尚な呪術だ。本来なら貴様のような輩は殺してやるのだが、霊法で指令外の人間を殺してはならぬことになっておるのでな。動きを封じるだけで勘弁してやる。それから臆するな。お主の向かう先は地獄ではない。ソウルソサイティだ。地獄と違って来やすいところぞ。どうなったんだ今の幽霊。ソウルソサイティへ送ったのだ。本草という、貴様らの言葉では成仏というのだったな。死神の仕事は主に2つある。いわゆる通常の幽霊プラスをソウルソサイティへと導くこと、そしてもう一つが他者の魂を食らう悪霊ホローを消化滅却すること。今回の私の任務はこれにあたる。ちょっと待て。お前がその任務で来たってことは、そのホローってのはこの近くにいるってことか。だったらこんなことしてる場合かよ。いや、それが先ほどからどういうわけかそいつの気配を全く感じなくなってしまったのだ。なんだよそれ。どういう。まるで何か大きな力に感覚を阻害されているような。おい死神、今のすげえ声聞こえなかったのか。ありゃ一体何の声だ。すごい声。そんなものいつ。聞こえた。これは間違いなくホローの声だが、まだ何か見えないフィルターがかかったような。一体何なのだこの感覚は。いや、それよりもこいつはこの声に死神の私よりも早く気づいたというのか。ユースの声だ。おい待てよ。どこ行く。私が片付けてくる。貴様はここにいろ。バカ言え。襲われてんのは俺の家族だぞ。解けよこの術。早く。何を言っている。貴様が来ても何もできん。私に任せてここにいろ。いいな。なんという冷圧だ。これに今まで気づかなかったと。私は一体どうしてしまったというのだ。カリー。よせ、何をしてる。やめろ。それは人間の力では解けん。無理をすればお前の魂が。バカな。人間が軌道を自力で解くだと。そんなバカな話は聞いたこともない。待て。こいつがホロー。悪霊っていうからてっきり人の姿だと思ったら化け物じゃねえか。くそ、何震えてんだ俺は。怖くねえ。あんなやつ怖くねえぞ。うろたえるな小僧。貴様の家族はまだ誰一人奴に魂を食われてはおらん。ちょっと待てよ。ホローってのは魂を食うために人を襲うんじゃなかったのかよ。それじゃ何のためにうちの連中を。ホローはより霊的濃度の高い魂を求めている。そのために無関係な人間を襲うというのはままあることだ。
死神が見え軌道を自力で破るほど霊的濃度の高い魂を持った人間。今までに見たことも聞いたこともなかった。おそらく奴の狙いは貴様だ。俺を狙ってきただと？それじゃうちの連中が狙われてんのも俺のせいってことか？待て、私は別にそんなつもりで。死神！お前、俺の魂が欲しいんだろ。だったら俺と差して勝負しろ。バカ者が！死神！このたわけが貴様の力ではかなわんということは宣告承知済みだろう。それとも自分の魂さえくれてやれば全て済むとでも思ったか。どちらにしろたわけだ。悪かった。俺はただ家族を助けたいか。助ける方法があるのか教えてくれ。頼む。一つだけある。いや、正確には一つしかないか。貴様が死神になるのだ。この残白刀を胸の中心に突き立て、そこに私が死神の力の半分を注ぎ込むのだ。そうすれば奴とも戦えるだろう。そんなことして本当に大丈夫なのか？わからん。成功率は高くないし、失敗すれば死ぬ。だが他に方法はないのだ。迷っている暇もな。危ないよ。早く逃げて、お兄ちゃん。刀をよこせ死神。てめえのアイデアに乗ってやる。死神ではない、朽木ルキアだ。俺は黒崎一護だ。お互い最後の挨拶にならないことを祈ろうぜ。悪いな、てめえを切るぜ。バカな。半分のつもりが
全ての力を奪われてしまった。しかもこの感覚は、ホローの冷圧を感じ取れなかったのは、あの部屋にこいつの冷圧が満ちていて、私の感覚を混乱させていたからか。死神が見える人間など見たことがない。軌道を破る人間など見たことがない。個々の死神の冷圧に呼応して姿を変える残白刀が、あんなに巨大になったところも見たことがない。こいつは一体本当に何者なのだ。おい、起きろイチゴ。早く起きろってば。やべえぞって、ほら早くしねえと。起きろ起きろ。モーニングモーニンだイチゴ。うるせえ。人の顔の上ではしゃぐんじゃねえ。だっておめえがなかなか起きねえから俺様が起こしてやったんじゃねえか。ったく朝っぱらから何なんだよ一体。なんだじゃねえよ、遅刻だよ。遅刻？早く着替えた方がいいんじゃねえの？それか俺が代わりに学校に行ってやろうか。勘弁しろよ。お前に行かせたら俺の評価がだだ下がるだろうがよ。いっそサボっちまってもいいんだぜ。俺様が許す。偉そうに言いやがって。どこのどなた様だって話だよ。唐倉町の死神代行黒崎一護の気さくな相棒コンサメだな。おい聞いてんのか。誰が相棒だよ。ったく頼むから俺が学校行ってる間おとなしくしとけよ。おう、さっさと行ってこい。さてこの世紀のイケメンモッドソウルコン様がイチゴたちと出会うまでには聞くも涙語るも涙の壮絶な物語があったわけだ。イチゴの野郎はルキアの姉さんに代わってフォローを倒す死神代行業を続けてやがるんだ。最初に助けたのはクラスメイトの超美人井上さんだ。何でも襲ってきたフォローは井上さんの兄貴だったんだって。そりゃ妹のいるあいつには許せる相手じゃなかったはずだぜ。最後は井上さんの気持ちが届いて兄貴も正気を取り戻して消えていったんだとよ。いやーいい話だぜ。さすが井上さんだ。そんで次に助けたのが佐渡安虎通称チャド。イチゴのダチでガタイのいいムキムキ野郎だ。
柴田っつう少年の霊が入ったインコがいて、そいつは殺人犯がフォローになったやつに付け狙われてたんだが、チャドとイチゴで守り抜いたんだってや。死神が切って洗い流せるのは死後の罪だけ。生前から悪人だったフォローは地獄に落ちたそうだ。そうして次に出会ったのがこの俺様だ。俺がイチゴの体に入れば姉さんの力なしでも死神化できるスピードスターのヒーローだ。ただ俺にもいろいろあってな、廃棄処分が決定してたんだけど、ルキアの姉さんが俺を助けてくれたんだぜ。まあイチゴの野郎も死神になって誰かを守る力ってのを手に入れられたんだ。廃病院じゃフォローを倒すついでに全国放送デビューもしたって話じゃねえか。俺もキュートな姿を見せたかったぜ、チキシャー。おはよう黒崎くん。お、井上か。おってなんだよ、お前らそんなにじっと見て。佐渡くん。イチゴ、お前は最近何か隠していることはないか？あ？隠し事？そうだよ黒崎くん。最近怪我してること多いし心配で。ああ、そういうことか。なんでもねえよ。ちょっといろいろあっただけだ。そうなの？イチゴ、あ？分かった。ありがとな。黒崎くん、あまり怪我しないでね。おう、サンキューな井上。良い友達ではないか。あやつらのためにも無傷でフォローを倒さねばな。何、敵に反撃をさせる暇もなくさっさと片付けてしまえばいいだけのこと。さあ今日も特訓だ。余計な心配かけるわけにいかねえしな。いたぞイチゴ、絶対に逃がすな。街中でも関係なしかよ。ほんと好き勝手しやがる。相手は雑魚だ。そいつを練習台にさっさと死神の戦いになれるのだぞ。ああ、分かってるよ。怪我すんなって言われたばっかだしな。悪いな。悪いな。今のはやばかった。避けてみやがれ。悪いな。悪いな。てめえを切るぜ。これでどうだ。悪いな。
切るぜ。あれ、黒崎くんだ。井上、何やってんだこんなとこで。家こっちじゃないだろ。私の家壁が壊れちゃって修理中なんだよ。だから今住んでるホテルがこの近くでね。井上もチャドもフォローに関する記憶はルキアが消したんだよな。ああ、そういやそうだったな。そうだったなって。私この話黒崎くんにしたっけ？いやあれだ、確か辰樹がんな感じの話をしてたような。まあこの辺も危ねえから気をつけて帰れよ。また明日な。また明日ね。黒崎くん、なんだろう、もやもやする。お家の壁に穴が開いた夜、お相撲さんが鉄砲師にやってきた？ってそんなわけない。本当は何か違う。どこか懐かしい。でもとても怖いものが現れて、誰かが助けてくれた。たつきちゃんも言ってた。その時いたっていうパジャマ姿の女の子、それにもう一人の男の子。あれって黒崎くんだよね。うまく思い出せないけど、私のことを守って。私は今でも記憶の中で黒崎くんを探してる。チャートじゃねえか。何してんだこんなとこで。イチゴ、お前こそ珍しいな。家とは反対だろ。まさかフォロー退治の帰りですなんて言うわけにもいかねえしな。あれだ、妹たちがケーキ食いたいってんでこっちの方の店まで買い出したよ。そうか。チャドこそどうしたよ。散歩か？いや、知り合いに話があった。その帰りだ。なあイチゴ。なんだ。向こうだ。爆発のような音がしたか。おい、大通りで事故だってよ。車がすっ飛んで横転してるって。事故か。大きいようだが。どうしたイチゴ。いやただの事故なんかじゃねえ。一瞬感じたあれはフォローの冷圧だった。怪我人がいるかもしれん。俺は様子を見に行ってくる。大丈夫だ。俺の体が頑丈なのもイチゴだってよく知っているだろう。そりゃそうかもしんねえけどよ。俺が行くことで助けられる奴がいるかもしれない。なら迷っている暇はない。おいチャド、だったらお前は怪我人を連れ出してくれ。事故の様子は俺が見てくるから。なるほど。なら任せてくれ。頼んだぜチャド。ここにいたかイチゴ。準備しろ、近くにフォローが。ああ分かってる。さっさと行こうぜルキア。
チャートじゃねえか。何してんだこんなとこで。イチゴ、お前こそ珍しいな。家とは反対だろ。まさかホロー退治の帰りですなんて言うわけにもいかねえしな。あれだ、妹たちがケーキ食いたいってんでこっちの方の店まで買い出したよ。そうか。チャドこそどうしたよ。散歩か。いや、知り合いに話があった。その帰りだ。なあイチゴ。なんだ。向こうだ。爆発のような音がしたか。おい、大通りで事故だってよ。車がすっ飛んで横転してるって。事故か。大きいようだが。どうしたイチゴ。いや、ただの事故なんかじゃねえ。一瞬感じたあれはホローの冷圧だった。怪我人がいるかもしれん。俺は様子を見に行ってくる。大丈夫だ。俺の体が頑丈なのはイチゴだってよく知っているだろう。そりゃそうかもしんねえけどよ。俺が行くことで助けられる奴がいるかもしれない。なら迷っている暇はない。おいチャド、だったらお前は怪我人を連れ出してくれ。事故の様子は俺が見てくるから。なるほど。なら任せてくれ。頼んだぜチャド。ここにいたかイチゴ。準備しろ、近くにホローが。ああ、分かってる。さっさと行こうぜルキア。行くぜ。行くぜ。ここからだ。行くぜ。避けてみやがれ。悪いな。悪いな。てめえを切るぜ。悪いな。てめえを切るぜ。君一人でこの人数を運んだの。危険なことを。でも助かったよ。問題ない。このくらい。それよりもまだ向こうに怪我人がいる。助けてやってくれ。ありがとう。あれは転校生。この感じ確か前にも。ぼんやりと覚えているのは喋るインコを預かったこと。柴田雄一。少年の魂がインコに取り付いていて、俺はそいつを守ろうと走り回っていた。いや、柴田雄一、インコに魂。何を言ってるんだ俺は。しかしこの記憶、俺は確かにイチゴに助けられた。
だがあいつはなぜかそのことを隠している。さっきの態度もどこかおかしい。そもそも隠し事が得意なやつじゃない。だがイチゴが隠したいなら言われるまで待とう。おう、ずいぶん遅かったな、やんちゃ息子。連絡くらいよこせってんだ。寂しいでしょうが。うるせえ。いい年こいて息子離れできてねえのが。健全な高校生が門限なんざ守ってられるか。こっちとら放浪退治じゃねえや、除霊で忙しいんだよ。はあ、出た出た。俺には見えないからって幽霊見える自慢ですか。羨ましいぞこら。羨まれるようなことじゃねえよ、バカ親父。いや、本心で言ってんだぜ。俺だって幽霊が見えて、もう一度正木に会えたらって時々思うんだよ。あんなアホみてえな家張ってたら恥ずかしくて出てこれねえんじゃねえか。何を。俺が丹精込めて作り上げたスキツキ正木フォーエバー仏壇に何の文句が。そういうセンスに問題があるっつってんだ。まあいいや、会えなくても俺の愛は伝わってら。俺だけじゃねえ、ユズもカリンももちろんお前も正木のこと大好きだってあいつも分かってるだろうよ。だからてめえも落ち込むんじゃねえぞ。母親のことは伝えておらぬのだな。当たり前だ。おふくろはあの世で笑ってる。親父はそう信じてる。だからそれでいいんだ。そうか。親父は知らねえんだよな。おふくろの魂はもう。俺が9歳の時、おふくろは死んだ。当時の俺はどんな嫌なことがあってもおふくろのそばに帰るだけで全て忘れることができた。俺だけじゃない。その頃4つだったユズもカリンも、親父だっておふくろが大好きで、つまるところその頃のうちはおふくろを中心に回ってた。だけどあの雨の日、俺は川に落ちそうな女の子を助けようと走り出して、おふくろがそれを止めようと飛び出して、気がつけば女の子は消えていて、俺を守ろうとしたおふくろが血まみれで倒れてた。俺がみんなからおふくろを奪い取ってしまった。ずっとそう思っていた。どういうことだよ。てめえあの時川べりにいたやつだろ。6年前だ。それがどうしてここにいる。どうしてフォローと一緒にいるんだよ。6年前か。そんな昔のことは覚えておらんが、なるほど、お前はわしを見たことがあるのだな。そうだ。てめえ一体何者だ。フォローの手下なのか、それともフォローに操られてんのか。なんとか言えよ。
どれも外れだ小僧。てめえはわしの姿を見ても生き残っておる奴がおったとは。お前運の良いやつよの。なんだよそれ。だがその運もここまでよ。この姿を見せた以上、お前の魂食らわずに返すわけにはいかん。どういうことだよ。さっきのガキてめえの体の一部だってのか。グランドフィッシャー、奴のコードだ。自らは姿を隠し、首から生えた疑似餌に人の形を取らせ、それが見えた人間。つまり霊的濃度の高い魂を持った人間のみを襲って食らう。そうすることで自らも高い力を得、54年の長きにわたって我々死神を退け続けてきた。そういうやつだ。知名度は中の上。俺こうしてソウルソサエティのデータベースにしっかりと記録が残っている程度には名が知れておるということだ。言うねガキ。それにしてもわしの姿が見えるやつが多いの。大量だわい。それじゃあの時俺が助けようとしたのはこいつの疑似餌で、それはつまり俺がこいつの罠にはまってたってこと。嬉しいや嬉しいや。それはつまりおふくろはこいつに。こりゃ全部わしの腹に収まりきるかの。イチゴ青いの小僧。じゃあイチゴ自戒せよ、ロンダニーニの黒犬。一読し焼き払い、自ら喉をかき切るがいい。やめろルキア。今回おめえは引っ込んでろ。俺一人でやる。バカを言うな。奴は強い。言ったろ、奴は50年以上も死神を退け。うるせえ。頼む、手出さないでくれ。これは俺の戦いだ。どうした小僧。そうして逃げておるだけではこのわしを傷つけることなどできんぞ。こいつ今までのやつらとは格が違う。だけど負けねえ。こいつはおふくろを殺したやつだぞ。俺がこいつを倒すんだよ。悪いな。悪いな。悪いな。てめえを切るぜ。わしはどれだけてめえが強かろうが関係ねえ。今まで積んできた経験全部ぶつけてその面ぶった切ってやる。今のやつを動かしているのは自責の念だ。だが今のやつは死神となって初めて自分自身のために戦っているのだ。そんな戦いに私が手を出して勝利したところでイチゴはそれを喜ぶだろうか。手を出すな。私が手を出して勝利したところでイチゴは決してそれを喜びはしない。そしてそれ以上に誇りはどうなる。お前が今力を貸せばなるほど奴の命は救われるだろう。だがそれは同時に奴の誇りを
永遠に殺すことになる。誇りが何だというのですか。命に比べれば誇りなど。いいか、よく覚えておけ。戦いには2つあり、我々は戦いの中に身を置く限り常にそれを見極め続けなければならない。命を守るための戦いと誇りを守るための戦いと。そうだ、これは誇りを守るための戦い。手を出してはならぬ戦い。手を出すな、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 手を出すな。死ぬな、イチゴ。お前は若いがゆえにたやすく怒るがゆえに試み出す。そして試み出すがゆえに刃は鈍る。終わりだ小僧。そして敬意を表しよう。お前はわしが出会った中で最も若く、最も短慮で、そして最も弱い死神だった。終わりだ小僧。悪いな。悪いな。てめえを切るぜ。怒りは刃を鈍らせるか。確かにそうかもしれねえ。だけどな、グランドフィッシャー、あんた一つ勘違いしてる。てめえ程度のやつを倒すのにはその鈍った刃で十分だってことだよ。終わりだフィッシャー。そして敬意を表しよう。てめえは俺が出会った中で一番年食ってて、一番汚くて、そして一番勘に触るフォローだったぜ。甘いな。これでどうだ。これでどうだ。まだだ。悪いな。てめえを切るぜ。わしは運命だ。なあルキア。なんだ。死神の力は戻りそうか。戻りそうでもそうでなくてもいい。俺をもうしばらく死神のままでいさせてくれ。俺は強くなりたい。もっともっともっと強くなってフォローから守るんだ。狙われてる奴らを強くなって倒すんだ、あいつを。でなきゃおふくろに合わせる顔がねえんだよ。またフォローがいねえじゃねえか。一体どういうことだよこりゃ。今週入ってもう何回目だよ。その携帯壊れてんじゃねえのか。おかしいな。そんなはずはないのだが。勘弁しろよ。壊れてはおらぬと言っておるだろう。じゃあ何か。
この辺にもう一人死神がいて、そいつが俺らより先回りしてフォローを倒してるとか言うのかよ。いや、死神はきっちり地域区分されておるからそれはないと思うが。まただ、すぐ近くにフォローの出現予測が来たぞ。ったく、今度こそ本当に信じていいんだろうな。結局またフォローはいなかったじゃねえかよ。いい加減本当どうにかしろよ。私のせいだというのか。私は伝令新規に入る指令のままを貴様に伝えておるのだ。だからそいつを早く直せっての。仲間割れかい。みっともないな。こんばんは、黒崎くん、朽木さん。誰だお前。変な格好してんな。神父か。なんで俺らの名前知って。黒崎くん、君は霊が見えるんだよね。何言ってんだ。そんなもん見えるわけ。新しいフォローが来たね。本当に来た。指令だ。どっちだ。あっちだよ。その程度のこともわからないで、君は本当に死神か。反応が消えた。なんなんだお前。石田雨竜、クイーン氏、僕は死神を憎む。なんだと。わからないかい、黒崎一護。こう言っているんだ、君を憎むと。家までついてくる気かい、黒崎一護。バレてたのか。いつから気づいてた。井上さんと教室のドアのところから僕を盗み見てた時から。ああ、すげえすげえ、大したもんだ。君の霊力はバカみたいに垂れ流しだからね。なんだと。君はどうもそういう霊力の高い人間を察知する能力は欠けてるみたいだね。その証拠に今日まで僕の存在に気づかなかった。悪かったな。俺は人の顔とか覚えんの苦手なんだよ。そうじゃない、僕は気づいてたよ。この学校に入学した時から君の異常な霊力の高さに、その君が5月半ばに死神の力を身につけたことにも、そして朽木ルキアの正体も。これは。そう、霊楽だ。大気中の霊気を圧縮して視覚化したもの。上位の死神にしか視覚化することはできず、また上位の死神にしか触れることができない。死神ならそう聞いているはずだ。だけど知ってたかい、死神の霊楽は色が違うってことも。僕はクイーン氏、フォローを殺す力を持つも。勝負しないから黒崎一護。君と僕とどちらが優れているか分からせてあげるよ。死神なんてこの世に必要ないってことをさ。勝負だと。俺とお前が。バッカバカしい。なんだって。俺がてめえと勝負だ。なんでそんなことしなきゃいけねえんだよ、アホくせ。てめえが死神に何の恨みがあるか知んねえけど、俺にはそんなの関係ないね。意外だね。逃げるのかい。挑発には乗んねえよ。俺とお前じゃ勝負になんねえって話さ。ああ、そうか。思い出したよ。君は朽木さんに力を与えてもらった死神。つまりは仮の死神だったね。彼女の許可がなければ指一本動かすこともできないってわけだ。なんだと。いいぜ、やってやろうじゃねえか。その勝負ってやつをよ。昨日のやつはおそらく近いうちに再び接触を図ってくるだろう。もしかしたら貴様も死神化せねばならぬ事態も起こるやもしれぬ。その時のために持っていけ。間違ってなかったってわけだ。
ルキアの読みは。コン、そこで観戦してろ。俺がこいつをガイーンとへこますところをよ。さっさと説明しろよ、勝負のルールを。これで勝負しよう。対フォロー用の蒔絵だよ。これを砕いて巻けばフォローがこの町に集まってくる。なんだと。集まってきたフォローを24時間以内に多く倒した方の勝ちってのはどうだい？俺らの勝負のために町中の人間を危険にさらす気か。何様だよてめえ。うるさいんだよゴタクがさ。他の人間の心配なんて必要ない。集まったフォローは一匹残らず僕が殺すんだから。君もフォローから人々を守りきれる自信があるならこの勝負受けられるはずだろ。僕が証明するんだ。終わりだよ今だ。捕らえる。お見事。そしてさようなら。お見事。そしてさようなら。そしてさようなら。行くぞ。どうだ。避けてみろ。避けてみろ。終わりだよ。そんなもんかい。行くよ。捕らえる。行くよ。そこだ。行くよ。今だ。終わりだよ。見たか。お見事。そしてさようなら。お見事。そしてさようなら。行くぞ。そら一匹目だ。いいのかい。突っ立ってるだけじゃ差は開く一方だけど、それに気をつけた方がいい。知ってるだろうがフォローは霊力の高い人間を好んで襲う習性がある。くそ。おい待ってよイチゴ。やっぱり気づいてないか。よく探せ黒崎一門。君の近くにいる人間、霊力の高いのは家族だけじゃないはずだ。それに気づかない限り君は必ず僕に敗れ、自らに対する失望に殺される。そして君は自分の能力の低さを思い知るんだ。このルビコンの対岸で。くそ、この時間だとカリンはもう学校にはいねえ。家に帰って今頃は外に遊びに行ってる時間だ。どこだ。
普段あいつどこで遊んでんだよ。畜生、索敵範囲が狭すぎる。反応が遅すぎる。俺今までどうやってフォローを見つけてた？どうやって？お前ちょっと走ってルキアからあの携帯借りてこい。バカてめえ、なんで俺がてめえの望み通り働かなきゃならねえんだよ。いいからさっさと行け。ちくしょう。7匹、8匹、9、10、11匹。なんだ、反応があったようだがすぐに消えた。イチゴのやつめ、えらく手際のいい。また何なのだ。まさか本当に壊れたのでは。こんなペースでフォローが出てくることなどありえぬこと。なんだこれは。フォローの数がどんどん増えていく。なんだ一体何が起こっているのだ。一撃で殺せなくなってきたか。おかしい。いくらなんでもフォローの数が多すぎる。体力も能力も追いつかない。このままじゃ。いや、何を弱音を吐いてるんだ。僕はまだやれる。僕は負けるわけにはいかない。僕は間違ってなんかいませんよね。先生、僕は必ずあなたの敵を討ちます。佐渡君おはよう。ってここどこ？学校じゃないよね。どうも、ようやくお目覚めみたいですね。誰かな。俺も知らない。ただどうやら俺たちはあの男に救われたらしい。さあ井上も目覚めた。聞かせてくれ、さっきの続きを。俺たちに妙な力が生まれた理由、そしてそれとイチゴとの関係を。黒崎くんが何って？わかりました。でもその前に思い出してみてください。あなたたちが何と出会い、どうやって戦ったのかを。そうだ、見えない何かに襲われた俺はイチゴの妹や子供たちを守ろうと必死になって、そこでアブエロとの約束を思い出して。分かってるアブエロ、俺の拳のでかいのは傷つけるためじゃないってこと。俺の体のでかいのは守るためだってこと。みんな分かってる。だから少しだけ俺に力を貸してくれよ。そうだ、確か学校で化け物に襲われて。学校のみんなが化け物に操られて、たつきちゃんもやられちゃって、私がたつきちゃんを守らなきゃって思って、それで。
後は私がたつきちゃんを守るから。たつきちゃんを傷つける人を私は許さない。それで小人さんたちが私を助けてくれて。その後気を失っちゃったんだ。ちょっと待ってくれ。なんすか？信用できない？話が突飛すぎますかね？当たり前です。死神とかフォローとかそんなのいきなり言われて信じろって方が無理。否定しますか？それなら順番が違う。先ほど君たちが襲われた胸に穴のある化け物、あれがフォロース。こっちの話を否定したけりゃ、先ほど君たちの受けた恐怖と痛み、まずそっちから否定しなくちゃ。黒崎一護、彼は確かに死神として並外れた霊力を持っている。だがその有り余る力を扱う術はあまりに拙い。それゆえ彼の力は意志を持たず、ただ闇雲に流れ出るだけ。その流れ出た霊力はその濃厚さゆえにあらゆる霊なるものに影響を及ぼす。そしてそれは君たちにおいてもしかり。思い出してください。君たちはそれぞれ過去に幾度か死神姿の黒崎一護と接触したことがあるはずだ。そう、君たちに生まれた力は黒崎一護との接触によって君たちの魂の底から引きずり出された君たち本来の力なんですよ。波動の4白雷。くそ、軌道の数がまるで打てない。威力もまるでない。こんな雑魚にも弾を返されてしまうとは。義骸にこもって二月、私の力はいかほども回復しておらぬというのか。会いたかったよ姉さん。今度の貴様がこうしてイチゴの姿でここにいるということは、イチゴはやはり死神化したのだな。あ、そういえばそのことでイチゴに何か頼まれてたような。姉さん、後ろ。よかった。どうやらここも無事だったようだな。何言ってんだてめえ。自分でまいた種じゃねえか。てめえ町中の人間殺す気で始めた戦いだろ。そうか、やはりこれは貴様の仕業か。はじめましてと言うべきかな。こうして1対1で口を聞くのは初めてだね、朽木ルキア。そして
そこの黒崎の体に入った君の言う通りだ。これは僕の始めた戦いだよ。だけど僕はこの町の人間を誰一人死なせるつもりはない。たとえ黒崎一護が力尽きようと、僕が命に変えてもこの町の人間を守り抜く。彼の死神の見ている前で僕が全てをフォローから守り通すんだ。それができなければこの戦いの意味などない。貴様、一体何を求めて。石だ。黒崎。へへ、ようやく見つけたぜ。たく街中走り回らせやがって。これは俺とお前の勝負だろ。だったらフォローを何匹倒したのなんだの言ってんだよ。俺とお前の二人で片付けようぜ。なあ石田、なんとか言えよ石。おい見ろよイチゴ。なんだよありゃ。空の日々が一箇所に集まってきてる。待て、どうやらそれだけじゃないぞ。よく見ろ。フォローがその一点を目指して集まってきている。よせ石田、あれだけの数だ。戦い方を考えてから。なんだ怖いのか黒崎。あってめえ、怖いならここで見物してるといい。この勝負は僕の勝ちだ。こっちだフォローども。最後のクイーンシー石田瓜生が相手をする。最後のクイーンシー、あいつ何言って。滅亡したのだ。200年前にクイーンシーは。全てのクイーンシーの生き残りは死神を憎んでいる。その憎しみの源は200年前の滅亡にある。200年前クイーンシーは死神たちの手によって滅亡したのだ。だがしかしそれは死神たちにとっても苦渋の選択だった。死神たちはクイーンシーを滅ぼさなければならなかった。それはこの世界の崩壊を防ぐため。ソウルソサイティでは死神の異界にある者たちを俗にバランサーと呼ぶことがある。ソウルソサイティと現世にある魂魄の量は常に均等に保たれている。なぜだかわかるか。そうしなければ2つの世界のバランスが崩れ双方の崩壊を招くからだ。その両世界の魂魄の量を調整するのが我々死神の仕事だ。ソウルソサイティから放たれた魂は死神に見守られて現世に生物として生まれ、現世で死した魂はフォローとて例外なく死神の手によってソウルソサイティへと帰ってゆく。それはフォローも同じだ。そうして魂魄の運行の全てを死神に委ねることにより、ソウルソサイティは魂魄の量を把握し現世との調整を図ることができていたのだ。しかしそこに現れたのがクインシーだ。クインシーはフォローを完全に消滅させてしまう。それはつまり現世に出ていった魂がソウルソサイティに帰ってこないということ。それはつまり現世の側に世界が傾き、現世にソウルソサイティが流れ込んでしまうということを意味する。生と死の入り混じる混沌、すなわち世界の崩壊だ。初めてクインシーの存在が確認されてから数年にわたりソウルソサイティはクインシーに対して訴えかけを続けた。フォローの対象を全て死神に任せるようにと。しかしクインシーたちは頑としてそれを受け入れようとはしなかった。その間にもクインシーは増え続け、魂魄の運行は乱れ続け、世界の崩壊は
予断を許さぬところまで進んでしまっていた。そしてクイーンシー殲滅の決定は下された。貴様はこれを死神の傲慢だと断ずるか？そんなのよくわかんねえよ、畜生め。殺しても殺しても数が減らない。先生、黒崎か。なんてむちゃくちゃな倒し方だ。聞いたぜ、てめえの戦う理由。死神側が正しいとかクイーンシー側が正しいとか、そんなこと俺には分かんねえし言うつもりもねえ。だけど一個だけ分かることがある。石田、てめえのやり方は。200年前のクイーンシーの滅亡なんて興味ないよ。そんなの先生の話でしか聞いたことない。僕にとっちゃただの昔話さ。悪いけど僕はそんな理由で君に敵対できるほど感傷的な人間じゃない。その滅亡話にしたって死神側の方が正しいと感じてたくらいさ。僕の目の前で先生が死ぬまでは。Soul Destruction! 先生はクイーンシーの最後の生き残りの一人として死神たちから厳しい監視を受けていた。だけど先生はその死神たちに対してクイーンシーの必要性を訴え続けた。力を合わせて戦う術を模索していた。平時ソウルソサエティにいる死神たちはどうしても現世でのフォローへの対処が遅れる。常時現世でフォローに目を光らせ俊敏に対処する我々のような存在が必要なのだと。だけどそれに対する死神たちの返答はいつも同じ。我々の仕事に手を出すな。そして先生は死んだ。その日の敵は巨大なフォローが5体。死神の援護なくして戦える相手ではないことは明白だった。そしてやはり死神の対処は遅かった。彼らがフォローを倒しに現れたのは先生が戦い始めてから2時間後。先生が死んでから1時間が経っていた。結局最後まで先生の考えは死神たちに届くことはなかった。もし死神たちが先生の考えを認めていたなら、クイーンシーの力を認めていたなら、もっと早くに助けに来ていただろう。先生は死なずに済んだだろう。わかるかい黒崎一護。僕は死神の目の前で絶対にクイーンシーの力を証明しなければならないんだ。この戦い君の手助けなど欲しくはない。僕と君はクイーンシーと死神、考えが正反対であることは分かっている。僕の考えが間違っていると思うならどうぞそこで見物しているといい。僕は僕の力をただ証明するだけだ。話が長え。要するにおめえの先生の一番の望みってな、死神にクイーンシーの力を認めさせることじゃなくて死神と力を合わせて戦うことだったんじゃねえのかよ。だったら今それやんねえでいつやるんだよ。死神とクイーンシーは正反対。結構じゃねえか。大人数相手の喧嘩なんてな、
背中合わせの方がうまくやれるもんだぜ。背中合わせ？なんだそれは。共同戦線を張るということか。クインシーと死神が？まだそんなこと言ってんのかよ。やらなきゃやられる。でも一人じゃきつい。だから仕方ねえ。力を合わせる。そんなもんでいいんじゃねえのか。力を合わせる理由なんてのはよ。俺はもともと人間だ。正直死神のことなんてまだよく分かってねえし、この仕事に誇りとか持ってやってるわけでもねえ。ただ俺はホローを倒したいだけなんだ。なぜ？俺のおふくろはホローに殺された。それが理由でホローを倒したいのか、そう聞かれちゃそれはもちろんそうだ。だけどそれだけじゃねえ。なんていうか俺は俺の同類を作りたくねえんだ。ホローにおふくろが殺されて、うちの親父も妹たちもきつい目にあった。そんなのはもういらねえって思うんだ。そんなのはもう見たくねえ、そう思うんだよ。俺はスーパーマンじゃねえから世界中の人を守るなんてでけえことは言えねえけど、両手で抱えられるだけの人を守ればそれでいいなんて言えるほど控えめな人間でもねえんだ。俺は山ほどの人を守りてえんだ。石田、どんな理由があってもてめえの持ちかけたこの勝負はその山ほどの人間を巻き込むやり方だ。ふざけんじゃねえ。俺はてめえを許さねえ。けど今はそんなこと言ってる時じゃねえ。何しろ敵の数が多い。やらなきゃやられる。だから仕方ねえ。てめえと組みたくもねえ手を組む。てめえ殴んなその後だ。てめえはどうだ。やれやれ、君もいい加減話が長いね。でもよく分かったよ。要するにお互いここで生き残らなけりゃ殴る相手がいなくなるってことだ。ちょっとてめえは絶対後で泣かす。どうぞ、君が生き残れたならね。待て黒崎、ホローどもの様子がおかしい。みんなが天を仰いでまるで何かに祈っているような。なんだよあれ。でかいなんてもんじゃねえぞ。あれもホローか。どうするんだ。周りのフォローを相手にしながらあんなのと戦えるのか。うっせえな。とにかくやるしかねえだろ。くそ。黒崎さん、助けに来てあげましたよ。てめえはルキアの知り合いのゲタ帽子。周りの雑魚は私らが引き受けますよ。黒崎さん、あなたがあいつとの戦いに専念できるようにね。ほら、無駄口を聞いてる暇なんてない。出てくるぞ。なんすか姉さん、あのバカでかいフォローは。あれはメノスだ。幾百のホローが折り重なって混ざり合って生まれたとされる巨大なホローだ。
しかしあんなもの標本の挿絵でしか見たことがない。メノス・グランデ、ありえぬ話だ。あんなものまで出てくるなど王族特務の管轄だ。とても一死神の戦える相手ではない。あんな奴とどうやって戦えば。あんな化け物相手に戦い方なんて考えたってしょうがねえだろ。切って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 力の限り切り倒す、それ以外にねえ。行くぜイッサー。待て黒崎。よせイチゴ、貴様の戦える相手では。裏原、どういうつもりだ。イチゴを殺す気か。まさか。ならばどけ。止めねばイチゴに勝てる相手ではない。そりゃダメだ。できないんすよ朽木さん。おとなしく見ててください。この戦いは必要な戦いなんすよ。これは爆弾。体が。朽木さんにとっても彼にとってもね。くそ、やはりこの程度でダメージは与えられないか。黒崎、力を解放しろ。霊力をコントロールして最大出力にするんだ。俺今まで霊力をコントロールしたことなんかねえんだけど。何？バカだ。それじゃ今までどうやってフォローと戦っていたんだ。わかんねえよそんなの。霊力をコントロールするっていっぱい出したり止めたりするってことだろ。そんな水道の蛇口みてえな真似ホイホイできてたまるかよ。俺の霊力がすげえってんなら常に全開なんじゃねえの。常に全開。なるほど、それならあの霊力の高さにも納得がいく。しかし常に全開状態で霊力を放出し続けながら平然としているとは、やはり無茶苦茶なやつだ。なんだ、フォローの冷圧が急速に高まっていく。セロだ。奴め、ここでセロを放つつもりか。逃げろ早く。貴様などがあれを食らえばかけらも残らぬぞ。逃げるのだイチゴ。黒崎、なんだ共鳴。なんだこの異常な冷圧は。黒崎の力が増大している。共鳴によってか。砂の中に埋もれた砂鉄が強力な磁石で無理やり掘り起こされるように。そうだ、冷静に考えたら霊力が常に全開なんてことはありえない。すぐに枯渇してしまうからだ。霊力をコントロールできないということは、つまり持て余しているということ。ならばもし黒崎一護の霊力が常に閉じた状態なのだとしたら、それが何かのきっかけでこじ開けられたならば。こんなことが。イチゴめ、メノスを両断してしまいおった。メノスが帰っていく。なんてやつだ。あんな化け物を追い返してしまった。なんだ力が入らねえ。
なんだよこれ。残白刀の形状が崩れ始めている。霊力を突然解放して調節が効かなくなっているのか。なんとかしないと。黒崎、黒崎の力が流れ込んできている。そうか、死神は自らの魂を使って作り出した霊力を残白刀として具現化しフォローと戦うが、逆にクイーンシーは大気中の霊気を収束し、それを自らの霊力でコーティングすることで霊視兵装として具現化しフォローと戦う。僕の古弱が巨大化したのは黒崎の残白刀から無意識に放出されている霊気が僕に触れることで収束されたためだ。ダメだ、このままじゃ霊視兵装としての形状も保てない。炸裂する。そうだ、こうすればいいんだ。黒崎が御しきれない霊気を僕が奪い固めて放出すればいいんだ。次から次へ、次から次へ、黒崎の霊気が落ち着くまで。何してんだお前。なんだか知んねえけどやめろよ。手ボロボロになってんぞ。うるさい、言ったろ。僕は死神を憎む。言ったろ。お互いここで生き残らなければ殴る相手がいなくなる。生き残って殴らせろ、黒崎一護。そして僕を殴れ、黒崎一護。黒崎は僕に力を合わせようと言った。ごめんなさい先生。知っていました先生。あなたが死神を憎んでなどいなかったこと、あなたの一番の望みが死神と力を合わせることであったこと、きっと僕は目を背けたかった。あの時自分の身を捨ててあなたを助けようとしなかった情けない自分自身から、僕は死神を憎むことでそこから目を背けようとしていたんです。先生、今日僕は死神を助けます。僕は許してもらえますか先生。チッ、そんな顔してる人間殴れるかよ、チキショめ。メノスが現れ、それを撃退した。この情報はおそらく次期ソウルソサエティへと伝わる。イチゴ。座軸は未確定だ。じゃあ俺らどこ向かって飛ばされてるんですか。出るぞ、地獄長を離せ。捕らえよ、さもなくば殺せ。死神の仕事じゃないですよね。ぶねえ、修行ギリギリ間に合ったぜ。教室の入り口で邪魔だね。そこを通してくれないか。ああ悪いって、なんだ石田かよ。いいからどいてくれ。なんだいジロジロと。いや、その怪我あれだろ、俺の霊力を抑えるために。やめてくれ。死神の君に心配されるほど落ちぶれちゃいない。もういいかい、僕は忙しいんだ。もう行くよ。やろう。あまり気に病むな。貴様のせいではない。奴の自業自得でついた傷だ。別にあんなもん心配するほどの怪我じゃねえよ。誰が心配してると言った？私は気に病むなと言ったのだぞ。てめえ
どうしたんすか、夜市さん。雨でも来そうっすか？安い演技をするな、キスケ。分かっておるのだろう。奴らが来ておるぞ。その話、ミルクの前と後とどっちにしましょう？死神朽木ルキアとの出会いで死神の力を手に入れた黒崎一護。彼はその後もルキアと共に数々の炎を倒し、死神代行としての生活を送っていた。その中で一護はかつて死神に滅ぼされたという一族クインシーの末裔である石田流と出会い、王族特務の管轄とされるメノス・グランデを撃退するまでに至る。この戦いは死神たちの世界であるソウルソサイティにも確実に伝わる。予想をはるかに超えた戦いを目の当たりにしたルキアは強い危機感を覚えるのだった。一方ルキアが想定するよりもずっと早く事態は進行していた。おーい、ルキア、晩飯だぞ。で、あれ？なんだよあいつ、またどっか行ってやがんな。背面適合113、神経結合率 88.5%。マジかよ、本当に議会に入ってんじゃねえか。映像庁の情報なんか当てになんねえと思ってたのによ。見つけたぜ、朽木ルキア。好きだの嫌いだの面倒なことだ。死母の情も親愛の情も友情も面倒なことだ。いずれ離れねばならぬ場所ならばどれも枷にしかならぬ。ましてそれを羨む感情などどれも死神には必要のない感情だというのに、無様だ朽木ルキア。私は少しこちらの世界に長く関わりすぎたのか。分かってんじゃねえか。まあ言い方変えりゃこうして現世に長居したおかげでてめえはちっとばかし長生きできたってことだがな、ルキア。貴様、レンジ、あばらいレンジか。ソウルソサエティからの追っ手が背後に迫ってるってのに考え事に夢中で声かけられるまで気づかねえってか。いくら義骸の身とはいえ二月三月でちーっと緩みすぎじゃねえか。はけよルキア、てめえの力を奪った人間はどこにいる。何を言っておるのだ。義骸に入っておるから力を奪われたとは限らぬし、ましてその力を奪った相手が人間だなどと。人間だよ。でなきゃてめえがそんな人間みてえな顔しているはずがねえ。大貴族の朽木家で死神としての英才教育を施された朽木ルキアともあろうものが、そんな人間みてえな顔してていいはずがねえんだよなあ朽木大将。白夜、
兄様。人間への死神能力の譲渡は重罪だぜ。その処刑を慶軍どもじゃなく俺たちに任せたのは上なりの優しさだろうよ。さあ居所を吐けよルキア。俺たちはてめえを捕らえ、てめえから力を奪った奴を殺す。かばい立てするなよ。分かってんだろ。さっきのも今のもかわしたんじゃない、かわさせてやったんだ。次は切るぜ。丸腰の女の子相手に武器を持った男が2人がかり。見ててあまり気持ちのいいもんじゃないね。僕はあまり好きじゃないな、そういうの。何者だてめえ。ただのクラスメートだよ。死神嫌いのね。ガチャガチャ言ってんなよメガネ。質問してんだぜこっちは。てめえは何者だってな。何を言ってるんだ、ちゃんと答えたろ。ただの朽木ルキアのクラスメートだ。死神嫌いのね。そういうのは答えてねえって言うんだよ。石田瓜生だ。よろしく。なんだ急に。いや、そこまで言うならせめて名前くらいは名乗っておこうかと思ってね。いかに死神とはいえ自分を倒した相手の名前ぐらいは知っておきたいだろうからね。決定だ。てめえは殺す。おい、一応姉さんだ。姉さんが大変なんだよ。おっ、なんだよ、いきなり飛びついてくるんじゃねえよ。バカ野郎、これ見ろこれ。こんな分かりやすく書き置きしてあんだろうが。これに今まで気づかなかったのかおめえは。なんだよこれ。俺ら置いて出てっちまったんだ姉さんは。出てったってなんでだよ。俺に一言もなしにかよ。うるさいうるさい知るか。俺なんかな、姉さんが出るとき一緒にいたんだぞ。それなのに何の説明もしてもらえずに置いていかれたんだ。おめえのことなんか知るか。くそ、一体何が書いてあんだよ。訳あって私は出ていく。探すな、そして心配するな。この手紙は読んだら燃やせ。それからできればこのまましばらくどこかに身を隠している。なんだこれ。結局出てった理由よくわかんねえまんまじゃねえか。わかんねえか。手紙を燃やせだの身を隠せだの、なんで姉さんはこんなに俺らのこと心配してんだ。決まってる。何かあったんだよ。ソウルソサエティとの間ですっげえヤバいことが。それに俺らを、周りの人たちを巻き込まないために姉さんは一人で出てったんだ。姉さん、もしかしたらやめろ。これ以上勝手な憶測で喋んのはやめようぜ。とにかく今の時点で確かなのはこうして喋ってるだけじゃ何も片付かねえってことだけだ。一号、行くぜコン。死神化してルキアを追う。ついてこい。どうやって死神化するんだ。本当だ。俺ルキアがいねえと死神になれねえ。毎度、どうやらお困りみたいっすね。あんた何か私にお手伝いできることは。なに、大事なお得意様の一大事。今回は特別につけといてあげますよ。ほら
だから言わんこっちゃねえ。強い。止めることもここから動くことすらできなかった。さてそんじゃとどめと言っとくか。死ぬ前によーく覚えとけよ。あばらい蓮司、てめえを殺した男の名だ。よろしく。なんだてめえは。黒崎一護、てめえを倒す男だ。よろしく。白将だと。なんだてめえは。どこの所属だ。なんなんだそのバカでけえ残白刀は。一護、バカ者、なぜ来たのだ。そう読めたぜ。てめえがルキアから力を奪った人間かよ。だったらどうするってんだ。殺す。なめんじゃねえ。見えてるぜ。悪いな。そんなもんかよ。一気に決めてやる。甘いな余裕だぜ。なかなかやるな。悪いな。てめえを切るぜ。おいてめえ、その残白刀なんて名だ。あ、名前？ねえよそんなもん。てか残白刀に名前なんかつけてんのかてめえは。やっぱりな。てめえの残白刀に名も聞けねえ。そんな野郎がこの俺と対等に戦おうなんて 2,3 年早えよ。そんなもんかい。そんなもんかい。目の前にあるのはてめえの命。なんだてめえまだ動く力が残ってやがったのか。ちょうどいいぜ。死にかけのやつにただとどめ刺すのもつまんねえと思ってたとこだ。そんじゃ一丁景気よく派手に切り合って死んでくれ。そんなもんか。悪いな。てめえを切るぜ。どうしたよ。えれえ動きが鈍くなったじゃねえか。てめえに負ける気も全然しねえ。くそ、この野郎が喋るだけでめちゃめちゃな霊圧が飛んできやがる。終わりにしようぜ。俺が勝って終わりだ。
なもんか。一気に近づく。どんなもんか。やめんじゃねえ。見えてるぜ。こんなもんか。目の前にあるのはてめえの餌だ。紫伯将太となんだてめえは。どこの所属だ。なんなんだそのバカでけえ残白刀は。イチゴ、バカ者、なぜ来たのだ。そうか、読めたぞ。てめえがルキアから力を奪った人間かよ。だったらどうするってんだ。殺す。なかなかやるな。そんなもんか。避けてみやる。悪いな、てめえを切るぜ。おいてめえ、その残白刀なんて名だ。あ、名前ねえよそんなもん。てか残白刀に名前なんかつけてんのかてめえは。やっぱりな。てめえの残白刀に名も聞けねえ。そんな野郎がこの俺と対等に戦おうなんて2、3年早えよ。なかなかやるな。悪いな、てめえを切るぜ。どうしたよ、えれえ動きが鈍くなったじゃねえか。てめえに負ける気も全然しねえ。くそ、この野郎が喋るだけでめちゃめちゃな冷圧が飛んできやがる。終わりにしようぜ。俺が勝って終わりだ。遅えんだよ。避けてみやがれ。そんなもんか。嘘だ。そんなもんか。行くぜ。燃えろザビマレ。目の前にあるのはてめえの餌だ。なんだ、てめえまだ動く力が残ってやがったのか。ちょうどいいぜ。死にかけのやつにただとどめさすのもつまんねえと思ってたとこだ。そんじゃ一丁景気よく派手に切り合って死んでくれ。
めえを切るぜ。なんだよこれ。やられたのか俺。呪いな。倒れることさえも。後ろから刺されたのか前から刺されたのかもわからねえ。痛え。白夜兄様。久々に見た。やっぱりすげえ。かろうじて動きを目で終えたのは今の第2撃だけ。初撃は剣を抜いた瞬間も収めた瞬間さえ見えなかった。俺でこのざまだ。こいつなんか何が起きたのかも理解できちゃいねえだろうな。それにしてもさっきまでのこいつの異常な冷圧は一体。どうしたレンジ。いえ、この程度のやつに隊長が手を下さなくても俺一人でもやれました。そう言うな。私とて見物してばかりでは腕が錆びる。違う、この人は一号。離せレンジ。一号が。何言ってんだてめえ。よく見ろ。あのガキは死んだ。死人のためにてめえが罪重くする必要がどこにあるよ。分かってんのか。今あいつにてめえが駆け寄って触れるだけでてめえの罪が20年分は重くなんだぞ。それがなんだ。一号は私が巻き込んだ。私のせいで死んだのだ。私のせいで死んだ者のそばに私が駆け寄って何が悪い。たとえ我が罪が重くなろうとも駆け寄らずにはおれぬというわけか。この子供のもとへ。わかるぞルキア。なるほど、この子供は奴によく似ている。もう死んでるだな。誰それに似てるだな。俺のいねえ間に勝手に話進めてんじゃねえよ。話せ小僧。こいつまだ動けるのかよ。ありえねえ。なんだこいつのこの生命力は。そうか。よほどその腕いらぬと見える。何すんだ。人間の分際で兄様の裾をつかむとは何事か。身の程を知れ小僧。参りましょう兄様。今のこやつの行動でこの朽木ルキア目が覚めました。どうぞ私をソウルソサイティへとお連れください。慎んで我が身の罪を償いましょう。待てこら。何言ってんだルキアてめえ。往生際の悪い野郎だな。ジタバタしてねえでてめえはここでおとなしくしねえよ。この者にはわざわざとどめを刺すこともありますまい。捨ておいてもいずれこのまま息絶えましょう。参りましょう兄様。待てよルキア。何のジョークだよ。こっち見ろよおい。動くな。そこを一歩でも動いてみろ。私を追ってなど来てみろ。
私は貴様を絶対に許さぬ。いずれ死ぬ命、そこに伏して一瞬でも永らえるがいい。よかろう。その者にはとどめは刺すまい。先ほどの逃げ気で魂魄の急所砂血と白水を完全に砕いた。その者は半時もせぬうちに死ぬだろう。仮に生きながらえたとしても力の全ては失われる。死神の力はおろか霊力のかけらさえ残るまい。レンジ。はい。会場。声が出ねえ。動けねえ。どうしてだ。俺はまた守られた。痛え。体が重い。寒い。痛え。Let darkness take this over. Unveil the story. Death and strawberry. The bravest, the only will to believe. Calling me, the shrieking sorrow. Ghost inside of me.雨が止んだ気がした。
ソウルソサイティからの刺客であるアバライレンジと朽木白夜。黒崎一護は石田瓜生を破ったアバライには善戦するも、朽木白夜との隔絶された力の差になすすべもなく敗れ去った。越後は朽木ルキアの奪還を胸に浦原喜助の協力を得て新たな力を得るため10日間の修行に入る。その修行の中で出会う男、内なる存在に告げられたある事実、それは越後の中に眠る死神の力を探し出すことであり、越後は見事成し遂げ再び力を手にするのだった。一方、織姫、佐渡、石田の3名もそれぞれルキア奪還に向けて修行を重ねていた。そして修行を終えた4人は夜市に導かれ、死神が住む世界ソウルソサイティに乗り込む。それぞれが新たな力と覚悟、そして誓いを胸に秘めて。なんだあれ。落ちてくるぞ。みんなを少し下がらせてくれ。はい。こっちに来るぞ。逃げろ。ぶつかる。こうなっては仕方ない。全員でありったけの霊力を込めるんじゃ。いったくれ。黒崎くん、黒崎くんはあの日からずっと同じ目をしてる。そう、あの雨の日から。あの日、ソウルソサエティから来た死神たちのせいで黒崎くんは大怪我をして、朽木さんは連れ去られてしまった。向こうの世界の掟を破ったっていう罪を言い渡されて、でも黒崎くんの命を守るために、朽木さんが連れ去られてしまった後、こっちの世界はいつも通りの平穏な日常が続いていた。それはまるで最初から朽木さんという存在がこの世界にはなかったみたいに。けど違和感が残ってた。だって朽木さんは確かに私たちの大切な友達だったもの。ありがとう、井上。あの時から黒崎くんの目は変わった。それは朽木さんのために何かを決心した目。私はそんな黒崎くんを見て決めたの。狭い空だな。なんだこれは。空が光っている。皆離れるな。今はシールドにぶつかった砲弾が溶けて一時的にわしらに絡みついておるだけじゃ。敵渦を巻き破裂して消滅する。その時に離れておったら衝撃で皆バラバラに飛ばされる。始まったぞ。それぞれ近くにおるやつをつかめ。絶対に離れるなよ。石田！
ちだと。お前は今まで通り自分のために誰かを殴ったりしなくていい。その代わり俺のために殴ってくれ。ああ、そうだったな。お前と出会った頃に誓ったあの約束。あの日から俺の拳はお前のために使うと誓ったんだ。ソウルソサエティに乗り込んで朽木ルキアを救う。イチゴがそう決めたのなら俺もお前と共に戦う。そのために俺たちは夜市さんの下で10日間に及ぶ訓練を受けることになった。石田は石田で別の場所で何かの特訓をしていたらしい。そして俺たちはやっとここまでたどり着いた。しかしこのままでは。案ずるな。奴なら必ず生き延びる。下で奴を探したくばまず自分たちの無事を考えろ。くそ、井上。黒崎くん。分かれて吹き飛びやがった。ドイツだ。一番強いのはドイツなんだ。ザラキ隊長、仕方ない。俺たちは向こうへ行くぞ。ああ。井上さん。黒崎くん、接近戦。井上さん大丈夫？井上さん。なんだ、石田くんか。黒崎じゃなくて悪かったね。どうやら僕らは運よく誰もいないところに落下できたらしいよ。へえ、ラッキー。ああ、気をつけて。落下の衝撃で怪我してるんだ。一応応急処置はしておいたよ。そうなんだ。ありがとう。すまない。君は僕をかばってくれたんだ。落ちたのが君一人ならきっと怪我はしなかった。そうかな。私間抜けだからどっちにしても怪我はしたと思うな。そんで石田くんがいなかったら応急処置もできないから、今頃その辺で動けなくなってるよ。ほら、それより早く移動しようよ。落下音聞きつけた人たちがそろそろこの辺に集まってくるんじゃない？そうだね。黒崎たちも近くにいるかもしれない。なんだこの落下跡は。どうしたらこんな跡ができるんだよ。死体がないってことはまだ生きてるってことだ。探すぞ。もう。さて、ここからどうするか。一人になってしもうたが、これはこれで動きやすい。さて、わしはわしの仕事をするかの。なんとか助かったぜ。おい、いつまでむせてんだ。てめえ誰に向かってそんな口を。みんなとははぐれちまったが、しかしまあ
いろいろ失敗はあったが、空から精霊艇に突入するっていう目的は達成できたじゃねえかよ。まあな。ルキア、イチゴたちは精霊艇に侵入する方法を求めて俺の姉である芝空格の元を訪ねてきた。姉ちゃんの提案した精霊艇への突入方法は一つ。花火台から霊力の砲弾と化した俺たちを打ち上げ、空中から障壁を突破するというもの。俺は見張り役としてこいつらの面倒を見ることになったのだが、正直死神の格好をしたこいつは気に食わなかった。だけど俺はあいつに命を救われた。その借りをまだ返してね。こいつはほんの数ヶ月一緒にいた奴のために命を懸けようとしている。悔しいがその時俺はこいつに心を動かされちまった。こいつは他の死神とは違う、そう思った。だが俺の兄貴は死神に殺された。兄貴は後帝13体に入隊し、たった5年で副隊長にまで上り詰めた天才だった。それなのに兄貴は殺されちまった。仲間だった死神どもに裏切られて。俺はその時まだガキだったが、その時兄貴を引きずってきた鬼のような死神と、そいつに嬉しそうに礼を言った兄貴の顔だけは今でも忘れねえ。俺には兄貴がなんで礼を言ったのかわからねえ。どうして兄貴は最後まで死神を憎まなかったのか。どうして兄貴は最後まで死神を信じてられたのか。俺は知りたかった。まだ運よく精霊艇に侵入できたに過ぎない。俺たちの本当の目的はここからじゃねえか。で、これからどうすんだ。その助けに行く死神ってのがどこにいるか分かってんのか。いや、知らねえけど、こうなっちまったからにはルキアの居場所探して突っ走るしかねえだろ。おめえなあ、そんな行き当たりばったりだとまたあっさり外に追い出されちまうんじゃねえか。あん時はちょっと油断しただけだ。いいか、ここはもう精霊艇の中なんだぞ。分かってるだろう。ここにはおめえが戦った地団棒よりもすげえやつがゴロゴロいるんだぜ。あん時のバカ力の門番か。久しぶりだ。通底証もなしにこの精霊門をくぐろうとした奴は久々のオラの客だ。もてなすぞ小僧。旅館は精霊門の外側か。あちら側となると我々に出番はありませんね。ああ、何せ精霊門の外には地団棒がいる。でかい。なんだあいつ。あんなの人間の大きさじゃない。一体何者なんだ。奴の名は地団棒。ソウルソサイティ全土から選び抜かれた豪傑の一人で、この白井精霊門西門
通称白頭門の番人じゃ。番人ってことは中に入るにはあいつを倒すしかないってことですね。ああ、じゃがそうたやすいことではないぞ。奴がこの任についてから300年、この門だけは一度たりとも破られてはおらん。そんなに強いんですか？ここはひとまず一号を呼び戻して皆で作戦を練った方がよかろう。ってこら織姫タド、わしの話を聞いとらんかったのか。おめえだぜ。行儀がよくねえな。決闘するときは一人ずつってな。オラの最初の相手はあのコンペイトーみてえな頭の小僧だべ。それが済むまでおとなしくしてろ。だそうだからお前らそこでじっとしててくんねえか。何言ってるの黒崎くん、そんなの。やれるのか。多分な。多分ってなんだ多分って、分かってるのか？心配すんなっての。一ついいこと教えてやるよ。浦原さんとの10日間の修行、当初の予定じゃ俺は10日フルに使って死神の力を取り戻すことになってた。だけど実際それは5日で片付いた。それじゃあとの5日間俺は一体何をしてたのか。何をしてたんだ？戦ってたんだよ。5日間昼も夜もぶっ通してあの下駄帽子と1対1でな。あの人は何も教えちゃくれなかったがスタミナと度胸だけは嫌でもついたぜ。そして俺の新しい力、俺自身の残白と試させてもらうぜ死神。話は済んだのか？別にもともと待っててくれなんて頼んだ覚えはねえけどな。やっぱしおめえ礼儀ってもんがなっちゃねえ。待ってもらったらありがとだべ。やるなおめえ。んだら今日は久しぶりに手加減なしでやるべ。はいだ。切り伏せ。よけてみやがれ。叩き切る。やるじゃねえか。見ていただ。
裕だぜ。甘いな。避けてみやがれ。今のはヤバかったぜ。余裕だぜ。やるじゃねえか。もう体の誇りにかけて嘘だろ。これでどうだ。避けてみやがれ。悪いな。てめえを切るぜ。なんだ。黒崎のやつ今何やった？あのでかいやつが吹っ飛んだぞ。オラの斧が壊れちまった俺の斧が壊れちまった悪かったな。斧を壊しちまって。何も2本とも壊すことなかったよな。俺もなあ。おめえいいやつだな。おめえとオラは敵同士だのに、おめえは負けたオラの心配までしてくれる。敵なんて器のでけえできた男なんだおめえは。いや、つうか目の前であんだけ泣かれたら慰めざるを得ないっつうか。それに引き換えなんだ俺は斧が折れたぐれてベソベソして男として情けねえだ。乾杯だ。オラは戦士としても男としてもおめえに乾杯だ。この白頭門の門番になって300年オラは一度も負けたことがなかった。おめえはオラを任した初めての男だ。通り白頭門の通行を示談坊が許可する。おう。本当に僕たちも通っていいのか？ああ、オラはオメエダズのリーダーに負けた。オメエダズを止める資格はねえだ。黒崎が僕たちのリーダーだって？冗談じゃない。何ムキになってんだよお前。黒崎って言うだかおめえ。ああ、黒崎イチゴってんだ。言いつけろやイチゴ。おめえが何のためにこの門をくぐるのか知んねえが、こん中は強え連中ばっかだぞ。分かってるさ。そうか。いや、分かってんならいいだ。ほれ、今門を開けるから泣いてろ。腰抜かすなよ。一気に行くぞ。すげえ。
こんなのが持ち上がっちゃうなんて。どうした？何止まってんだ？何かあったのか？誰だ？3番隊隊長10銀。あかんな。門番は門を開けるためにいてんのとちゃうやろ。なんだ今あいつ何をした？おお、片腕でも門を支えられんねや。さすがソウルソサエティ一の豪傑。けどやっぱり門番としたら失格や。3番隊隊長石丸銀。うかつじゃった。まさかあんな奴がここまで出てこようとは予想もしてはおらんかった。いくらイチゴたちが強くなったとはいえ、隊長クラスの強さは想像を絶する。今あやつと戦うことだけは、その最悪の筋書きだけは何としても避けなければならん。オラは負けたんだ。負けた門番が門を上げるのは当たり前のことだべ。何を言うてんねや。分かってへんねんな。負けた門番は門なんか開けへんよ。門番が負けるいうのは死ぬいう意味やぞ。なんてことしやがんだこの野郎！示談坊と俺たちの間でもう勝負はついてたんだよ。それを後から出てきてちょっかい出しやがってこの野郎！井上、示談坊の腕の治療頼む。来いよ。そんなにやりたきゃ俺が相手してやる。武器も持ってねえやつに平気で切りかかるようなクソ野郎は俺が切る。おもろい子やな。僕が子はないんか？もうよせ一号、ここはひとまず引くのじゃ。そうか、君が黒崎一護か。知ってんのか俺のこと。なんや、やっぱりそうか。ほんならなおさらここ通すわけにはいかんな。何する気だよ。そんな離れてその脇差しでも投げるのか？脇差しやない。これが僕の残白刀や。行こうぜ新生。黒崎くん！黒崎！しまった、門が降りる。バイバイ。
予定とは違うが精霊手には無事に潜入成功だな。お前が霊力うまく込めてりゃもっとうまく入れたんだよ。うるせえな。最後になんか呪文噛んでミスってたのはてめえだろうが。いやギャーギャー言っても始まんねえ。まずはルキアの居場所を見つけねえとな。んだよ、まだ死神を助けるのが気に食わねえって面しやがって。てめえの兄貴の話はもう聞いた。なんで死神が気に入らねえのかもな。だったらなんだよ。あのなガンジュ、これだけは言っとく。少なくとも俺の知ってるあいつは仲間を裏切るようなやつでも見殺しにするようなやつでもねえよ。さあ行こうぜガンジュ。おう。始まったか。あちこちで霊圧の衝突を感じる。一つ、二つ、三つ。死ぬなよ皆、決して。よっほー、ついてるー。目の前にお手柄が落ちてきやがった。ついてるついてる、今日の俺はついてるぜ。そしててめえはついてねえ。なんだこいつ。おい、隙見てとっとと逃げるぞ。逃げるだ。この状況で何言ってん。わかんねえのか、こいつらの霊力。そこらの雑魚死神のもんじゃねえぞ。とにかく俺は逃げるからな。戦いたきゃてめえ一人でやれ。弓地か。分かってる。よう聞くが、どうしておめえは逃げなかった。あの野郎は俺らの力が自分より上と見て逃げたんだろう。俺はあっちの方が正しい判断だったと思うがな。あんたの力が俺より上なら逃げることに意味はねえ。絶対追いつかれるからな。けどあんたの力が俺より下なら倒して進みゃそれで済む。そう思っただけだ。なるほど、どうやらバカじゃないらしい。一応名前を聞いとこうか。黒崎一護。一護か、いい名前じゃねえか。そうか、名前を込められたのは初めてだぜ。ああ、名前に一の字のつくやつは才能あふれる男前と相場は決まってんだ。11番隊第3隻副艦補佐まだらめ一角だ。一の字同士仲良くやろうぜ。やだね。悪いな、てめえを切るぜ。死は誰だ一護。10日ほど教わっただけだから死と呼べるかどうかは分かんねえけど、戦いを教えてくれた人ならいる。誰だ。浦原喜助。そうか、あの人が死か。それじゃ手抜いて殺すのは失礼ってもんだ。悪いな、て
めえを切るぜ。どうした、もう終わりかよ。残念だったな。ほらまだ剣を握れるぜ。俺に剣を握らせたくなけりゃこの腕落としより他に方法はねえぞ。剣を引けよ。断るぜ。引けってんだ。勝負はついてる。もうわかんだろ。あんたの負けだ。何の寝言だ。こいつは戦いだぜ。勝負を決めるのは生き死にだけだ。ザラキ対第三隻まだらめ一角、ここで引いてながらえるほどふぬけに生まれた覚えはねえ。押せ。くそ強えなてめえ。ついてねえや。ついてねえのはお互い様だ。チェクショメ。なんで俺は生きてんだ。目覚めたかよ。イチゴ、てめえなんでまだそんなとこに。いや初めて知ったぜ。解放された残白刀って持ち主が気絶すると元に戻るのな。俺のほおずき丸てめえかい。別に取りゃしねえよ。ここの血止め薬をちょっと借りただけだ。ま、俺とあんたに使ったら全部なくなっちまったけどな。しかしめちゃめちゃ効くなこの薬。てめえなんてことしやがった。なんだよ、勝手に使ったからってそんな怒んなよ。そういうことじゃねえ。くそ、おかしいと思ったんだ。あの出血で死んでねえなんて。助けられてながらえるとはとんだ恥さらしだぜ。くそ、体さえ動きゃてめえを叩き殺してるところだ。なんだそりゃ。そんなこと言われんなら助けなきゃよかったぜ。ま、感謝しててもしてなくてもどっちでもいいや。こっちは質問がしてえだけだ。そんなとこだろうと思ったぜ。ついてねえ。何が知りたい。誕生日でも教えてやろうか。朽木ルキアの居場所。朽木？例の極臭か？お前らあんなもんに何の用だ？助けに来た。ああ？助けにってお前ら何人で来た？せいぜい 7,8 人だろ。5人と1匹だ。なんだ1匹って。てか本気でその人数で助ける気か？そうだ。できるわけねえだろそんなの。バカじゃねえのかお前。はあ、笑いすぎて傷口が。バカじゃねえのかお前。まあいいや。こっから南にまっすぐ行くと5艇13体各隊の詰め所がある。その各隊詰め所の西の端に真っ白い塔が立ってる。そいつはそこにいるはずだ。本当か？何疑ってんだよ。てめえがそいつをどうしようと興味はねえよ。助けに行くってんなら好きにすりゃいい。ほらもたもたしてっと他の連中に見つかんぞ。行くならとっとと行け。おう。それじゃあオンに切るぜ一角。着なくていいぜ気色悪い。ちょっと待て。お前らの仲間で一番強えのは誰だ？多分俺だ。そうか。
だったらうちの隊長に気をつけな。うちの隊長は弱いやつには興味がねえ。てめえの言うことが本当なら狙われるのは間違いなくてめえだ。強いのか？会えばわかるさ。まあの人の強さをてめえの頭が理解できるまでてめえが生きていられればの話だがな。そいつの名前は？一体どこまで逃げたんだよガンジは。いるなら花火でも撃ってアピールしやがれ。なんだあっちかよ。あげんの遅えっつの。すごい音。何が起きてんだろう。あれ4番隊のみんなはどうしよう。置いてかれちゃった。現場どこだろう。あの人たちに聞いてみよう。すいません。痛い。あれあなたたちは。イチゴ、こっから逃げる楽な作戦を思いついたぜ。気が合うな。俺もだ。はい。おらてめえら道開けろ。てめえらの仲間ぶっ殺されたくなかったらな。山田花太郎です。おいガンジュ、なんでこいつ連れてきちゃったんだよ。しょうがねえだろ。ついうっかり連れてきちまったんだよ。なことより今はこっからどうするかだろ。それもそうが、しかしな、その白い塔ってのにルキアがいるって分かっても、問題はそこまでどの道使っていくかなんだよな。まあな、やっぱ隊長格とは当たりたくねえもんな。敵の配置が分かればな。ルキアって朽木ルキアさんですか？何？お前ルキアを知ってるのか？やっぱりそうなんですね。6番隊の朽木隊長の妹君で、今は局衆の。それじゃあ白い塔というのは潜在級のことです。僕知ってますよ、その塔への抜け道。ああ、地下水道とは思いつかなかったな。ええ、この地下水道は精霊帝全域に張り巡らされていて、障害物なしでどこへでも行くことができます。花太郎、お前どうして俺たちにここまでしてくれるんだ？俺たち敵だぜ。それが白い塔に行きたがってるからってどうして理由も聞かずに道案内なんてするんだ？あなたのことはルキアさんから聞いてよく知ってます。黒崎いちごさん、お願いです。ルキアさんを助けてください。ルキアさんは今の潜在級指針楼へ入る前、6番隊の大社楼に入れられていました。僕はそこの清掃係を命じられてたんです。本当言うと最初は怖かったんです。なんたって向こうは貴族だし。でも最初の日にルキア様って呼んで叱られたんです。僕
その呼び方はしないでほしいって。それからルキアさんは少しずついろいろなことを僕に話してくれるようになりました。そしてその大半は黒崎さん、あなたの話でしたよ。2月ほどしか行動を共にしなかったが、不思議と心から信じられるやつだった。それなのに自分のせいで運命をねじ曲げ、ひどく傷つけてしまった。何をしても償いきれぬ。そう言って最後はいつも悲しそうな顔をしていました。なんつうか変わった死神だな、そいつも。ああ、変わってる。だから助けに来たんだ。おい、ちょっと待てよ。僕何かまずいこと言いました？知るか。おい、一が2月ほどしか行動を共にしなかったが、不思議と心から信じられるやつだった。それなのに自分のせいで運命をねじ曲げ、ひどく傷つけてしまった。何をしても償いきれぬ。バカ野郎、そんなもん全部俺のセリフじゃねえか。絶対死なせやしねえからな、ルキア。11番隊第3席斑目一角様、同じく第5席綾瀬川弓近様、以上2名の上位席官が重傷のため戦線を離脱なさいました。各部隊の詳細な被害状況については現在調査中ですが、11番隊につきましてはほぼ壊滅状態であるとの報告が入っています。11番隊が？侵入から数時間でそこまでの被害が出るか。まずいの。うちのもんもやられとらんとええんじゃが。なんか大変なことになってきちゃったね。どうしようか、アバライ君。アバライ君？アバライ君がいない？どうして？わからないの。さっきの集会の後突然いなくなっちゃって、それで探してたら6番隊の副官室の前にこれが。副官将？このこと隊長たちには？話してない。アイゼン隊長には話そうかと思ったんだけど、でももしそれでアバライ君が罰を受けたりしたら嫌だし。でもアイゼン隊長はそんなことしないと思うんだけどね。分かってるよ。現時点でアバライ君のいなくなった理由が分からない以上、それが一番賢明な処置だと僕も思う。しかしこんな時にどこへ行ったんだ彼は。副官将をわざわざ外していくなんてよほどのことだ。彼はこの頃朽木女子のことでいろいろと思い詰めてたようだったし、大事にならなければいいけど。分かった。ともかく僕の方も隊長にバレないように探してみるよ。お願いね、キラ君。本当にどこに行っちゃったの、アバライ君。ほら、あれが潜在球ですよ。どうかしたか、イチゴ。階段のところに誰かいる。久しぶりだな。俺の顔を覚えてるか？アバライ、レンチ。意外だな、名前まで覚えてたか。上出来じゃねえか。なんだあいつは。今までの連中と全然。
感じる冷圧の桁が違うじゃねえか。あの方はアバライレンジ6番隊副隊長。副隊長。正直驚いたぜ。てめえは朽木隊長の攻撃で死んだと思ってたからな。どうやって生き延びたのか知らねえが大したもんだ。褒めてやるよ。だがここまでだ。言ったはずだぜ。俺はルキアの力を奪った奴を殺す。てめえが生きてちゃルキアに力が戻らねえんだよ。殺す気で連れてった奴が何言ってやがる。通してもらうぜ。そうしろ。てめえに俺が殺せるならな。来いよ。力ずくは嫌いじゃねえだ。残白刀が変わったね。まさかその程度で強くなったと。うぬぼれてるんじゃねえだろうな。見えてるぜ。遅えんだよ。どうよっしゃー。避けてみやがれ。悪いな。まだまだ行くぜ。なかなかやるな。これでどうだ。悪いな。てめえを切るぜ。しぶとい野郎だ。そんなにルキアを助けてえか。バカ野郎。助けてんじゃねえよ。助けるんだ。分かってんのか。てめえのせいでルキアは殺されるんだよ。どの面下げて助けるなんて抜かしやがる。俺のせいでルキアが殺される。分かってるさそんなこと。だから俺が助けるんじゃねえかよ。クソが言ったろ。てめえは万に一つも俺には勝てねえ。どうしてかわされたかわかんねえって面だな。答えは一つ。てめえが俺より遅えからだ。思い知ったかよ。埋めようのねえ実力の差ってやつをよ。てめえにルキアは救えねえ。俺に殺されるてめえにはな。がっかりだな。黒崎さん、君の剣には恐怖しか映っていない。そうじゃない。戦いに必要なのは恐怖じゃない。そこからは何も生まれない。見えませんか。私の剣に映った君を切るという覚悟。できるじゃないすか、覚悟。忘れないでくださいよ、この一振りを。待たせたな、レンジ。覚悟だ。てめえを切るぜ。これでどうだ。悪いな。てめえを切るぜ。
悪いな。見えてるぜ。悪いな。てめえを切るぜ。まだ立てんのか。行くのか。ルキアのところに。隊長格は強え。朽木隊長だっている。それでもてめえは。戦言ったろ。俺が助けるって。そうか。俺は結局朽木隊長に一度も勝てねえままだ。ルキアが朽木家の養子になってからずっと毎日死ぬ気で鍛錬したが、それでもダメだった。あの人は遠すぎる。力ずくでルキアを取り戻すなんて俺にはできなかったんだ。黒崎、恥を承知でてめえに頼む。ルキアを助けてくれ。一号、おい、大丈夫か一号、返事しろ。おい、誰か来ます。3人、いや4人、5人かも。今大勢来られたら厄介だ。一旦引くぞ。人の来ないところに案内してくれ。そんなアバライ君がやられるほどとは。何者か逃げたようですね。追いますか。いや、今はアバライ君の救助を優先させるのが賢明だ。あれから10日か。なんだレンジ、 K の日取りでも早まったか。処刑まで残り14日を切って千載級失神楼へてめえを移送する。見えるかルキア、そこの窓から総局、お前を処刑する2つの道具だ。
あれを毎日その窓から眺めることで己の犯した罪を悔いる。それがここが千載宮と呼ばれるゆえん。お手を。はい。アバライ副隊長殿、移送の先導お疲れ様です。さあ参りましょう。ああ、一つ未確認情報を教えてやる。昨日ソウルソサエティに旅客が入ったのは知ってるな。数は5。そのうちの1人は身の丈ほどの大刀を持ったオレンジ色の髪の死神だそうだ。何日ぶりだろうな、あいつのあんな生きた面見たのは。迎撃したのは10の野郎だ。あのガキはもう生きちゃいねえだろってのは言わなくて正解だったんだろうな。おーい、アイゼンさん。いや、久しぶり、アバライ君。ちょっと話できるかな。いや、こうして話すのは本当に久しぶりだね。君をケンパチのところに取られて以来だから何年ぶりだろう。今は6番隊にいるんだっけ？はい。話って何すか？アバライ君、君は彼女朽木ルキアさんとは親しいんだったね。隠さなくていい。ルコン街の頃からのよく知った仲間だと聞いているよ。はい。単刀直入に聞こうか。君の目から見て彼女は死ぬべきか？いえ、質問の意味がよく。妙だと思わないか？彼女の罪状は霊力の無断貸与及び喪失、そして体外超過だ。その程度の罪での極刑など僕は聞いたこともない。加えてそれに続く議外の即時返却廃棄命令、35日から25日への猶予期間の短縮、隊長閣以外への総局の使用、どれも異例ずくめだ。僕にはこれが全て一つの意志によって動いているような気がしてならない。待ってくれよ、アイゼン隊長。それってどういう？嫌な予感がするんだ、アバライ君。もしかしたら僕は。隊長各位に通達。隊長各位に通達。ただいまより緊急大使会を招集。繰り返す。隊長各位に通達。隊長各位に通達。ただいまより緊急大使会を招集。繰り返す。さて、とりあえず移動はしたけど、次はどっちへ行ったものか。闇雲に進んで向かった先に朽木さんがいないんじゃしょうがない。敵と遭遇する機会も増えるだろう。まずは情報が欲しいのと、なるべく敵に見つからずに進む方法を模索したいところだね。そっか。なんかいい方法ないかな。見つけたぞ。手応えがないな。あの間合いで避けるなんてな、思ったよりはできるみてえじゃねえか。てめえらが旅客だな。
どうやら俺にも運が向いてきたようだ。踏み台になってもらうぜ、リョカども。ありがとう石田君。もう大丈夫だよ。ああ、そうだね。やっぱりさっきまでと石田君の顔が違う。さっきの動きだって普通じゃなかった。一瞬石田君は私の意識の外に消えて、気がついたら助けられてた。死神を目にするだけでこんなに変わる。ゆるいちさんに聞いていた通りだ。石田君はクイーン氏。やっぱり今も死神は敵なんだね。ちょこまかと逃げやがって。そろそろ手加減なしで行くぞ。甘いね。てめえやりやがったな。急所を外したか。見かけによらず少しはやるようだね。てめえなめるなよ、旅客勢が。井上さん。私は拒絶する。殺意のこもってねえ攻撃だぜ。その程度で止められるとでも思ったのか。大したことなかったな、了解。殺意のこもった攻撃がお望みかい。それなら僕と戦うといい。僕の弓にならこもっているよ。君の好きな殺意ってやつがさ。石田君。井上さん、あとは下がっていて。こいつは僕が肩をつける。面白い。噂に聞いたことがあるが、てめえもしかしてクイーンシーか。その通りだよ。そりゃあいい。俺の戦歴にも箔がつく。いや、君の戦歴はここで終わりさ。石田君の弓、前に見た弓と全然違う。姿形も感じる冷圧も。あの手袋、それを使いこなすために一人で修行をしてたんだね。まだやれる。お見事。そしてさようなら。行くぞ。手が、俺の左手が。残念だよ。ソウルソサエティの死神は大したことがないらしい。僕の知っている死神とは比べ物にならないな。避けてみろ。終わりだよ。何が起こった。負けるものか。どうだ。捕らえる。お見事。そしてさようなら。行くぞ。すごい。石田君、黒崎君と戦った時とはまるで別人。少しは後悔できてるかい。僕たちに出会ってしまったことに。俺が後悔だと。小僧め、言ったはずだぜ。なめるなってな。僕に勝てないなら井上さんだけでもとでも思ったかい。それとも井上さんを人質に。そういえば君は最初から僕より先に井上さんを狙い続けていたね。常に女性から狙うなんて無様な真似
そうそうできることじゃない。まともな誇りを持っていたらとてもできない戦い方だよ。そしてさようなら、君にはもはや後悔させる時間すら惜しい。ありがとう、石田君。いいよ、お礼なんて。大したことをしたわけじゃない？死んじゃったの？いや、砂血と白水という霊力の発生を司る急所を撃ち抜いたんだ。死にはしない。だけど霊力を失う。そして目覚めた彼はもう死神には戻れない。戦いの結末としてはそれで十分だよ。行こうか。夜市さんに聞いた。クイーンシーは自らの周囲の霊視を集めて戦う。あの手袋はきっとその霊視を集める能力を飛躍的に高めるもの。それがあまりに強力すぎてうまく扱いきれないから、私たちに怪我をさせてしまうから、石田君は一人で修行をしてたんだ。それをあそこまで使いこなして、あんな戦い方までできるようになった。たった10日で、たった一人で。すごいな、石田君は。私は10日間一体何をしてたんだろう。ちっとも強くなった気がしないや。こっちの方でイチゴらしき冷圧を感じたんだが、行き違いになったか。おいてめえこら、やりやがったなこの野郎。てめえさっきの奴らの仲間か？ああ？多分そうだ。上等だ。11番隊なめやがってこら。こっから生きて帰れると思うなよ。5分でぶっ殺してやれ。悪いがその期待には応えてやれない。どういう？2分で終わる。くそ！なんだよこいつ。朽木ルキアはどこにいる？朽木？あの罪人のことか？朽木ルキアの居場所を探している。はあ？そんなこと教えられるわけ？どうしても教えられないというなら、力は残っている。一気に決める。やってしまった。俺は負けられない。しまった。参ったな。
つは化け物め。潜在宮ってどこだ？潜在宮？朽木ルキアの居所を聞いたら、さっきのやつはそこまで行って気絶した。場所がわからない。教えてくれ。あっちです。ずーっと向こうに見える白い塔みたいなの、あれが潜在宮です。そうか、ありがとう。もう向かってくるなよ。はい、はい、もうしません。殺されないの？マジで？最初の頃は1日2発が限界だったのに、今はもう5発以上撃っても全く疲れない。教えてくれた夜市さんには感謝しないとな。夜市さん、井上、石田、一子、みんな無事だろうか。怪我なんてしてなければいいが。ダメだな。うんともすんとも言わねえ。とりあえず息はあるみてえだが。僕が見ます。この治癒能力で。治癒能力？救護って薬とか使うんじゃねえのか？ええ。他の死神は戦闘にしか霊力を使えないけど、僕ら4番隊だけは治癒霊力を持っているんです。ほとんどそれしかできないですけど。そうか。で、どんな具合だ、イチゴは？ひどいです。でも絶対に治します。時間をください。一晩で治してみせます。僕が見つけた時にはもうこの状態だったんだ。もう少し早く見つけて僕が戦いに加勢していれば。そんなのヒラ君のせいじゃ。ともかく4番隊に連絡するよ。上級救助班を出してもらおう。その必要はない。牢に入れておけ。朽木隊長。そんな。アバライ君は一人でリョカと戦ったんです。それなのに。言い訳など聞かぬ。一人で戦いに臨むということは決して敗北を許されぬということだ。それすら分からぬ愚か者に用などない。目障りだ。早く連れて行け。ちょっと待ってください。そんな言い方って。よせ、雛森君。だってキラ君。申し訳ありませんでした。申し訳ありませんでした。おお、怖っ。一丸隊長。なんやろね、あの言い方。相変わらず怖いな、6番隊隊長さんは。心配せんでもええよ。4番隊なら僕が声かけてきたるから。ついておいで、イズル。はい。よろしくお願いします。あばらいの野郎、派手にやられやがったな。うわっ！
室ヶ谷隊長だ。もうどうして隊長さんたちはみんな足音立てずに近くに来るのよ。大体どうしてこんなところにいるの？股間も釣れずに。忠告に来たんだよ。3番隊には気をつけな。え、3番隊？キラ君のこと？なんで？俺の言ってんのは10だが、キラもどうだかな。とりあえず気をつけといて損はないぜ。特に事態は下級である。ついに後手13隊の副官の一人を各事態となった。もはや会の大使たちに任せておけるレベルの話ではなくなった。先の10の単独行動については不問とする。おおきに副隊長を含む上位指揮官の邸内での残白党の常時形態及び戦時全面解放を許可する。今回ここに集まれなかった者たちにもそう伝えてほしい。諸君、全面戦争と行こうじゃないかね。あ、目が覚めましたか、イチゴさん。花太郎、俺は。動かないでくださいね。まだ傷塞がってませんから。傷？そうか、俺レンチと戦ってありがとな、花太郎。もう大丈夫だ。何言ってるんです。ダメですってまだ。イチゴさん、行かねえと。この程度でぶっ倒されるやつのどこが大丈夫なんだよ。治るまでおとなしく寝てろ、ボケ。ああ、また怪我が一つ増えちゃった。ほんとガンジュさんは荒いんだから。うるせえな、いいだろう、ちゃんと止めたんだから。それにしても左肩から胸にかけての傷がこんなに浅いなんて、完全に致命傷だと思ったのに。イチゴさんの持っていたあの仮面のおかげか。何なんだろう、あの仮面は。アバライ副隊長の斬撃を止めるなんて。いや、それより何よりあの仮面はフォローに似すぎているよ。ねえイチゴさん、戦時特例、対等許可、アバライ君、なんでこんなことになっちゃうの。残白刀なんて持たせてくれなくていいのに、平和ならそれでいいのに。3番隊には気をつけな。特にアイゼン隊長、私戦いなんてしたくないです。どうした？何かあったのかい、雛森君。すみません、少しだけお話をさせていただけませんか。こんな夜更けにご無礼は重々承知の上でお願いします。寝ません。隊長の前で粗相のないようずっと起きてます。
だからどうか。僕が無礼を理由に追い返すと思うのかい？日頃僕はそんなに冷たく見えてるのかな。入りなさい。今日は大変な一日だったろう。落ち着くまでいつまででもいるといい。アバライ君は命に別状はないそうだよ。本当ですか？よかった。朽木隊長は罷免を唱えたが、反対にあってそれもなくなった。傷が癒えればすぐにでも本隊に復帰できるそうだよ。反対ってもしかしてアイゼン隊長がしてくださったんですか？僕だけじゃないよ。彼は優秀だし、みんなに好かれてる。彼が罷免されて喜ぶ人なんて5艇13隊に1人だっていやしないさ。アイゼン隊長の言葉も声も、アイゼン隊長の全てが私の心を洗い流してくれる。今夜ここへ来て本当によかった。私はあなたのもとで働けて幸せです、アイゼン隊長。すいません、私いつの間にか寝ちゃったみたい。あれ、アイゼン隊長いない。もうこんな時間。アイゼン隊長早く起きたなら一言声かけてくれてもいいのに。定例集会間に合うかな。近道しちゃえ。よかった、これなら間に合いそう。なんだ、東大障壁の方じゃ。雛森君の声だ。どうしたんだ雛森君、何が。アイゼン隊長。アイゼン隊長、アイゼン隊長、やだ、嫌です。アイゼン隊長、アイゼン隊長。なんや、朝っぱらから騒々しいことやな。気をつけな。3番隊には気をつけな。特にアイゼンのやつが一人で出歩く時にはな。お前か。キラ君、どうして。僕は3番隊副隊長だ。どんな理由があろうと隊長に剣を向けることは僕が許さない。お願い、どいてよキラ君。それはできない。どいてよ、どいて。ダメだ。どけっていうのがわからないの。ダメだというのがわからないのか。はじけ、こんなところで残白刀を。船舶。自分が何をしているか分かっているのか。工事と指示を混同するな雛森副隊長。そうか、それなら仕方ない。僕は君を敵として処理する。表を上げろワビスケ。動くなよ、どっちも。室ヶ谷君。捕らえろ、2人ともだ。
総隊長への報告は俺がする。そいつらはコーチだ。連れて行け。すんませんな、10番隊隊長さん。うちのまで手間かけさせてもうて。10、てめえ今ひなもりを殺そうとしたな。はって何のことやら。今のうちに言っとくぞ。ひなもりに血流させたら俺がてめえを殺すぜ。そら怖い。悪い奴が近づかんようによう見張っとかなあきませんな。来ました。了解です。なんだ、もう来ちゃったのか。仕方ない。そんじゃ行くとしますかね。本当に向かわれるのですか？たかが旅館1匹、私でも。山爺の命令じゃ仕方ないでしょう。あの人はこれ以上旅館に手こずってると思われたくないんだよ。大人はメンツっての潰されるのが嫌いなの。それに僕の七尾ちゃんが戦いに出て怪我したりしたら大変だしね。誰が僕の七尾ちゃんですか？おお、今日もまた一段と釣れない。そんなところが素敵。分かった、分かりました。もういいからさっさと言ってください。へいまあ、そう心配そうな顔しなさんな。すぐ終わるよ。ほんの戯れさ。誰だ？8番隊隊長京楽春水。はじめまして。8番隊隊長そう、よろしく。おい七尾ちゃん、花びらもういいよって。あれ聞こえないのかな。七尾ちゃんってば。おい、花びらもういいんだってば。七尾ちゃん、かわいいかわいい七尾ちゃん。悪いがコントに付き合ってる暇はないんだ。通してもらうぞ。なんだい、もうちょっと乗ってくれてもいいじゃないの。どいつもこいつも釣れないな、本当。先を急ぐんだ。そこをどいてくれ。あんたは悪党じゃなさそうだ。できれば戦いにはなりたくない。参ったね、どうも。喧嘩が嫌はお互い様だけど、こっちは通られても困る。なんとか引いちゃくれないもんかね。それはできない。そうかい。それじゃ仕方ない。飲もう、仲良く。
いやいや、引くのがダメならせめてここで止まってくれないかと思ってさ。何、少しの間でいいんだ。今他の隊長さんたちも動いてる。じきこの戦いも終わるからさ。それまでここで少しの間僕と楽しくやろうじゃん。他の隊長、一応や他の連中も隊長格に襲われてるのか。参ったね。失言だったかな。どうも事情が変わった。京楽さん、今すぐそこをどいてくれ。嫌だと言ったら言わせない。やれやれ、面倒なことになってきたね。どうも。確かにすごいさ。硬いし速いし破壊力だって人間にしちゃ相当なもんだ。分かってるはずだ。技には消耗限界を超えると全く出せなくなるものと、消耗限界を超えても命を削って出し続けられるものと2種類ある。君の技は明らかに後者だよ。そして君は今消耗限界なんてとうに超えてしまってる。忠告をどうも。だけど引くわけにはいかない。よせと言ってる。悪いことは言わないから帰んな。これ以上やると本当に死んじゃうよ。参ったね。どうも。なんでそうまでして戦う必要があるのさ。君の目的は何だ。何のためにここへ来た。目的は朽木ルキアを助け出すため。ルキアちゃんを？彼女がそっちで行方不明になったのは今年の春でしょ。短いよ。薄い友情だ。命を懸けるに足るとは思えないね。確かに俺は彼女のことは何も知らない。命を懸けるには少しばかり足りないかもしれない。だけどイチゴが助けたがっている。イチゴが命を懸けてるんだ。十分だ。俺が命を懸けるのにそれ以上の理由は必要ない。
参ったね、どうも。そこまで覚悟があるんなら説得して帰ってくれなんてのは失礼な話だ。仕方ない。それじゃ一つ命をもらっておくとしようか。そうだ、イチゴとの約束だ。だから俺は負けられない。ごめんよ。人間が精霊艇に入るってだけでもすごいことなのに、ここまで戦えるとはね。全く大したもんだ。恐れ入るよ。それにしても最後の一撃がここまでとはね。こいつはまともに食らったらヤバかったかもしれないね。京楽隊長、伝令です。どうしたの、息切らせて。らしくない。そういえば今履挺隊の子が来てたね。なんだい？アイゼン隊長がお亡くなりになられました。死因は残白糖による砂血及び白水の摘出と深部破壊。事故死ではなく殺害です。犯人は不明。山本源流祭重君に筆ヶ谷藤四郎両隊長の連名による一級厳令ですので、間違いのない情報かと。そうか、宗介君が。とりあえず顔でも見に行こうか。はい。まだ息がありますね、この旅館。とどめ刺しておきましょうか。よしなさい。女の子がそういうことをするもんじゃないよ。しかしアイゼン隊長を殺したのもおそらくはこの旅館の一味。そうだね。でもそうじゃないかもしれない。いや、ただの可能性の話さ。とにかくむやみに命を奪う必要はないでしょう。救護隊を呼んでどっかの牢へ入れといてもらおう。面倒なことになってきたね。どうも。どうしても吐く気にはならんかね。まだらめくん。吐かないも何も俺は知らないんですよ。旅館の目的も行き先も何も。じゃあ何かね。君は何の情報も得られぬままただただやられて帰ってきたというわけかね。その通りです。ついでに言うと、俺は敵の顔も見てないし声も聞いてません。だからお伝えできることはこれっぽっちもありません。よかろう。ならば失態に相応の罰を受けてもらおうじゃないかね。驚いたな。てめえはいつの間によそのやつを裁けるほど偉くなったんだ、黒土。ザラキ。隊長殿が来たんじゃしょうがない。私はひとまず退散するとするよ。行くぞねん。もたもたするな。はい、まゆり様。聞いたぜ。負けたんだってな、一角。申し訳ありません。負けてながらえることは恥と知りつつ戻ってまいりました。強えのか？強いです。外見はオレンジの髪に
身の丈ほどの大刀。向かった先は千載級指針路。隊長の外見を伝えて気をつけるよう言っておきました。奴が俺の言葉を覚えていればどこであっても最高の戦いが楽しめるはずです。奴は強く、そしておそらく未だ発展途上。隊長と会う頃にはさらに強くなっているかもしれません。そうか。そいつの名はやべえ、寝ちまってたか。花太郎、てめえくら何俺の膝枕で寝てんだ、気色悪い。って俺の一丁らがよだれでズルズルじゃねえか。疲れ切ってんだ。よだれくらい勘弁してやれよ。イチゴ、もう大丈夫なのか。ああ、花太郎のおかげでな。お前も体の痛み消えてるだろ。お前の傷も花太郎が俺の後フラフラになりながら治してくれたんだぜ。もう一度、今度こそだ。行くぜ、千載級へ。くそ、それにしても長え階段だな。なんだなんだチキショー。ごちゃごちゃうるせえぞ。もうすぐてっぺんだ。誰もいねえ。ここも警備が手薄だ。よし、このまま一気に奥まで行くぜ。なんだこのデタラメな冷圧は。何が言いやがるんだ。さあ走れぞ。わかんねえけどとんでもねえ奴が近くにいることだけは確かだ。敵がこっちを見つける前にとにかく走って少しでも進むんだ。やっと来やがったか。さてドイツだ。おかしい。さっきから走っても走っても敵と距離が開いていってる気がして、まるで喉元に刃を突きつけられているみてえだ。お前か。どうした。いつまでそっちを見てやがる。なんだ今のは。さっきか。まさかただのさっきであんな。黒崎一護だな。なんで俺の名前。なんだ、一角から聞いてんじゃねえのか。会えばわかるさ、あの人の強さ。てめえの頭が理解できるまでてめえが生きていられればの話だがな。そいつの名前は11番隊隊長ザラキケンパチだ。てめえと殺し合いに来た。ザラキケンパチ、こいつが11番隊隊長。さすがに隊長格か。すげえ冷圧してやがる。何の返事もねえってことは始めちまっていいのか。花太郎、眼中。俺らのことはいいから前向いてろ。キョロキョロしてっとあっという間にやられちまうぞ。ガン。よっぽどケンちゃんが怖かったんだね。かわいそう。くそ、どきやがれ。怒られちった。バカ、おめえが悪い。ガンジュ、花太郎を連れて先に行け。こいつは俺が何とかする。お前は先に行ってルキアを助けてくれ。なんとかってお前一人で。うるせえ。いいから黙ってさっさと行け。分かった。意外だな。二人揃って追っかける素振りもなしかよ。言っただろう、俺はてめえと殺し合いに来たってな。てめえの仲間だの朽木なんたらだのがどこで死のうが興味はねえよ。上等だ。
チクショーめ。くそ、デタラメな冷圧しやがって。しっかり気を張ってねえと冷圧だけで潰されそうだ。悪くねえ。構えは硬いし隙だらけだが、冷圧だけはかなりのもんだ。そこらの副隊長レベルじゃ相手にならんだろう。一角が負けるわけだぜ。そりゃどうも。だが俺との間にもまだ差があるな。どうだ、一つハンデをやろうか。てめえから先に切らせてやるよ。どこでも好きなところを切りつけてこい。何言ってんだ。構えてもいねえ奴に切りつけられるかよ。バカにしてんのか。バカになんてしてねえさ。ただのサービスだ。構えてねえ奴に切りつけねえって心構えは立派だが、そんな小綺麗なもんは別の機会に取っとけよ。そう気負うなよ。楽しくやろうぜ。殺そうが殺されようが、所詮は暇つぶしだろうが。ほら来いよ。首でも腹でも目玉でも、なんならこの一撃で俺を殺したっていい。ビビってんじゃねえよ。来い。くそ、後になって恨むなよ。嘘だろ。なんで傷一つついてねえんだよ。なんで攻撃した俺の手の方が裂けてるんだよ。無理だよ、イッチにケンちゃんは切れないよ。だってこんなのケンちゃんにしたら歯がついてないのと一緒だもん。何のことはねえ。冷圧同士ぶつかれば押し負けた方が怪我をする。それだけのこった。要はてめえが敵を殺すために冷圧を極限まで磨き上げて作ったその刀より、俺が無意識に垂れ流してる冷圧の方が強い。それだけの話だ。見えてるぜ。こっからだぜ。これでどうだ。しまいか。こうしなきゃいけねえ。切り伏せる。叩き切る。悪いな。てめえを切るぜ。当たってるんだ。なのに切れない。そんなに力の差があるってのかよ。チクショーめ。いや、落ち着け。俺は今あいつの冷圧にビビっちまってる。それがまずいんだ。落ち着いて冷圧を研ぎ澄ますが切れないわけはねえ。残月のおっさんも言ってたじゃねえか。恐怖を捨てろ。前を見ろ。引けば老いるぞ。臆せば死ぬぞ。まだだ。まだ集中が足りねえ。こんなんじゃあいつは切れねえ。勝てる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 。チャドの冷圧が消えた。まさか嘘だろ。チャドが負けた。死んだのか。嘘だ。そんなわけがねえ。チャドが負けるなんてそんなわけが。生きてる。まだかすかだけど冷圧がある。そうだ。何をビビってんだ俺は。俺がここで負けたらチャドも井上も石田もガンジも花太郎も鎧さんも俺に力を貸してくれた連中が
みんな死んじまうんだ。ビビってる暇なんかねえじゃねえか。切り合いに集中してないってことは死ぬ覚悟ができたってことでいいな。待ってろよチャド。こいつを倒して絶対に助けてやるからな。悪いな、まだ死ぬ気にはなれねえんだ。俺が死んだら背中にあるものみんな壊れちまうんでね。なんだ、やりゃできるじゃねえか。まだ緩めるなよ。そのまま研ぎ澄ませてろ。こっからが楽しいとこだぜ。なあ黒崎一号。ケンちゃん嬉しそう。いいぞ、いい反応だ。集中が増してるな。さっきまでと違ってちゃんと鈴の音が聞こえてるじゃねえか。鈴も眼帯もより戦いを楽しむためだけにつけてんだ。そうやって有効活用してくれねえと意味がねえ。くそ、なめやがって。だから残白刀も解放しねえってわけか。分かってんのか。俺の剣はもうあんたを切れるんだ。なめて手抜いてると。俺の残白刀に名はねえ。俺の残白刀のこいつが本体だ。そうかよ。それを聞いて少し安心したぜ。じゃああんたの剣はもうそれ以上強くはならねえってわけだ。それならそれならなんだ。それならもうちょっとで勝てるとでも思ったか。なめてるのはてめえだ。俺が残白刀を封印しねえのは冷圧がでかすぎて全力で抑え込んでも封印できねえからだ。だから普段戦う時は常に加減して切る癖をつけた。わかるか。そうでもしねえと敵が脆すぎて戦いを楽しむ暇もねえんだよ。だから緩めるなって言ったろ、冷圧をよ。つまんねえ幕引きだぜ。そうですか。それではやはりアイゼン隊長は。ええ、障壁から下ろされた時にはすでに息はなく、何者かの目を欺くために義骸を使った可能性も考慮に入れてあらゆる方面から調べましたが、結果的には彼の死という事実を固めるだけの結果に終わりました。アイゼン宗介5番隊隊長は逝去されました。5番隊隊長はこの騒乱の終結後、改めて中央四十六室及び大使会によって決定されることになりましょう。お二方とも各隊の指揮にお戻りください。私もじきに前線へと参じましょう。お疲れ様です。当選隊長、駒村隊長、いかがでしたか。アイゼン殿は亡くなった。真相を究明するにはどうやらこの戦いを終わらせることが一番の近道らしい。そうですか。それではやはり。ああ、私も出るよ。戦いなど避けて通るに越したことはないのだけれど、どうやらそう都合よくもいかないらしい。戦いか。そんなものがなければ人は醜い感情に惑わされることもなく、醜い悲劇も起こりはしないのに。私は戦いを憎むよ。
アイゼン隊長の部屋にあった。あんた宛てよ。アイゼン隊長が私に。見つけたのがうちの隊長でよかったわ。他の誰かだったら証拠品として提出されてあんたのところへは届かなかったかもね。何が書いてあるのか知らないけど、自分の隊長が最後に言葉を残した相手が自分だったってのは副隊長として幸せなことよ。大事に読みなさい。ありがとう、ランギクさん。雛森君、君がこの手紙を読んでいるのなら、僕はきっと帰ることができなかったのだろうね。君にはいろいろと心配をかけたね。そのことはどんなにねぎらいの言葉を重ねても足りることはないと思っているよ。今まで僕は君に僕の感じる不安について語ったことはなかった。だけどそれは君を巻き込みたくなかったからだということを分かってほしい。そしてどうか許してほしい。ここまで来て君を巻き込んでしまう僕のことを。僕はおそらくすでに生きてはいないだろう。だから僕の最も信頼する君のために、僕の暴いた真実の全てをここに記す。俺は俺のことを切れたやつも、戦いの最中に鈴の音を聞けたやつも久しぶりだったのによ。しまいか。つまんねえな。くそ死にたくねえ、死にたくねえ、死にたくねえ。こんなとこで死んでられっかよ。まだ死ぬわけにはいかねえんだ。動けよ体、止まれよチー。俺をもう一度戦わせてくれ。俺はルキアを助けなきゃいけねえんだ。戦いたいか、勝ちたいか、それとも生きたいか、どれだ。勝ちたい。聞こえんな。戦うだけじゃ意味がねえ。生き残るだけじゃ意味がねえんだ。勝ちたい。いいだろう。ならば連れて行ってやる。ここは浦原さんとの修行できた場所と同じ。見ろ、あれだけの戦いの中にあってもお前の内なる世界は微動だにしていない。どうやらお前は少しばかり強くなったようだ。おわっと、危ねえな。抜き身の刀投げるやつがあるかよ。持っていろ、お前の刀だ。だってこれ残月じゃな。朝打ち五帝13体に入れぬ下級死神の持つ名もなき残白刀だ。いや、だから俺の残白刀は残月。残月というのはお前が先ほど敵におられたこれのことか。これはお前には渡せない。のけ。なんだよお前。なんだはねえだろ相棒。これからお前が
私を持つに足るものかどうか試す。もう一度私を手にしたくば自分の手で奪い取ってみせろ。敵はお前自身だ。はっ、奪い取るねえ、いいじゃねえか。ぜひそうしろ。お前にそれができんならな、相棒。バリーナ、てめえを切るぜ。分かってんだ。バリーナ、てめえを切るぜ。そうだ、確かに俺は残月のおっさんを理解しようなんてしてなかった。残白刀は道具じゃない。みんなそれぞれ名前を持って生きてるんだ。それなのにふざけんじゃねえ。ザラキケンパシと同じじゃねえか。俺だって名前を知ってるだけで残月のおっさんのことを何一つ分かっちゃいねえ。これじゃ名前なんてないのと同じだ。残白刀の名前にすら興味を示さねえあいつと何も変わらねえ。知りたい。さあ終わりにするぜ。見せてやるよ。残月を使いこなすってのがどういうことか。死ぬまでこいつを使いこなせねえお前にな。教えてくれないか、残月のおっさん。少しずつでいい。あんたのことを俺に知りたいんだ。俺に力を貸してくれるあんたのことだから教えてくれ。そしてもう一度あんたと一緒に戦わせてくれ、おっさん。もう一度俺にチャンスをくれるのか。ありがとうおっさん。言ったか。やれやれ、これでいいんだろう。ああ、わざわざすまなかったな。気にすんな。あんなやつでもこの世界の王だからな。勝ってもらわなきゃ困る。そのための手伝いなら嫌でもするさ。さあ用は済んだろ。とっとと俺を帰らせてくれ。ああいつ強いぜ、残月さん。大事に育ててやんな。いずれ俺のものになる力なんだからな。イチゴ、私は雨が嫌いだ。この世界にも雨は降る。お前が心を乱せば空は曇り、お前が悲しめばいともたやすく雨は降る。私はそれがたまらない。
お前にもわかるだろうか。孤独なこの世界で雨に打たれることの恐ろしさが。その雨を止めるためなら私はお前にどんな力も貸そう。私を信じてくれたなら私はこの世界にどんな雨も降らせはしない。信じろ。お前は一人で戦ってはいない。一号。なんだ、一度は消えかけたこいつの白道がまた。そしてこの冷圧、出血が収まってきてやがる。おし、負ける。悪いけど時間はかけてられねえ。一気に型をつけさせてもらうぜ。一気に型をつけるだと？そいつは困るな。せっかくここまで楽しくなってきたのによ。できるだけ長引かせていこうぜ、おい。てめえがなぜ復活できたのか、てめえがなぜ急激に強くなったのか、気になることは山ほどあるが、とりあえず今はどうでもいい。今はこの戦いを楽しもうぜ。悪いな、俺に力を貸してくれ。押してるのは俺だ。斬撃の数もダメージ圧倒的に俺が上のはずだ。なのに切っても切ってもなんで倒れねえんだ。おかしいぞあんた、どうかしてる。そんなに戦いが好きかよ。死ぬのも切られるのも怖くねえのかよ。どうかしてるのはお前の方だ。それだけ強くてなぜ戦いを好きにならねえ。楽しめよ、死も苦痛も。そのためのただの代償の一つだろうが。聞こえるか一味、奴の剣の悲鳴が。ああれが奴には聞こえない。信じ合わぬ者同士、共に戦えば互いの力を損なう者。己の力しか信じぬ奴にはそれがわからない。一応お前は私を信じられるか。当然だろ。俺の力全部あんたに預ける。好きに使ってくれ。そして俺に力を貸してくれ。ああ、最高だ。対等の戦い。いや、わずかにだが確実にお前が上だ。いつ以来だ、こんな高揚感は。いいぜ、お前になら
全力で戦っても良さそうだ。なんだ、眼帯を外したらいきなり冷圧が跳ね上がりやがった。こいつは技術開発局の連中に作らせた兵力を無限に食らい続ける化け物だ。今までこいつに食わせてた分の冷圧を全ててめえを殺すためにつぎ込む、それだけのことだ。こうでなきゃいけねえ。楽しませろ。避けてみや。悪いな、てめえを切るぜ。俺はまだ死んでねえぞ。悪い、みんな。何が悪いみんなだ。てめえの勝ちだ、バカ野郎。ありがとう。イッチーのおかげでケンちゃんは楽しく戦えたよ。あんなに楽しそうなケンちゃんを見たのは久しぶりでした。本当にありがとう。ちょっとイッチー、できれば死なないでね。そしてできればまたケンちゃんと遊んであげて、お願い。すまぬイチゴ、少し遅れた。派手にやられたの。じゃがザラキケンパチが相手では仕方ない。相打っただけでも大主君じゃ。案ずるな、わしがお主を死なせはせん。あいつは知らない。多分死んでないよ。そりゃよかった。これでまた借りが返せるってもんだ。借りなんてないよ。あるさ、負けたんだ。ケンちゃんは負けてないよ。バカ野郎、なんて顔してんだ。だって負けてないもん。イッチ言ってたよ。俺は残月と2人で戦ってるって。2対1だもん。ケンちゃんの勝ちだよ。そんな笑い方しない。残白刀と共に戦うか。ヤチル、俺がお前に名前を付けた時のこと覚えてるか。当たり前じゃん。飛んでた雲の数まで覚えてるよ。ああ、俺もだ。ケンちゃん、黙ってろ。長いこと忘れてたぜ。名前のない苦痛ってやつをな。他の連中が名前で呼ばれるのに自分にはそれがない。それがどんな気分か。ヤチル、俺がただ一人こうありたいと願う人の名だ。お前にやる。俺はケンパチ、代々最も強い死神に与えられる名だ。俺は今日からその名を名乗る。ずいぶん長いこと待たせちまったな。
なあ、お前は何を今更と思うかもしれねえが、今からでも俺に教えちゃくれねえか、お前の名を。やっぱりダメか。ちくしょう、強くなりてえな。戦う相手が見つかったんだ。俺はまだ強くなれるんだ。戦いてえ、強くなりてえよ。久しぶりなんだ、こんな気分は。強くなりてえ。なれるよ、ケンちゃん。強くなろう、一緒に。私知ってるもん。一番強いのはケンちゃんだもん。そう、あの日からずっとあなたは私の世界のすべてだから、もっともっと強くなろうよ、二人で。音が止んだ。冷圧も消えた。二つとも。死んだのは誰だ。わからぬ。石器石の乱反射で冷圧の痕跡が書き消えていく。なぜだ。私のために流れる血などあっていいはずがない。私は本当に血を流してまで救う価値のあるものなのか。教えてくれ、海援殿。何？アイゼンが殺された？いつ？誰に？どうして？本日未明、犯人及び動機は不明です。くっそー、俺が寝てる間にそんなことに。許せん。イチゴさん、大丈夫でしょうか。仕方ねえよ。あんなバカでけえ冷圧のやつ、相手できるのはあいつしかいねえんだ。それよりも問題はこっちだぜ。ようやく着いたけど、この扉どう開けるよ。大丈夫です。昨べのうちに籠城保管庫から予備の鍵を拝借してきましたから。僕だってルキアさんを助けたい。イチゴさんばかり傷ついて、僕は逃げ回ってばかりでかっこ悪いじゃないかって思ったんです。お前もなかなか思い切ったことをするじゃねえか。どいつもこいつも必死になって助けてえなんて。そのルキアってやつはよっぽどの可愛い子ちゃんなんだな。おい。いえ、そんなんじゃ。照れんな照れんな。どれ一丁お顔を拝んでやっか。おいルキアちゃん。花太郎。その服の文様、追天の崩れ渦潮。お前柴家のものか。え、知り合いなんですか。ああ、知ってるぜ。忘れるもんかよ、その面。そいつは俺の兄貴を殺した死神だ。何言ってんですか、ガンジュさん。ルキアさんがそんな。良いのだ花太郎、そやつは正しい。柴家のものよ。確かにお前の兄柴海援は私が殺した。好きにしろ。お前になら
私は殺されても文句は言うまい。やめてくださいダンジュさん。そんなことしに来たわけじゃないでしょ。助けに来たんじゃないんですか。決意を託されたんじゃなかったんですか僕ら。なんだ。何か来る。あれは。どこだここ。俺は死んでねえのか。目が覚めたようじゃの。鎧市さん、無事だったのか。よかった。ああ、お主よりはずっとな。そうか、鎧市さんが助けてくれたのか。ありがとな。なに、あれだけの傷で即死しなかった自分の生命力に感謝するんじゃな。そうだ、チャドが危ねえんだ。助けに行かねえと。バカ者め、チャドなら心配ない。戦った相手が良かった。傷は負ったが生きておる。井上と石田もうまく敵をかわしてまだほとんど無傷じゃ。とにかくしばらくはその結界の中でおとなしくしておれ。何しろ臓物の半分が潰れておったからの。これが懐に入っておらねばお主の胴は真っ二つになっておったところじゃ。しかし驚いたぞ。お主がまだこれを持ち歩いておったとはな。それが入ってた俺の懐に。なんじゃ、持ち歩いておったんじゃないのか。いや、実は昨日レンチと戦った時もそいつのおかげで助かったらしくてさ。俺はお守りとして持っておきたかったんだけど、花太郎がどうしても捨てた方がいいって言うもんだから来る途中で捨ててきたんだ。それはわしが預かろう。なんでだよ、せっかく戻ってきたのに。よこせ、口答えは許さん。はい、どうぞお納めください。まさかとは思うが用心しておくに越したことはあるまい。しかしよ、やっぱすげえな鎧市さんは。あんだけ隊長格がうろうろしてる中で傷一つ負ってねえし、そんな小せえ体であっさり俺をこんなとこまで運んできちまうし。何、そのぐらい元の姿に戻れば造作もないことじゃ。ああ、なるほどな。元の姿。ここまで来れば隠すこともあるまい。見せてやろう、わしの真の姿を。どうやら相当に驚いているようじゃな。これがわしの真の姿じゃ。無理もない。大方お主もわしを男じゃと思っておった口じゃな。あおいあおい。しかしこの正体を明かす瞬間というのは何度味わっても良いもんじゃの。どいつもこいつもアホのように驚くばかりじゃ。さてではいよいよわしがどうやってお主をここまで運んだのか教えてやろう。まずこの道具じゃが。切ろいやー、すまんすまん。服なぞ久しく着ておらんかったもんじゃからついの。とまあそんなわけでこの道具でお主を運んだというわけじゃが。要するにこいつは霊力を込めると空を飛べる道具ってことか。そうじゃ。ソウルソサイティに2つとない貴重な道具じゃぞ。ありがたく思え。そんな貴重な道具がなんであんたの手元にあるんだ。変身はできるわ、傷は治せるわ、貴重な道具は持ってるわ。鎧市さん、あんた一体何者なんだ。それは
この冷圧はあいつだ。潜在級の方か。待てイチゴ、何をする気じゃ。潜在級にはガンチと花太郎が向かってる。俺が行かねえで誰が助けるんだよ。飛べ。待てイチゴ。ちバカ者が。待ちやがれ。どうやら耳が聞こえぬようだな。私は失せろと言ったはずだが。ごちゃごちゃうるせえぞおばちゃん。あんたら貴族はどうだか知らねえが、この程度でビビって逃げるような腰抜けはいねえんだよ、芝家の男の中にはな。芝、そうか、貴様芝家の者か。ならば手を抜いてすまなかった。貴様はここから生かして返すまい。何をする気だ、そんな距離から。ダメです、兄様。知れ、千本桜。なんだ、刀身が切る。ガンジさん、もうおやめください、兄様。やれやれ、物騒だな。そのくらいにしといたらどうだい、朽木隊長。浮竹隊長。朽木、少し痩せたな。大丈夫か。どういうつもりだ浮竹。おいおい、そりゃこっちのセリフだろ。潜在級での残白刀解放なんて一級禁止条項のはずだぞ。旅客を追い払うためとはいえ、一体何を考えてるお前。戦時特例だ。残白刀の解放は許可されている。戦時特例。旅客の侵入がそんな大事になってるのか。まさかアイゼンを殺したの。なんだこの冷圧は。明らかに隊長クラスだぞ。だが知らない冷圧だ。誰だ。この冷圧の感覚はまさか。大丈夫か花太郎。悪い、先に行かせて逆に怖い目に遭わせちまったな。ガンジはあっちに。そうか。ルキア、助けに来たぜ。バカ者、来てはならぬと言ったはずだ。あれほど追ってきたら許さぬと。ボロボロではないか、バカ者。まったくだ。だから後でいくらでも怒鳴られてやるよ。あいつを倒した後でな。心配すんな、死にゃしねえよ。これでも俺ちょっとは強くなったつもりなんだぜ。白夜、あれは誰だ。無関係だ。少なくとも今 K の頭をよぎった男とはな。奴は何者でもない、ただの旅客だ。私が消す。それで終わりだ。この些細な争いの全てが終わる。随分と悠長に構えてるじゃねえか。あんだけルキアと喋ってても切りかかってこねえなんてよ。誰に向かって口を聞いている。私に貴様ごときの隙をつけというのか。大層な口を聞くな小僧。
大層な口を聞くなと言ったはずだ、小僧。消えた。シュンパだ。大層な口か。見えてるぜ、口木白夜。なるほど。どうやら思っていた以上に腕を上げたと見える。ならば貴様がその力にうぬぼれる前に見せておいてやろう。千年あがいても埋めようのない決定的な力の差というやつを。ダメだイチゴ、知れ。あれは貴様は夜市。夜市。誰ですか？知らない人だ。いや、聞き覚えのある名だ。確か仙台隠密機動総司令官および同第一分隊軽軍総括軍団長司法院夜市。久しく見ぬ顔だ。行方をくらませて104年。死んだものとばかり思っていたが。夜市さん、助けに来てくれたんだろ。サンキューな。でも悪い、どいててくれ。俺はそいつを倒さなきゃならねえんだ。倒す？お主が？あやつを？愚か者。何すんだ夜。薬かガテンか放天か、強力な麻酔系の何かを内臓に直接叩き込んだな。彼を治す気か夜市。浮竹。治させると思うか。させぬ。K はここから逃げることはできぬ。ほう、大層な口を聞くようになったの白野郎。お主が鬼ごとでわしに勝ったことが一度でもあったか？ならば試してみるか。その程度の春歩で逃れられると思ったか。その程度の春歩で捕らえられると思うたか？3日じゃ。3日でこやつをお主より強くする。それまで勝手じゃがしばしの休戦とさせてもらうぞ。追いたくば追ってくるがよい。春心夜市、まだまだお主らごときに捕まりはせぬ。逃げられてしまったな。おい、どこ行くんだ白夜。こいつらはもういいのか？興味が失せた。あとは好きにしろ。やれやれ、相変わらず勝手なやつだな。ルキアさん。白夜が消えて緊張の糸が切れたか。無理もない。さてと、まずは4番隊に連絡をしないとな。致命重傷者1名、上級救助班を出してもらうか。
それから朽木、すまないがもう一度牢に入ってもらう。ダメです。ルキアさんをまた牢になんて。安心してくれ。後で俺から上に掛け合って出してもらえるよう頼んでみるさ。なぜ僕たちを助けるのかか。はい。助けるとも、アイゼンをやった犯人がわからない以上、異分子である君らが犯人の情報を持っている可能性は高い。調査もなしには殺せないさ。それに何より、たとえ手段は悪くとも俺の部下を牢から救い出そうとしてくれた。そんな奴らを見殺しになんてできるもんか。そっちはどうだ。誰か旅館を見た者は。はい、あっち側には誰もいませんでした。そうか、王国ご苦労。ところでお前ら二人とも見ぬ顔だが、新入りか。はい、今期より入隊しました井上です。以後よろしくお願いします。石田です。よろしくお願いします。そうか、新入りなのに大変だな。突然こんなことになって。そうですね。では我々は見回りに行ってきます。これも立派な死神の仕事だ。しっかりやれよ。期待しているぞ。はい、頑張ります。それにしても死神に変装なんて大胆な作戦がこんなにうまくいくなんて。自分で考えた方法とはいえ、ここまですんなりいくとは。私って切れ者。そうだね。さてと、さっきの人たちから朽木さんのいる千載宮ってとこの情報は聞き出せたし、きっともうみんなそこに向かってるはずだよね。黒崎くんなんてきっともう無事でついてる頃だよね。そうか、それじゃ急がないとね。黒崎のやつが一人で突っ込んでヘマしないようにさっさと行って僕たちでフォローしなくちゃ。私たち何番隊所属ってことにしとく？もし聞かれた時に即答できるようにしといた方がいいよね。そうだな。そうか、それじゃあまだ椿は全開じゃないんだね。昨べも一応何時間か治療はしたんだけど、仲間同士のキスを治すのって思ったよりずっとコツがいるみたい。ごめんね、私役に立たなくって。何言ってんの。いいよ、井上さんは防御と回復ができるじゃないか。それで十分だよ。ありがとう。本当にこれで良かったと思う。これで井上さんが防御と回復のために後衛に回ってくれれば、彼女が敵に狙われる確率は低くなる。ここ数日行動を共にしてはっきり分かった。彼女は決定的に戦いに向いてない。彼女は目の前で誰かが傷つくのを何より嫌うんだ。たとえそれが敵であっても。そういう人は戦っちゃいけない。そういう戦いは自分も仲間も傷つけるだけだから。おい、おめえら何番隊だ。こんなとこで何してる。11番隊です。ほう、妙だな。俺も11番隊なんだがよ。戦闘専門の俺ら11番隊の中に残白刀も刺さずにうろうろする間抜けがいたとは初耳だぞ。
しまった。各隊ごとに特色があったのか。12番隊の大将だ。俺らのじゃねえ。知ってるわけはねえよな。何者だおめえら。くそ、まだ穏便に行きたかったが仕方ない。危なかったな、あんたたち。よりによって仲間を疑うなんてひどいやつだ。怪我はないかい？ありがとうございます。なに、同じ12番隊同士助け合うのは当たり前だろ。11番隊何かっつうと12番隊に絡んできやがってよ。くそ。慌ててりゃ刀忘れることぐらいあるっつうの。待て、よく考えろ。今の状況で僕たちを助けるのはおかしくないか。完全に11番隊の死神が正しかった。12番隊の服を着て11番隊を名乗った僕たちは明らかに異様だったはずだ。その僕たちをわざわざ助ける理由。あれまさか。井上さん、離れ。隊長、クロッチ隊長、話が違うじゃないですか。クロダメだよ。放られた爆弾は手元に戻ってくるもんじゃない。ありがとう。石田君が呼んでくれなかったら私。反応が間に合ってよかった。井上さんがいざという時のために言霊を削っても技を出せるように練習してたおかげだよ。他の人たちは？わからない。でも井上さんが心を痛める必要はないよ。心を痛めるべきなのはお前だ。ほう、こりゃ面白い術だね。その盾、その後ろの女の術なのかね。答える気はないね。いや、面白い。そんな術初めて見るよ。どうだね、女。私の下で研究材料として働く気はないかね。悪いようにはしないよ。私は女性には優しいんだよ。そうだ、最高級の待遇で迎えようじゃないかね。薬物投与は1日8回、機械実験も1日5時間までにしよう。食事も傾向で与えるし、睡眠時には衣服もやろう。改造だって死ぬようなものは極力控えるようにするよ。どうだね。早いな。ほう、クイーンシーか。希少種だな。生存個体を見るのは何年ぶりになるかな。だがね、悪いが私はもう君らの研究は終えたんだよ。もう君らには興味がないんだ。そこをのきたまえよ。研究は終えた？興味がない？どういう意味だ？お前何者だ？ほう、なんだ。リョカってやつは敵の調査もろくにしないまま本拠地に乗り込んでくるのかね。不用心なことだね。せめて頂点の13人ぐらいは頭に入れておくべきだと思うがね。12番隊隊長および技術開発局2代目局長黒土真由里。覚えなくていいよ。どうせすぐに何もわからなくなる。こいつ。井上さん、逃げるんだ。早く。奴の狙いは君だ。でもここは僕に任せて。君は黒崎を探してほしい。逃げてよしと言ったかね。追ってもいいと言ったか。やれやれ。君には興味がないんだがね。女は逃げてしまったようだね。まあいい。
あの辺りに髪の毛の一本でも落ちてればそれで十分追跡できる。ああ、早く捕まえてドロドロになるまで調べたいね。1分1秒も惜しいよ。化け物め。でも全く勝ち目がないというわけでもなさそうだ。確かにすごい冷圧だけど圧の強さには波がある。これなら井上さんが逃げ切るまで時間を稼いでから隙をついて逃げるくらいはできそうだ。後ろの副官であろう女性はさっきから動く気配がない。戦闘能力は低いのか。となるとまずはこっちからだ。なかなかいい動きをするじゃないかね。さっきのといい今のといい非連続だね。足元に作った霊視の流れに乗って高速移動するクインシーの高等歩行だ。違うかね。まさか君のような若者が習得してるとはね。いいね君、なかなか才能にあふれているようだね。暴れないでくれたまえ。捕らえる。お見事。そしてさようなら。逃げてよく来たかね。終わりだよ。お見事。そしてさようなら。行くぞ。だがそいつで逃げ回られると少々厄介だね。一応我々にも春歩という方法があるにはあるが、これはとても疲れるんだよ。私はこの後あの女を捕まえて研究しなくてはいけないんだ。忙しいんだよ、君と違ってね。だからここは一つ一番手間のかからない方法で君を殺すとするよ。吐き虫足そぎ地蔵。形状から能力が判断できない。なんだ能力はなんだ。もしこっちの攻撃を吸収するようなタイプのものだったらうかつに攻撃はできない。くそ、悩んでる暇はなしか。くそ、こっちが来たか。離せ、まさか嘘だろ。本当に彼女ごとあの人は仲間じゃないのか。なんで。バカが腕をちぎられても離すなと教えたはずだよ。申し訳ありません。まあいい。もともとお前に期待などしていないよ。それにここまで来ればあとは赤子をくびる程度の手間で済みそうだ。嘘だろ。こいつ本当に僕を切るために自分の部下を捨てやがった。すごい汗だね。痛いんだろう。よく叫び声も上げずに耐えているね。大した精神力だよ。刀で切られたのは初めてじゃないのかね。2度目だ。ほう、そりゃあ経験豊富でいいことだね。だが申し訳ありません、マユリ様。私にも保持剤を。お前は私をバカにしてるのかね。お前の体がその程度で
ダメになるというのかね。やめろ！何してるんだ！あんたたち仲間じゃないのか？その人は本当に死ぬぞ！君も私をバカにするのかね。この程度でこいつが死ぬと？私の作った体がこの程度の傷で機能しなくなるというのかね。バカにするのも大概にしたまえよ。待て、あんたが作った？そうだよ。こいつの名を教えてやろうか。黒土ネム。私の擬骸技術と擬根技術の粋を結集させて作り上げた私の娘だよ。気味の悪い正義感など振りかざさんでくれたまえ。他人の君が口を出すことじゃない。よせ！体が動かない。今頃気づいたのかね。切った対象物の四肢の動きを奪う、それがこの足そぎ地蔵の能力だよ。麻痺毒か。バカを言いたまえ。そんな陳腐な代物じゃない。四肢を動かすという脳の信号のみを切断する、そういう高尚な薬物を自己生成してるんだよ。麻痺じゃない。奪うのは四肢の動きのみ。つまり痛みは毛ほども消えないわけだよ。ほらほらほら、やれやれ。男の悲鳴など女のそれと比べると艶に欠けていかんね。聞くに耐えんよ。おいネム、お前がとどめを。おっとそうか。そういえばお前もこいつで切ったから動けないんだったか。クソ役立たずが。よせ。何？やめろと言ったんだ。しつこいね君も。それとも何かね。敵でも傷ついた者には情けをかけてやるのが君らの好きなクイーン氏の誇りってやつなのかね。何？好きなんだろ。だって君らはみんな死ぬ時までこのセリフを言い続けるじゃないかね。どういう意味だ？言ったろ。クインシーの研究は終了した。研究したんだよ。精神と肉体にあらゆる刺激を与え反応を調査しドロドロになるまで研究をね。そしたら研究している間中どいつもこいつも言うんだよ。クインシーの誇りにかけてもそれだけはできない。クインシーの誇りにかけてもそんなことはさせない。うるさいんだよ、どいつもこいつも。どうせこいつで一突きすればどんな抵抗の言葉も無意味なのにね。まあ待ちたまえ。ここからは私の苦労話だ。いや実際苦労したんだよ。私が技術開発局の局長になった時にはクインシーはすでに希少種でね、数少ない生き残りにも監視がついていたんだよ。その監視役の死神を手なずけてわざと救援を遅らせる。そうして連れ帰ったコンパクを研究体にするわけだよ。まったくえらい手間だと思わないかね。一番最近のやつは薄汚いじいさんでね、弟子だか孫だかの名前をずーっと呼んでるんだよ。気味が悪くてね。写真を見るかね。どうせ研究後の写真だから原型をとどめちゃいないがね。弟子の名は何と言ったかな。いかんね。どうも私は研究を終えた者に対する興味が。乱蒼天外。弟子の名を教えてやろうか。瓜生、石田瓜生だ。その人は石田宗賢。僕の師であり
実の祖父だった人だ。おお。で井上さんがいなくてよかった。この戦いは彼女にはとても見せられそうにない。クイーンシーを誇りにかけて僕はお前を殺す。おお。足そぎ自動で動かなくなった手足でなぜ立ち上がれたか知っているよ。これは乱走天外。無数の糸状に束ねた霊子を動かない箇所に接続し、傀儡のように強制的に動かすクインシーの最高戦闘霊術だ。私の研究した2661人の中にはその片鱗すら扱える者のいなかった失われた術と思っていたのだがね。それをあの若さで使う者がいるとは天才というやつか。いいね。どうやら私は君に興味が持てそうだよ。殺すのはやめだ。君は生かして連れ帰ろう。そしてあの女と共に研究隊になってもらうとするよ。幼少の頃クイーンシーを目指し先生のもとに通い詰めていた僕の行動を父さんはいつも否定した。死人を救うことに意味はない。それは死神の仕事だ。クイーンシーの血筋でありながらクイーンシーを嫌う父さんを僕は理解することができなかった。その時僕には見えていた。ホローもホローに襲われている大勢の人たちのことも父さんにだって見えているはずなのに、それなのになぜ。だから僕は強くなりたいと思った。強いクイーンシーになり多くの人々をホローから守ることができさえすれば、きっと父さんもクイーンシーのことを認めてくれるはず。僕の祖父にあたる先生はそんな父さんにも理解を示していた。先生は言っていた。守りたいものが違えばおのずと正義も違ってくるのだと。父さんの守りたいものが何なのかは僕には分からなかった。でも先生はいずれ分かる時が来るという。またその時には僕自身が本当に守りたいものが何なのかも分かると。そして先生はある道具を僕に託してくれた。それが三霊手刀。これをつけて7日7番鍛錬すれば限りなくクイーンシーの極みへ近づくことができるという。ただし一度つけたら二度と外すことは許されない曰く付きの代物だった。なぜならもし外してしまったらその時はクイーンシーの力を全て失う。ごめんなさい先生。僕はまだ父さんの気持ちなんてわからないし、自分の本当に守りたいものもきっと分かってなんかいない。だけど許してはいけないものだけは分かっているつもりです。ごめんなさい先生。僕はもう一度だけあなたに背きます。なんだねその姿は。なんだねその霊圧は。そんなもの知らんよ。
そんなもの。心の準備はできてるかい？周囲の構造物を吸収している。このソウルソサイティの構造物は全て霊視。霊視を拘束し結論を否定し強制的に自らの力とする。これはもはや霊視の収束などではない。これはいわば霊視の霊族。人間に許された力の領域を超えているよ小僧。今だ、一撃で決める。まだまだここからだ。よく見ると肩透かしだな。よく見ると次の攻撃に全てをかけるよ。これ以上長引かせるわけにはいかない。さあ、これで終わりだ。よく見ると泣いては見ろ。さあこれはどうか。ここまで来ればあとは赤子をくびる程度の手間で済みそうだ。まさか一撃で決める。次の攻撃に全てをかけるよ。どうした？泣いては見ろ。一撃で決める。泣いては見ろ。よく見ると一気に行くぞ。遅すぎる。終わらせる。次の攻撃に全てをかけるよ。これ以上長引かせるわけにはいかない。さあ、これで終わりだ。液体にする能力。自分が逃げるために手元にそんな能力を残していたのか。惜しかったねクイーン氏。今の私はどんな攻撃もできない代わりにどんな攻撃も受け付けない。数日はこの姿から戻ることはできないが、その間に局に帰り傷を癒す。さようならクイーン氏。多少面倒なことにはなったが、私は生き、君は死ぬ。その結末は変わらんのだよ。くそ、毒が回ってきてる。このままじゃ。クイーン氏さん、私の左腕の副肝章の裏に解毒剤があります。横になったままの方が楽ですか？いえ、これで。君が先に。いえ、私は大丈夫。私の血は真由里様と同じものです。私は
この毒では死にません。罠かもしれないとお思いですか。でしたらどうぞ先に私の口にお入れください。飲んで差し上げます。いや、ほっといても死ぬ人間をわざわざ罠にかける意味がない。ありがとうございます。あなたは頭を狙えばマイリ様を殺せた。でもそうしませんでしたね。偶然です。僕はあいつを殺すつもりで撃った。マイリ様を殺さないでくれてありがとうございました。解毒剤はそのせめてものお礼です。わからないな。あんな親でもいた方がいいんですか。わかりません。でも生きているのが分かった時少し安心したから。さあ言ってください。さっきのアシソニ地蔵を見てじき大使たちがやってきます。私なら大丈夫。大使たちが助けてくれます。行きます。薬どうもありがとう。さようなら。くそ、足が重い。腕も上がらなくなってきてる。乱装天外が消えかけているんだ。いよいよ僕のクインシーとしての時間も終わりが近いということか。だがどうにかこの潜在級には到達できた。黒崎、井上さん、佐藤君、陽一さん、ガンチュ君、みんなちゃんとこっちへ向かってるだろうか。いや、今はまだでも、いずれ必ずみんなここへ来る。みんなと合流するためにはここで待つしかない。そうだ、もし僕が一番乗りだったら僕の手で朽木さんを助け出してやろう。黒崎のやつは自分で助けたいだろうからな。そうなったら悔しがるだろうな。恨みはない。だが平和のためには消すもやむなし。泣け鈴虫。許せ涼香。無意味な戦いのこれが結末だ。眠れ。君たちの戦いはじき終わる。どうしてだよ。どうして俺だけ連れ帰ったんだ。あそこに残されて生き残れる可能性が一番高いのは俺だ。これじゃガンチも花太郎もルキアもみんな殺されちまう。うぬぼれるな。お主とて可能性はない。あそこにおった誰一人白夜を相手に生き残れる者なぞおらぬ。てめえ騒ぐな。せっかく閉じた傷口をまた開ける気か。確実に白夜から逃げ切るためには一人抱えて逃げるのが限界じゃった。それならどうしてルキアじゃなくて俺を。あの時あそこにおった者の中で白夜を倒せる可能性のある者なぞ皆無じゃった。じゃが3日あればお主だけはその可能性が見える。そう思うたからわしはお主を連れ帰った。あそこには
白夜の他に浮竹もおった。奴はルキア直属の上官で義理がたい男じゃ。部下を助けに来たガンジュとあの小僧を殺すことなぞ考えられぬ。じゃからイチゴ案ずるな。お主はここで強くなれ。今のままでは白夜に勝てぬ。じゃが3日で勝てるよう鍛え上げてやる。そしてもう一度お主の手で今度は皆をまとめて助け出せ。最初に聞いておくが、お主その残月が常時開放型の残白刀だということは気づいておるか？そうなのか。常時開放型っていうとケンパチみたいな。どうも他の連中と形が違いすぎるからおかしいとは思ってたんだ。名前呼んでも変形しねえし。やはり気づいとらんかったか。ではその残月がもう一段階解放できるということも知らぬな。残月に限らず全ての残白刀は実は2段階の解放が可能なんじゃ。1つ目の解放を視界、2つ目の解放を挽回という。この2つの解放ができることが隊長になるための必須条件の一つとされておる。必須？そうじゃ。つまり隊長格はただ一人の例外を除いて全員がこの挽回を習得しておるというわけじゃ。例外？ザラキケンパチじゃ。長いソウルソサイティの歴史の中でも挽回ができぬどころか自身の残白刀の名も知らぬまま隊長位につくことができたのは奴ぐらいじゃ。それほど奴の戦闘能力とそれに対する執着は5艇13隊にとって大きかったのじゃろう。それは戦ったお主が一番よく分かっておるはずじゃ。視界状態と挽回状態での同じ残白刀の戦闘能力の差は個人の資質と鍛錬の度合いにもよるが一般的に5倍から10倍と考えている。10倍？驚異的な上昇率じゃろ。じゃがそれゆえに視界から挽回に至るには最あるものでも10年を優に超える鍛錬が必要となる。ちょっと待ってくれよ。そんな時間は。無論分かっておる。10年20年とかかるのはあくまでまともに修行を重ねた場合の話。かなりの危険がつきまとうがお主には全く別のやり方で3日で挽回を習得してもらう。なんだその妙な人形は。変身体、隠密機動の最重要特殊霊具の一つじゃ。残白刀の本体を強制的に転写して具象化することができる。よくわかんねえな。それが挽回の修行にいるのか？無論じゃ。視界に必要なのは残白刀との対話と同調。対して挽回に必要なのは残白刀の具象化と屈服。具象化とは対話の際こちらが残白刀側の世界に行くのではなく残白刀を我々の世界へと呼び出すことを指す。通常ここにたどり着くまでに10年以上の鍛錬が必要じゃ。じゃがお主は相打ちとはいえザラキケンパチと対等に戦った。潜在的にはすでに具象化かそれと同等のレベルに達しておるとわしは見る。覚えがあるようじゃの。残月をこいつに刺せばその具象化の状態に強制的に持っていける。ただしこの方法で具象化できるのは1回きり。期限は3日。その間に何としても具象化した残月を打ち倒して屈服状態にしろ。それができなければ。できなかった時のことは聞かねえ。それしか方法がねえんならやるしかねえだろ。どうやら随分回復したようだな、イチゴ。おっさん。
なんだこりゃ。この中に一本だけ本物の私がある。私を倒すことができるのはその一本だけだ。私を屈服状態にさせたくば、私に殺される前にそいつを見つけ出せ。そして私を切り伏せてみせろ。敵から目を離すな。52本目だ。くそ、もうちょいだったのによ。今までの残月の強度に頼った力任せの戦い方とは明らかに違ってきておる。吸収しておるのか。恐るべき速さで、恐るべきレベルで。裏腹、お主の言う通りじゃ。こやつは本当に。そろそろ限界か。まだだ。え？刀を置け、イチゴ。1日目終了じゃ。まさかこんな地下に温泉が湧いてるなんてな。てかなんだこの温泉。すげえ勢いで傷が治っていくじゃねえか。痛みも引いてくし、すげえぞマジで。どうじゃ湯加減は。よろしさ。ああ、オッケー。いい感じだぜ。なあ、ずっと思ってたんだけど、ここってあそこに似てるよな。裏原商店の地下の勉強部屋。まあそうじゃろうな。あそこはここを真似て作られたものじゃからの。そうなのか。ああ、ここはもともとわしとキスケが幼い頃、秘密の遊び場として双極の丘の地下深くに2人でこっそり掘って作った場所じゃ。こっそりって、こんなバカでかい空間をこっそり。キスケのやつは昔からこっそり悪さをすることだけは病的にうまかったからの。古い話じゃ。幼い頃は2人毎日のようにここで遊び、やつが13体、わしが隠密軌道に入ってからはここでお互いを高め合った。そしてちょっと待ってくれ、頼一さん。13体ってあいつやっぱり死神だったのか。あ、キスケのことか。そうだよ、おかしいとは思ってたんだ。ソウルソサイティにやたら詳しいし、残白刀は持ってるし。こっちの連中の中には名前聞いただけで顔色が変わったやつもいた。教えてくれ、頼一さん。あいつ何者なんだ。あいつめ、まだ話しとらんかったのか。まったくしょうのない。いいじゃろ、ここまで来て教えぬわけにもいくまい。奴は仙台五帝13隊12番隊隊長、そして技術開発局創設者にして初代局長を務めた男じゃ。行くぜザビマル。アイゼン隊長。ああ、僕は雛森さんに刀を向けてしまった。最低だ、最低だ。僕は最低だ。誰だ。いやー、ひどいなこれ。見てられんわ。10隊長。やつれたな、かわいそうに。
助けてほしいやろ。ついておいで、いずる。囚われた朽木ルキアを救うため、黒崎一護はさまざまな周囲の協力を得ながらソウルソサイティの中枢部である精霊帝への侵入を果たした。しかし仲間たちは強敵たちとの戦いを経て成長を遂げたものの、ルキア奪還の道のりは遠く、石田瓜生や佐渡安虎は道半ばで意識を失ってしまう。そんな中、精霊帝に後帝13隊5番隊隊長愛禅宗介演習の急報が入る。一護たちの侵入に乗じた精霊帝の混乱はソウルソサイティ全体を巻き込み、大きく不気味に発展していく。一護たちに狙いを定める者、一護との出会いや戦いを経て考えを改めた者、他者へ疑いの目を向ける者、後帝13体の各隊長の中にもさまざまな思惑が渦巻き、交差し加速していく。死神たちに捕らえられた石田、佐渡、鑑樹は牢にて黒崎一護を信じ、静かに私服を決意する。一方一護は夜討ちとの修行によって死神の境地挽回へと至る道を急ぐのだった。夜が明ける。残り2日か。イチゴは確かに凄まじい速さで成長しておる。波の死神と比べればにわかには信じがたいほどの勢いじゃ。じゃがそれはあくまで戦闘技術の話。霊力自体はそれほど上昇してはおらぬ。こんな調子で本当にあと2日で挽回にたどり着けるのか。修行の日数を引き延ばすか。精霊帝に入ってからわしの集めた情報では、ルキアの処刑猶予期間が5日ほど縮められて25日間だったらしい。つまりこの3日の修行を終えてもまだ8日ほどの余裕があるということ。時間的には修行を延ばすことも十分可能。じゃがどうする。3日間というのはこの方法でキスケが挽回に至るまでにかかった日数、それと同時に奴自身がこれ以上は危険と判断した日数でもある。修行の日数を引き延ばしてイチゴの魂魄がそれに耐えられる保証はない。もう1日様子を見よう。それでも奴の力に変化がなければ賭けに出るしかない。朽木ルキア様の処刑の日取りが再度変更となりました。刑の執行は明日です。処刑は明日か。そうだ、明日処刑の前にイチゴたち全員を無事現世に返してくれるよう請うてみよう。朽木家の罪人だ。そのくらいのわがままは通るかもしれぬ。処刑は明日、そう聞かされて驚きはしたが不思議と悲しくはなかった。それはきっと昨日見た夢のせいなのだろう。決して忘れることのないあの夜の
夢のせいなのだろう。殿、海援殿、海援殿、海援殿。これは私が死神になったばかりの頃の遠い日々の記憶。朽木家の養子となり特別待遇扱いで御帝13隊に入隊した私は、13番隊に配属直後、他の隊士から距離を置かれるようになってしまっていた。そんな私に居場所を与えてくれたのが13番隊副隊長であり、私の直属の上官である芝海援殿だった。凡庸な挨拶、凡庸な土星、凡庸な部下と上官の関係。しかしその凡庸さは紛れもなく私の求めていたものであり、私にとって海援殿の隣は居心地の良いものだった。しかしその凡庸で心地よかった生活は、ある事件によって突如終わりを告げる。事件の発端はホローの偵察任務に当たっていた海援殿の妻宮子殿が敵ホローによって絶命したという秘宝からだった。海援殿は妻を殺した未知のホローの討伐隊に志願。浮竹隊長と私も同行し、その謎のホローの住処へと向かった。隊長、俺一人で行かせてください。なぜその時私は阻めなかったのだろう。彼の行く手を命を懸けて、相手は能力もわからない未知の敵で、一人で立ち向かうなど最初から危険極まりない戦いだったのだ。しかし浮竹隊長は海援殿を止めず、助太刀もしなかった。いいか、よく覚えておけ。戦いには2つあり、我々は戦いの中に身を置く限り常にそれを見極め続けなければならない。命を守るための戦いと誇りを守るための戦いと。しかし海援殿。なんじゃ、わしを呼んだか小娘。私の呼びかけに振り向いた海援殿は、もはや私の知っている海援殿ではなかった。ホローは自身の霊体を相手の霊体と融合させ、その体を乗っ取る異能の持ち主だったのだ。逃げろ、朽木。早くしろ。死にたいのか。浮竹隊長の声に私はその場を逃げ出した。どうしてだ、どうしてこんなことに。海援殿。しかし気がつくと私は元の場所に戻ってきていた。無論策などなかった。ただあのまま一人で逃げてはいけないと思ったのだ。戻って海援殿を助けなければと。殺せ。そいつはもう海援じゃないんだ。そこからの記憶はあまり鮮明ではない。気がつくと私の残白刀に胸を貫かれた海援殿が私の肩にもたれかかっていた。隊長、ありがとうございました。俺を戦わせてくれて。朽木、俺のわがままに付き合わせてひでえ目に遭わせちまったな。悪い、きつかったろう。ありがとな。おかげで心はここに置いていける。違う、私は礼を言われるようなことは何一つしていない。逃げ出したのはあなたと戦うのが恐ろしかったからだ。戻ってきたのは一人助かろうと逃げる自分が恐ろしくなったからだ。あなたに刃を突き立てたのは苦しむあなたを見ていることに耐えられなかったからだ。私が救ったのは私自身だ。醜い。私に救われる価値などありはしない。血を流してまで救う価値など
あってはならない。白夜、大変だ。朽木の処刑が。聞いている。今しがた私のところへも地獄長が来た。だがそれが何だというのだ。何だと？処刑は明日。それが決定ならば私はそれに従うだけだ。つまらぬ話で呼び止めるな。失礼する。お前、ふざけるのも大概にしろよ。いつまでそんなことを言ってるつもりだ。明日なんだぞ、本当に。明日の正午にはお前の妹は本当に流行るな。命を縮めるぞ、浮竹。K は一度部下を見殺しにしているではないか。二度も三度も大差はなかろう。ともかくあれは私の家のものだ。たとえ死のうと殺されようと K の知ったところではない。くれぐれも軽挙は慎んでもらおう。お前ならこんな時どうしただろうか。白夜のやつに飛びかかって蹴りの一つでも入れてやったか。一隊長が騒いだところで中央の決定が覆るわけもない。それを知っていてもなお朽木を救うために駆け回っただろうか。いや、お前はきっとどちらも選びはしない。お前が選ぶのはいつも自らが最も危険にさらされる道なのだから。そうだろう、海援。間違いねえ。あいつの冷圧だ。急激な進歩はないが順調に成長はしておるようじゃな。しかし先ほどから感じるこの胸騒ぎは何じゃ。何かが、不吉な何かがこの場所に近づく気配がする。こんなところに潜って何やってんのかと思ったら、そいつはてめえの残白刀の本体か。隠れてこそこそ挽回の修行か。面白そうなことやってんじゃねえか。俺も混ぜろよ。レンジ。なんでてめえがこんなところに。そう言いたげな面してるな。何、大した理由じゃねえ。ちょっと時間がなくなっちまってな。俺も少し集中して鍛錬する場所が欲しかっただけだ。時間がなくなった？どういう意味だよ。そうだな。てめえには教えといてやる。ルキアの処刑時刻が変更になった。なんだと？新しい処刑時刻は明日の正午だ。癪な話だが、今の俺の力じゃルキアを助けるには少しばかり足りねえ。だからここへ来た。安心しろよ。何もてめえの修行を邪魔しようってわけじゃねえ。俺も具象化までは習得済みだ。挽回まではあとわずか。こっちはこっちで好きにやらせてもらうぜ。明日じゃと？それではとても挽回なぞ。そんなんでいいのかよ、夜市さん。この修行あんたから誘ったんじゃねえのかよ。だったらあんたから諦めてんじゃねえよ。じゃがイチゴ、もし明日までに挽回が完成せねば。言ったろ、
できなかった時のことは聞かねえ。期限が明日になったってんなら今日中に片付けりゃいいだけの話だ。バリーナ、てめえを切るぜ。忘れるな、その感覚を。目を離すな。やるな。大したか、敵を見据えろ。目を離すな。今のはやばかったぜ。やるじゃねえか。気を抜くな。今のはやばかったぜ。余裕だぜ。バリーナ、てめえを切るぜ。成長したな。じゃあ俺は行くぜ。ああ。夜市さんよ、あいつは本当に大丈夫なの？案ずるな。誰も案じちゃいねえよ。勘違いすんなよ。死なねえかどうかを聞いてんじゃねえぞ。修行もあそこまで進みはしたが、本当に挽回までたどり着けんのかって聞いてんだよ。行くぞ一号、もう一度だ。言っておくが、刻限が迫っているからといって手を抜いてやるつもりはないぞ。当たり前だ、そんなもん。こっちも抜かせるつもりはねえよ。レンジ、お主、自分が初めて立って歩いた時のことを覚えておるか？え？覚えてるわけねえだろ、そんなもん。覚えておらぬということは意識しておらぬということじゃ。人は皆生まれながらに立ち上がることを知っておる。鳥は皆飛ぶこと、魚は泳ぐということを知っておる。それは本能というやつじゃ。本能で知っておるからこそ皆迷いなくその力を手にしようとする。奴のイチゴの迷いのなさはその本能を思わせるのじゃ。奴はおそらく本能的に分かっておるのじゃろう。自分がその力を持っておることを。じゃからわしは信じる。奴が挽回に至るものじゃということを。朽木隊長、お時間でございます。総局へ出立のご用意を。分かった。行ってくる、久名。処刑まで残り5時間。せやさんたちは男一匹今手伝いもん
弁慶またいで爆撃されました。この上は腹かさばいて。構わぬ。用意なら万端整っておる。わしを動かすのは全て源流祭殿への恩義のみ。この姿ゆえ皆に疎まれ、はぐれ者だったわしを拾ってくれた。あの方の第四にわしは前例をもって答えるのみ。迷いはない。あの方が是と言えば死すらも是である。貴公はどうだ当然。無論僕はいつもと変わらない。このめしいた目に映るのは常に最も血に染まぬ道だけだ。君と歩む道は同じだと信じているよ、駒村。ああ、めんどくせえめんどくせえ。領下侵入だの殺害事件だのだけでもめんどくせえのに、処刑まで正しいだの正しくねえだの議論ふっかけ合ってる連中までいやがる。上の決定なんだから議論なんか意味ねえよ。バカかっつうのねえ隊長。くだらぬ。是非も善悪も興味はない。私にあるのは五帝13体隊長としての使命と矜持のみ。それを妨げる者は全て敵だ。敵は全て殺す。それだけだ。忘れるな。私の道を妨げれば貴様とて敵だ。大前だ。あ、隊長、こんなところにいらっしゃったんですか。寝てないで早く出立のご用意をなさってください。七尾ちゃん、僕どうしたらいいかな。なぜ私に聞かれるのですか。どうせ私が何を言ってもご自分のお好きにしかなさらないくせに。ご心配なく。私はせいぜい面倒に巻き込まれないように数歩下がってついていかせていただきますから。参ったね。それじゃあまた僕だけ山爺に叱られちゃうじゃないか。で、次はどっちの方角だ、女。多分あっちだよ。ケイちゃんもこっちだと思うもんね。織姫ちゃんに任せた方がいいんじゃないっすか。副隊長、探査能力に関しちゃ無能もいいとこなんだし。うるさいな。副隊長に失礼だよ。あっさり一チに負けたくせに。ほら、抑えて抑えて。っていうか今のは君の言い方も悪いよ。びっくりだな。まさかこんなことになるなんて。石田君、大丈夫かな。今の私にできることは防御と回復だけ。朽木さんのいる千載宮って場所に向かえばきっと黒崎君たちも。見つけた、イッチ。ってありゃ、なんだ、イッチじゃないや。どうしよう。この子も死神だよね。おかしいな。確かにイッチの匂いがしたんだけどな。イッチ？そう、旅館のイッチ。イッチの仲間なんでしょ。イッチって黒崎くんのことだよね。どうしてこの子黒崎くんのことを。ねえねえ、ひょっとして迷子なの？迷子？迷子といえば迷子。
なのかな。大丈夫大丈夫。イッチーはケンちゃんの友達だから。友達の友達はみんな友達じゃん。友達？いいからこっちついてきて。私たちもイッチー探ししてるから。ちょっと待って。美しい。で結局どうなんだ織姫ちゃんよ。イチゴの野郎は生きてんのか？いや、そこまではちょっとわかんないです。くだらねえこと聞くな一角。生きてるさ。俺にはわかる。奴は生きてまだ強くなろうとしてやがる。面白え。手貸すぜ女。てめえと一緒に動いてりゃじきにイチゴに会えそうだ。死神だって言うからちょっと不安だったけど。めんどくせえ。とりあえず俺の勘で行くぞ。最初は怖い人たちかと思ったけど優しい人たちでよかった。これならきっと。どこだここは。僕は生きてるのか？どうして？おう、目覚めたか？ガンジュ君生きてたのか。よかった。それにしてもどうして僕ら怪我を手当てされてるんだ？ソウルソサエティ側に侵入者の僕らを治療する必要なんてないはずなのに。状況が変わったんだ。佐藤君、君も無事だったのか？看守たちの話を聞いていて分かったんだが、精霊邸内で隊長が一人暗殺されたらしい。犯人は不明。俺たちはその最重要参考人というわけだ。取り調べのために生かされたってことか。とにかくだ。俺たちは生き残りはしたが牢に入れられ、冷圧は封じられ、状況は最悪だ。だが一つだけ確実なのは、敵さんがこっちを殺す気がない以上、他の連中も必ず生きてるってことだ。俺たちがこうして捕まっているということは、戦闘に向かない井上もすでにどこかで捕まっていると見た方がいい。残るは夜市さんとイチゴだ。俺はイチゴを待つ。イチゴは必ずここへ来る。待とう、イチゴ。なんだ、どうした？何か聞こえないか？そういや、なんか確実にこれこっちに近づいてきてねえか？ゴラセン、ゴラセン！あ、止ま。なんだなんだこれは！ここか？てめえはザラギケンパチ11番隊隊長！なんだ、また外れか。今度こそイッチーだと思ったのに。石田君、佐渡君、ガンジュ君、みんな無事だったんだね。よかった。井上さん？おおやっと外に出られたぜ。井上さんに感謝しないとね。ああ、ありがとう井上。いや、私は何にも。ギャーギャーうるせえ。いいからさっさと行くぞ。よ
待っとけよイチゴ。んでもう何十回目っすかね、行き止まりにぶち当たるのは。ねえ副隊長殿。うるさいな。絶対こっちだと思ったんだもん。落ち着いて。道案内なんて運みたいなものだし、喧嘩なんかしてる場合じゃ。隊長。ああ、こそこそしやがってみっともねえ連中だ。出てこいよ。冷圧消して隠れるなんざ隊長格のすることじゃねえだろうが。随分な口の利きようだな。自分が何をしているか分かっているのか。旅館を連れてどこへ逃げる。敗れて誇りまで失ったか、ザラキ。駒村隊長、当選隊長、岩さん、久木。隊長格が4人だが、数ではまだこっちが有利だ。わめくな。誰がてめえらに戦わせてやるなんて言ったよ。4対1か。試し切りにはちっと物足んねえがな。4対1だと。わしら4人を貴公1人で相手にするというのか。貴公の腕は知っている。だがそれは少々おごりが過ぎよう、ザラキケンパチ。ごちゃごちゃうるせえな。さっさとかかってこいよ。なるべく4人いっぺんの方がいいぜ。四方囲んで一気に襲えば誰か1人ぐらい俺を切れるかもな。ケンちゃん、私たちさっきの1位探しの続きやってるね。ケンちゃんも早く来てね。ああ、すぐ行く。ヤチルちゃん、待って、ヤチルちゃん。本当にこれでよかったの？ザラキさん一人置いてきちゃって。当たり前じゃん。相手が誰でもケンちゃんが負けるわけないもん。ヤチルちゃん。すぐ行くか。挑発のつもりか、それとも本気で言っているのか。どちらにしても君はどうやら誇りだけでなく正気まで失ってしまったようだな、ザラキ。正気かよ。あいにくそんな面倒なもんは花から持ってた覚えはねえな。隊長、ここは。まずは俺たちに行かせてください。バカな。4人まとめて来いって言ってんだろうが。やっぱりそうきたが。なめやがって。そうなるとこちらも。俺らが行くしかないっすよね、隊長。待て、お前らなんで連中と一緒に行ってねえんだ。おい、よく聞け。てめえら副隊長ごときがうちの隊長に相手してもらえると思うなよ。てめえらの相手なんか俺らで十分だこらね、隊長。要するにてめえらもやりてえわけか。しょうがねえな。譲ってやるからよそでやれよ。俺の邪魔しやがったらてめえらから切るぜ。了解。やれやれ、譲るじゃの譲らんじゃの、相手するじゃのせんじゃのと、ちーとみんなにこったらえな口聞くようになったの一角。うちじゃ副隊長になれねえからってよその誘いに乗った腰抜けに口の利き方うんぬんされる筋はねえよ、岩さん。一角。話は後だ。場所を移すぜ。おら隊長に切られんのだけはごめんなんでね。同感だよ。こっちも移すけど構わないね。好きにしろ。どこでも同じだ。やれやれ、やっと落ち着いてやれるぜ。数は半分になっちまったが
可愛い部下の頼みとあっちゃ隊長の俺は我慢するしかねえ。まあこれでも寝起きの運動ぐらいにはなるだろうぜ。まだ言うか。だから気候はおごりが過ぎると言っておるのだったらき。天圧だけで地面を割るか。やるじゃねえか。参る。終わりだ。いかにザラキケンパチといえど、これでは影も残るまい。なんだ、終わりか。やれやれ、宣言撤回だ。これじゃ眠気も払えやしねえ。とっとと切ってしまいにするぜ。話になんねえな。この程度でよく平気で体調ずらしてられんな。立てよ、まだ死んじゃいねえだろう。死ぬなら隊長らしく俺に挽回の一つでも見せてから死ねえ。うぬぼれるな。気候のような裏切り者に挽回など。待て駒村、私がやろう。後帝13体の隊長の座につく方法は3つある。1つ目は総隊長を含む隊長3名以上の立ち会いのもと行われる隊首試験に合格すること。2つ目は隊長6名以上の推薦を受け、残る7名のうち3名以上にそれを承認されること。そして3つ目が隊員200名以上の立ち会いのもと、現行の隊長を一騎打ちで倒すことだ。知ってるぜ。それがなんだ。私はザラキケンパチ。お前が11番隊の前隊長を殺して隊長の座についた時から、確信にも似た強い不安を感じていた。この男は魔物だ。暴力を食らい血をすする我々とは違う存在だ。ここにいさせてはいけない。この男はいずれ必ず我々の平和を破滅させる。そして事実お前は今旅家を助け我々と敵対し、この精霊体をさらなる混乱に陥れようとしている。おそらくはお前自身がたださらなる戦いを欲するがゆえに。違うかザラキ。ごちゃごちゃうるせえよ。要はてめえが正義の味方だって言いてえだけだろ。回りくどい野郎だぜ。そんなに俺が気に食わねえならとっとと挽回して切りかかってくりゃいいだろうが。違う、気に食わぬなどと言っているのではない。許しがたいと言っているのだ。我らの築いた平和を乱すお前の原稿その全てが。挽回、鈴虫追式、閻魔コオロギ。平和のためには消すもやむなし。これが私の挽回。この空間全てが私の挽回だ。なんだこいつは。何も見えねえ。何も聞こえねえ。この閻魔コオロギは
中にいる者全て冷圧知覚と視覚聴覚嗅覚を奪い無名の地獄を作り出す。地獄から逃れられるのはただ一人、この鈴虫本体を握る者だけだ。感覚を潰す挽回か。面倒なこったな。潰されたのは冷圧知覚と目と耳、おっと鼻もか。こそこそしやがって。残ってる触覚を使っても決定打にはならねえ。くそ、もっと気分よく切り合いさせろってんだ。待てよ、あるじゃねえか。楽に奴の位置を知る方法。また笑っている。ここまで来てもまだ戦いを楽しむか。危険だザラキケンパチ。やはりお前は生かしておくには危険すぎる。かわさなかった。いや、かわせなかったのか。殺し合いを楽しむなどという歪んだ心が一瞬の油断を生んだのだ。よう、久しぶりだな。バカな。目が見えるようになったな。耳も。てめえを掴んでるから見えてんのか、それともてめえの剣に触れてるから見えてんのか。まあどっちでもいいがな。俺、次来いよ。コツは掴んだ。次は体を貫通する前にてめえの腕を掴めるぜ。なぜだ。奴は今目も耳も鼻も使えない。冷圧すらも感じ取れない。なのになぜかわされる。攻撃をかわした後の斬撃も徐々に正確さを増してきている。奴は本当に魔物か。まだだ。私は制する力を手に入れたきゃ剣を取って敵を切れ。お前なのに半歩をがっかりさせんな。切らせてやるよ。この程度です。本気で来い。下だ。置いてろ。急所できてるならね。耐えろ。見せろ。置いてろ。ノルマが。これでしまいか。それよ。本気で来い。下だ。制する力を手に入れたきゃ剣を取って敵を切れ。それを忘ることなかれ。耐えろよ。この気ががっかりさせんな。制する力を手に入れたきゃ切り捨ててこい。今までこいつに食わせてた分をお前などに。くそ、負けるわけにはいかないんだ。私はお前なのに負けるわけには。まだだ。まだ終わらない。お前などに負けるわけには。やめだ。
飽きた。半死人の相手なんかやってられるか。俺は行くぜ。死んだらつまんねえぞ。何しろ死んだらもう誰も切れなくなっちまうんだからな。止める。私の正義の全てをかけてお前を止めなければならないのだ。くだらねえ。そんなに死にたきゃそうしろ。駒村、もういい。貴公の思いはこの男には通じぬ。もうやめろ。駒村、私を。分かっておる。何も言うな。こいつは驚いたな。そういう面だったのか。その面の下は。当選隊長の閻魔コオロギじゃねえか。挽回を出さなきゃならねえほど苦戦してんのか。それともただ無益な剣を振るいたくねえだけか。どっちにしろ俺も向かった方が良さそうだろ。待ちなよ。まだ僕は負けてないだろう。ふざけてんじゃねえ。てめえの負けだ。おあいにく11番隊では負けるってことは死ぬことなのさ。9番隊とは違うな。天と地ほどもね。だからこうして喧嘩してる。だったらなおさらだ。剣を引け。どうあがいても五関は副隊長に勝てねえし、それに戦い好きの11番隊なら喧嘩ごときで死ぬのは本望じゃねえだ。分かってないな。僕ら11番隊はね、どうせ死ぬなら派手に喧嘩で、そういう連中の集まりなのさ。内緒の話を教えようか。僕が五関にいるのはね、単に4の字を美しく思わないからさ。なんだと。本当は3の字が一番美しいと思うんだけど、あれは一画のものだからね。だから3の字に一番似ている5の字を背負うことにしたのさ。それからもう一つ、11番隊はどつき合いに命かけてる連中ばかりだからさ。直接攻撃系じゃなく機動系の残白刀はかっこ悪いってバカにされるのさ。さあここからが内緒の話。僕の残白刀の本当の能力は何でしょうか。一角や隊長には特に内緒だよ。僕嫌われるの嫌だからさ。てめえ。あまり驚いておるようには見えぬな。まあ外見は戦いに関係ねえからな。問題は獣の姿をしたてめえがちゃんと獣じみて強えかどうか、それだけだ。表面的な強さにとらわれ敵の力の深きを見極められぬのが貴公の欠点だ、ザラキ。わしは当選のように優しくはないぞ。挽回。極上天元妙。ほう。さあ始めるぞ、ザラキケンパチ。貴公の好きな殺し合いだ。殺し合いか。
いいじゃねえか。そういうことなら遠慮なく行くぜ。死んだら化けてもう一回殺しに来い。これはああ、どうやら始まったみてえだな。俺は恐れていたんだ。追いかけるふりをしながら、牙を研ぐふりをしながら、本当はあんたの影を踏むことさえただ恐れていただけなんだ。おやめください、副隊長殿。剣をお引きください。副隊長だな。どうしたこんな。もう少しだ。もう少しでてめえを助け出してやれる。絶対にてめえを死刑にはさせねえ。ルキア。このやつは朽木隊長。どこへ行くレンジ？ルキアを助けに行きます。ならぬ。行きます。どうあっても通してはもらえませんか。二度は言わぬ。13体に入るそのずっと前から俺が超えたいと願い続けたのは朽木隊長、あんた一人だけなんだ。超えさせてもらうぜ朽木隊長。宮田挽回。ヒヒオザビマル。貴様、いつの間に挽回など。わからねえさ。あんたみたいに足元を見ねえ人にはな。もう一度言うぜ。俺はルキアを助けに行く。二度は言わぬと言ったはずだ。どうしても通してもらえねえなら俺はあんたを切っていくぜ。素直に剣を引けばよいものを、まだ私を倒せる気でいるというわけか。まさか貴様、失念しているわけではあるまいな。私にも
挽回があるということを。挽回、散れ千本桜影吉。私と貴様で何が違うのか教えてやろうか。格だ。炎光即月。獣の目に映るのは所詮水に映った月までだ。それを取ろうとあがいてもただ水底に沈むのみ。貴様の牙は私に届くことはない。永遠にな。足元より立ち上る千本の刃。その千本の刃が散ることによって生まれる無数の刃はもはやその数を知ることさえかなわぬ。軌道を読むことはできぬ。かわすことなどなおできぬ。風を見送るがごとく全てはただ立ち尽くし塵にキスのみ。褒めてやろう。私の挽回を受けてまだ息があるというところまではな。だが次に動けば容赦せぬ。貴様も分かっているだろう。挽回は消えた。意志に反する挽回の消滅は持ち主の死期が近いことを意味する。貴様はじきに生き絶える。立ち上がるならば私が殺す。今一度問おう。それでもなお貴様はルキアを救うなどとざれ言を言うか。息ができねえ。冷圧で灰になっちまいそうだ。もう指一本も動かせねえ。ダメだ。遠すぎたんだ。やっぱり俺はこの人には勝てねえ。まだ立ち上がるのか、イチゴ。当たり前だろ。何？誓ったんだよ。絶対に助けるってな。誓いだと誰にだ？誰でもねえよ。ただ俺の魂にだ。見事だ。貴様の牙、確かに私に届いていたぞ。彼女にはもう近づかない方がいい。それが君のためでもあり、彼女のためでもあるんだ。彼女だって分かってるはずだよ。彼女はもう僕らとは違うんだってことを。へえ、そいつは大層な目標だな。朽木白夜より強くか。難儀な話さ。嫌になるだろ。いつだって描くより破ることの方がたやすくて、ほどくより結ぶことの方がずっと難しいんだ。バカな。今まで巨大すぎて誰のものか判然としなかったが、
今消えた冷圧は間違いなくレンジの。なぜだ、どうしてお前が。レンジ！おはよう。ご機嫌いかが、ルキアちゃん。10銀。あかんな。相変わらず口悪いんやね、君は。銀やのうて10隊長。いつまでもそれやったら叱られるで、お兄様に。失礼しました、10隊長。あ、嫌やな。本気にした？せえへんよ、告げ口なんか。気にせんといて。僕と君の仲やないの。なぜ10隊長がこのようなところにおいでなのですか？はあ、なんや大した用事やないんやけど、散歩がてらちょっと意地悪しに。死んでへんみたいやね、あばらい君。まさか。確かに集中して探せば弱々しいがレンジの白道らしきものが感じられる。だがこのままでは。死ぬやろね、すぐ。かわいそうやな、あばらい君。ルキアちゃんを助けようとしたばっかりに。バカな、適当なことを言うな。なぜレンジが私を。怖い？なんだと。死なせたないやろ、あばらい君も他のみんなも。死なせたない人おると急に死ぬん怖なるやろ。助けないか。10隊長、何を、突然何をおっしゃいます？どうや、僕がその気になったら今すぐにでも助け出せるで。君もあばらい君もそれ以外も。何を言っておるのだ、この男は。正気か。私を、イチゴやレンジを助けて何の得があるのだ。いや、それとも本当に。嘘。バイバイルキアちゃん、次は総局で会おう。希望は捨てたはずだった。生きる理由も失ったはずだった。未練などない、死ぬことなど恐ろしくはないと揺るがされた。希望に似たものをほんのわずかちらつかされただけで、こんなにもたやすく生きたいと思わされてしまった。覚悟を崩されてしまった。それではこれより術式を開始する。随分と集まりが悪いな。集まっているのは2、4、8番隊だけか。5、11、12番隊は仕方ないとして、他の連中はどういうつもり？兄様。口木ルキア、何か言い残しておくことはあるかの？はい、一つだけ。彼らリカは私のためにこのソウルソサイティへ来ることになりました。私のために関係のない者たちまでその命を散らすことなどあってはならない。彼らの罪も私が背負って行きます。だからどうか彼らを無事に帰らせてほしいのです。私の願いはそれだけです。
よかろう。お主の願い通り、処刑の終わった暁には旅客どもを無傷で帰らせてやろう。ありがとうございます。ひどい。どうせ生かして返す気なんてないくせに。ひどくなどありませんよ、イサネ。慈悲です。いずれ去らぬ終焉ならば、せめてわずかでも迷いなく、せめてわずかでも安らかに。総局を解放せよ。あの光は総局の始まったか。急ぐぞ松本。はい。ちょっとばかり封印の解除に手間取ってしまったが、これでいける。中央四十六室への進言も通らなかった今、もはや手段はこれしかない。総局を破壊する。待っていろ朽木。なんだろうあれ。始まったかな、処刑。それなら急がないと。私先行くね。なんで？処刑はどっちでもいいんだけど、あそこにはイッチーが来てるかもしんないからね。イッチーは手伝ってやんないとね。ありがとう。変なの。なんでプルルンがお礼？イッチー助けるなんて当たり前じゃん。だってイッチーはヘイちゃんの友達だもん。そんじゃ行くね。強いやつは私が勝たしとくからね。ザコはよろしく。早い。むちゃくちゃだぜ。ありがとう、ヤチルちゃん。生きてんのか俺は。てめえは。どうも。てめえはイチゴと一緒にいた4番隊の。どうしててめえが俺を。本当はもう誰にも迷惑かけたくなくて、どうにかして僕だけの手でルキアさんを助け出せたらって思ってたんですけど。もう僕の力じゃどうにもならないところまで来てしまったみたいですね。これ新しい市役所と手ぬぐいと紙紐です。6番隊の利吉さんが持って行ってくれって。総合救護詰所が11番隊に壊されたとかで、うちは人が出払ってて、その隙を見て彼が大社楼に忍び込んで鍵を開けてくれたんです。利吉な。そうか、あいつ俺を信じて。お願いします。ルキアさんを助けてください。おう。あの時10に乱された心にも少しずつ静けさが戻ってきている。総隊長殿の約束のおかげか、あるいは心乱し無様にも生にすがりつこうとする私を兄様が一分の隙もなく突き放してくれたおかげかもしれぬ。ありがとうございます兄様。
極の矛の真の姿にして極刑の最終執行者。彼が罪人を貫くことで極刑は終わる。恐ろしくはない。私はよく生かされた。レンジたちと出会い、兄様に拾われ海燕殿に導かれ、そしてイチゴに救われた。辛くはない、悲しくはない、悔いはない。心も残してはいない。ありがとう。さよなら。よう。バカな。止めたというのか。残白刀100万本に値する破壊能力。その双極の矛を残白刀1本で。奴は何者だ。もしかしてあの坊やが旅館の彼が言ってた。はい、外見的特徴も大使たちの報告と一致します。結局間に合ったのは彼らの方だったってわけだね。イチゴ、バカ者、なぜまた来たのだ。貴様ももう分かっているだろう。貴様では兄様には勝てぬ。今度こそ殺されるぞ。私はもう覚悟を決めたのだ。助けなどいらぬ。帰れ。なんだおりゃ。浮竹隊長。ようこの色男、随分待たせてくれるじゃないの。協力隊長。すまん、解放に手間取った。だがこれでいける。あれは司法院家の門。止めろ。奴ら双極を破壊する気だ。何をする気だ、イチゴ。いいから黙って見てろ。イチゴ。助けるなとか帰れとかごちゃごちゃうるせんだよてめえは。2度目だな。今度こそだ。助けに来たぜルキア。礼など言わぬぞ、バカ者。ああ、聞くがこれからどうする気だ。これほど目の前でうまく姿をくらませる方法など。逃げる。無理だ。相手は隊長だぞ。逃げ切れるわけが。じゃあ全員倒して逃げるさ。お前だけじゃねえよ。石田も井上もチャドもガンチも花太郎も手伝ってくれた連中はみんな助け出して連れていく。眼差しから言葉からイチゴの力が流れ込んでくるようだ。強くなったのだなイチゴ。なんだお前は。レンジ。ルキア。よかった、生きておったのだなレンジ。よかった。レンジ。おい
いイチゴ、何をする気だ貴様。待てよこら、てめえまさか。受け取れ。バカ者イチゴ、貴様。落としたらどうすんだこの野郎。連れてけ。ぼーっとしてんな。さっさと連れてけよ。てめえの仕事だ。死んでも話すなよ。レンジ。おぼろい。何をふわけているのだうつけども。俺副隊長全員でだ。邪魔だ。そんな残白刀も使わず。見えてるって言ったろ。朽木白夜。なぜだ。なぜ貴様は何度もルキアを助けようとする。こっちが聞きてえよ。あんたはルキアの兄貴だろ。なんであんたはルキアを助けねえんだ。くだらぬ問いだ。その答えを貴様ごときが知ったところで到底理解などできまい。どうやら問答は無益なようだ。行くぞ。もはや私の取る道は一つ。黒崎一護、貴様を切る。そしてルキアをもう一度、次は私の手で処刑する。させねえさ。そのために来た。あんた言ったな。俺を切ってそして自分の手でルキアを処刑するって。それが何だ。気に入らねえ。俺はてめえを倒すぜ。俺の力を全部かけててめえの力の全てを一つ残らず叩き潰してやる。てめえの手でてめえの妹を処刑するだと。ふざけんじゃねえ。てめえの理屈もてめえの都合もどっちも知ったこっちゃねえ。ただルキアの前で二度とそんな口聞かせねえ。
出せよ挽回。叩き潰してやる。挽回だと図に乗るな。貴様ごときが私の挽回を受けて死ぬなど1000年早い。図に乗るな。避けてみる。悪いな。悪いな。てめえを切るぜ。なんだと。よかろう。それほど強く望むのならば私の挽回その目に強く刻むがよい。案ずるな。後悔などさせぬ。その前に貴様は私の前から塵となって消え失せる。挽回地で千本桜影吉。千本桜の神髄は数億に及ぶ刃による視覚皆無の完全なる全方位攻撃だ。貴様の残白刀の能力は確かに高い。だが鈍重極まる大技だけでは千本桜をかわすことなど英語をかなわぬ。やっぱり無理だったか。こっちだけ視界のままで挽回に勝とうなんてのがなめた話だ。言葉に気をつけろ小僧。まるで貴様が挽回に至っていると言っているように聞こえる。ああ、そう言ってんだよ。口木白夜。なんだと。しっかり見ててよ。こいつが俺の挽回だ。悪いな。そろそろ決めるぜ。天差残月。これが俺の挽回だ。なんだそれは。そんな小さなものが挽回だと。ただの残白刀ではないか。なるほど。極刑といい挽回といい貴様はよほど我々の誇りを踏みにじるのを好むと見える。どうもその我々の誇りってやつがルキアを殺すことと繋がってるみてえだな。だったらあんたの言う通り俺はそいつを踏みにじるぜ。そのために手に入れた力だ。今一度言おう。貴様のそれは挽回ではない。そんな矮小な挽回などありはしない。余価風情が挽回に至ることなどありはしない。クイルがいい。今の一撃で私の喉を裂かなかった。捕らえた。バカな。全て叩き落としただと。奇跡は一度だったよな。じゃあ二度目は何だ。そうか。挽回としての戦力の全てをその小さな形に凝縮することで挽回最大戦力での超速戦闘を可能にした。それこそが貴様の挽回の力というわけか。よかろう。ならばその力ごと全て押しつぶしてくれる。見るがいい黒崎一護。これが防御を捨て敵を殺すことだけに全てを捧げた千本桜の真の姿だ。千景千本桜影吉。案ずる。この千本の刃の壮烈一度に貴様を襲うことはない。この千景は
私が必ず自らの手で切ると誓った者にのみ見せる姿。見るのは貴様で2人目だ。そりゃどうも。行くぞ黒崎一護。はい、戦型ってのになってからどんどんスピードが上がってやがる。けどまだついていけねえ速さじゃねえ。俺ももう少し速くできる。随分と動きが鈍くなってきたぞ黒崎一護。なんだと。体が動かねえ。貴様はどうやら戦型になって私の速力が上がったと感じているようだが、それは違う。戦型はバラバラだった刃を刀の姿に押し固めて爆発的に殺傷能力を高めるためのもの。速力は変わらぬ。落ちてたのは俺のスピードの方だったって言いてえのか。貴様はよく戦った。幾人もの隊長格を退け、千本桜の斬撃をその身に受けながらよくぞここまで耐え抜いたものだ。だが感じるだろう。貴様がいくら耐えようとも、もはや貴様の肉と骨が死んでいるのだ。ここが貴様の限界。終わりだ黒崎一護。しかしなんつうれやつだよ。頂上に近づくほどどんどん重くでかくなりやがる。これが本当にイチゴのれやつかよ。僕だって自信ないよそんなの。着いたぞ頂上だ。この白い枯れ木の林の向こうか。姿までは見えないな。でもわかるよ。冷圧がどんなに大きくなっても根っこの匂いは変わってない。黒崎くんの他にこんな人いないよ。妙だ。朽木の冷圧がない。この先で貼り付けになってるはずじゃないのか。あの子ならもう逃げたよ。草自身落ちる。どういうことだ。朽木を逃がせたならどうしてイチゴはまだ戦ってる。甘い相手じゃないってことだよ。朽木さんを逃がしただけじゃ奴らはすぐにまた捕らえに来る。本当に朽木さんを助けるためには相手の全てを叩き折って朽木さんを処刑するという相手の気構えそのものを砕く以外に方法はないんだ。だから黒崎は戦ってる。おそらく自分の全てをかけて。そうだね。朽木さんは黒崎くんにとって朽木さんは大切な人だって。朽木さんは黒崎くんの世界を変えた人だから。なんだ何しやがった。少し離れた方がいい。井上さんここにいても僕らには。ありがとう石田君。でもごめん、ここにいたいの。分かってるんだ。自分の力じゃ黒崎を助けようとしても足手まといにしかならないこと。そして仮に助けになったとしても黒崎がそれを望まないだろうことも。そんなことは全部分かってて、それでも動きそうになる体を必死で押さえつけながら井上さんは待っているんだ。
お前の無事をただ祈って、お前の勝利をただ信じて。負けるなよ黒崎。もしも負けたら僕はお前を許さない。勝て黒崎。ここが貴様の限界。終わりだ黒崎一護。動け動けよ、動け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 。何のためにここまで来たんだ。勝つためだ。生き残るだけじゃ意味がねえ。戦うだけじゃ意味がねえ。勝たなきゃ何も変えられねえんだ。勝つんだ。俺は勝ちてえ。バカだ。言っただろうが、てめえに死なれちゃこっちも困るってよ。バカな何者だ貴様。何者だ名前なんかねえよ。てめえの挽回のやつにやられて体中の骨がきしんでんじゃねえか。情けねえやつだ。見せてやるぜ、俺が挽回の使い方ってやつをよ。黒い月か。この冷圧の感触、その仮面、貴様ホローか。さあな、知る必要はねえさ。てめえはこれで消えるんだ。くそ、離せ。邪魔すんな。消えろ。邪魔はてめえだ。離せ。このまま俺にやらせりゃ勝てるってのが分かんねえのか。くそくそバカが。悪いな、邪魔が入っちまってよ。さあ仕切り直しといこうぜ。悪いな、邪魔が入っちまってよ。さあ仕切り直しといこうぜ。邪魔。そうか。あの姿のまま戦って私をいくら切ろうとも、それは貴様の本意ではないということか。よかろう。貴様ごとき
そう何度も剣を振るう力は残ってはいまい。負けられねえんだ。こっちだ。間に合うかよ。この私が先ほどの姿が何であったかは問うまい。お互いそう何度も剣を振るう力は残ってはいまい。次の一撃で幕だ。ああ、最後にもう一度だけ聞いていいか。あんたはどうしてルキアを助けねえんだ。K が私を倒せたならその問いにも答えよう。貴様ごときついてこれるか。この程度でこれは私の剣で幕を引こう。千景千本桜影吉、これを受けてなお立っていられるか。集中しろ。絶対に勝てる。貴様ごときに図に乗るのか。すげえな。悪いけど俺はそんなすげえ技はねえぞ。残月が教えてくれたのは月牙天章一つだけ。俺にできるのはもう一つの斬撃に全ての冷圧を込めることだけだ。行くぜ朽木白夜、見せてやるぜ。行くぜおっさん。今だ。どれよ。倒れねえ。知りたがっていたな、私がルキアを殺す理由を。罪ある者は裁かれねばならぬ。刑が決すれば処されねばならぬ。それが掟だからだ。掟だから殺すのかよ。てめえの妹でも。肉親の浄化、くだらぬ。なんだと。掟に比すればあらゆる感情に価値などない。そんなくだらぬ感情などもとより持ち合わせてはおらぬ。我が朽木家は四大貴族の一、全ての死神の規範とならねばならぬ存在。我らが掟を守らずして誰が掟を守るというのだ。悪い、やっぱり俺には分かんねえや。俺がもしあんたの立場だったとしても、やっぱり俺は掟と戦うと思う。そうか、こやつの敵は最初から
私などではなかった。こやつは最初からこのソウルソサエティの掟そのものと戦っていたのだ。似ている。その奔放さが疎ましかったあの男に。黒崎一護、私の刀は貴様のその奔放さに砕かれた。私はもはやルキアを追わぬ。この勝負、K の勝ちだ。勝ったぞ。俺の勝ちだー！おい、やべ、立ってんの限界だ。俺あいた。ごめんね黒崎くん。私石頭でごめんね。受け止めようとしたんだけど。井上、なんだ、血まみれの割に意外と元気そうじゃないか、黒崎。さすがだな、一子。お前マジでやったのかよ。あの隊長格の朽木白夜を。石田、チャド、ガンジュ、みんな無事だったんだな。よかった。無事ではないけどね。君のやられっぷりに比べればみんな無傷みたいなもんさ。井上は怪我ねえか？私なんて全然役に立ってないのに、石田君が守ってくれたり他の死神さんが守ってくれたりして、だから全然危なくなんかなくて、ただ黒崎君のことがずっと心配だっただけで。ごめんね黒崎君、守ってあげられなくて。黒崎君が無事でよかった。ありがとう井上。なんだこいつは。どういうことだ。中央四十六室が全滅。中央四十六室、ソウルソサイティ全土から集められた40人の賢者と6人の裁判官で構成されるソウルソサイティの最高司法機関。ソウルソサイティ現世を問わず、死神の犯した罪休は全てここで裁かれ、その最低の執行に武力が必要と判断されれば、隠密機動、機動衆、後手13隊などの各実行部隊に指令が下される。そして一度下った裁定には、たとえ隊長格といえど異を唱えることは許されない。それが中央四十六室だ。その四十六室が今俺の目の前で全滅している。血が乾いてる。黒く変色してひび割れるくらい。殺されたのは昨日今日の話じゃねえってことか。いつだ、いつ殺された。アバライがやられて戦時特例が発令されて以降、この中央地下議事堂は完全隔離状態に入り、誰一人としてここへ近づくことさえ許されなかった。
そして今日俺たちが強行突破するまでここへ至る13層の防壁は全て閉ざされたままで何者も侵入した形跡はなかった。つまり殺されたのはそれより前。それ以降俺たちに伝えられた四十六室の決定は全て偽物か。やったのは誰だ？一丸か。だが誰にも気づかれず四十六室を皆殺しにし、それを今まで隠し通す。それほどのことを奴一人で。他にも協力者がいるのか。いらっしゃると思っていました、室ヶ谷隊長。キロ、まさかてめえがこれをやったのか。おざ松本。はい。待てキラ、質問に答えろ。四十六室をやったのはてめえか。いいえ、僕はただ室ヶ谷隊長が来られる少し前に内側から鍵を開けてあそこに入れてもらっただけです。入れてもらっただと？誰にだ？決まってるでしょう。四十六室にですよ。ふざけてんのかてめえ。そんなことよりいいんですか、室ヶ谷隊長。僕なんか追いかけるよりちゃんと雛森君を守っててあげないと。何言ってやがる。雛森は今いませんよ、10番隊大社にはもう。室ヶ谷隊長、雛森君の眠っている部屋に結界張りましたよね。外からの攻撃を反射する高等結界、凶門だから安心して雛森君を置いてきた。でもあの結界、内側からだと案外簡単に破れるんですよ。雛森君は軌道の達人、結界を破るのなんてわけないし、自分の周りに結界を張って冷圧を完全に消して移動するのだってわけない。気づいてなかったんですか。雛森君ずっと室ヶ谷隊長たちの後ろをついてきてましたよ。松本、任せていいか。どうぞ。何？逃げるのやめたの？僕の役目はあなたをここで止めることです、松本さん。役目？誰に与えられた役目よ。銀？答える必要ないです。あるわよ。ないですよ。あんたおかしいわよ、キラ。銀に何吹き込まれたのか知らないけど。しつこいな。これから死ぬ人に何も答える必要はないって言ってるんですよ。キラ、あんた。表を上げろ、わびすけ。確か知りませんでしたよね、松本さん。僕の残白刀の能力。知らないわね。っていうか知ってるやついるの？あんた誰にも喋んないじゃない、そういうの。そんなことないですよ。同期の雛森君とあばらい君も知ってたかな。でもいいですよ、この際しょうがない。松本さんにも教えますよ。
そして必ず詫びるかのように神戸を差し出す。故に詫びすけ。抵抗するだけだ。もうさせてもらうわ。遅いっての。銀、あんた一体この子をどうしたいの？あんた一体私をどうしたいの？あんた一体どこへ行きたいの？どうして気づかなかった？雛森は俺を愛禅殺しの犯人だと信じ込んだままなんだ。俺が動けば追ってくるのは当たり前じゃねえか。そんなに早く動けるようにはならないと思っていた。甘かった。愛禅のためならたとえ動けなくても追ってくる。そういうやつなんだ雛森は。分かっていたはずだ俺は。それなのに雛森。何これ。中央四十六室が死んでる。みんな。室ヶ谷隊長が驚いてて、キラ君がいて、室ヶ谷隊長はそれを追いかけていって、愛禅隊長を殺したのが室ヶ谷隊長なら、これをやったのも室ヶ谷隊長じゃないの？これをやったのはキラ君？それじゃあ室ヶ谷隊長は、愛禅隊長は。いらっしゃい、稲森ちゃん。ここは正常等距離四十六室のための居住区域。どうして私をこんなところに？一丸隊長。今までここへ来たことは稲森ちゃん？そんな、ここは完全均等区域じゃないですか。見るのも初めてです。会わせたい人おんね。会わせたい？私にですか？そうや。ほれ見てみ、後ろ。後ろ？あ、愛禅隊長？久しぶりだね、雛森君。本当に愛禅隊長なんですか？亡くなられたはずじゃ。大丈夫、この通り生きてるよ。愛禅隊長、愛禅隊長、私
私は。すまない。心配をかけたね、雛森君。アイゼン隊長の手だ。いつもと同じ心を洗い流してくれるアイゼン隊長の匂いだ。本当にアイゼン隊長だ。少し痩せたね。本当にすまない。君をこんなに傷つけることになってしまって。だけど分かってほしい。君しかいなかったんだ。僕にはやらなければならないことがあり、そのためには身を潜めなければならなかった。そのために死を装い、君に。いいんです。もういいんです。隊長が生きていてくださっただけで私はもう何も。ありがとう、雛森君。君を部下に持てて本当によかった。ありがとう、雛森君。本当にありがとう。最後。嘘。行くぞ、銀。はい、アイゼン隊長。10と。やあ、室ヶ谷君。アイゼン、どういうことだ。てめえ本当にアイゼンなのか。もちろん見ての通り本物だよ。それにしても予想より随分と早いご帰還だね、室ヶ谷隊長は。すんません、イズルの引きつけが甘かったみたいですわ。何の話をしてんだてめえら。何の話？ただの戦術の話さ。敵戦力の分散は戦術の処方だろ。敵だと。雛森はどこだ。どこかな。てめえ。雛森。雛森。残念、見つかってしまったか。すまないね。君を驚かせるつもりじゃなかったんだ。せめて君に見つからないように粉々に切り刻んでおくべきだったかな。どういうことだアイゼン。10。てめえらはいつから来るだった。最初からさ。てめえが死を装うより前ってことかアイゼン。理解が遅いな。最初からだよ。私が隊長になってからただの一度も彼以外を副隊長だと思ったことはない。それじゃあてめえは今までずっと雛森、俺もてめえの部下、他の全ての死神たちもみんな騙してやがったのか。騙したつもりはないさ。ただ君たちが誰一人理解していなかっただけだ。僕の本当の姿をね。理解してなかっただと。てめえだって知ってるはずだ。雛森はてめえに憧れてた。てめえに憧れて5艇13隊に入り、てめえの役に立ちたいと。それこそ死に物狂いで努力してやっとの思いで副隊長になったんだ。知っているさ。自分に憧れを抱く人間ほど御しやすいものはない。だから僕が彼女を僕の部下にと推したんだ。
いい機会だ。一つ覚えておくといい、室ヶ谷君。憧れは理解から最も遠い感情だよ。敗戦。挽回大グレン氷林マラ。アイゼン、俺はてめえを殺す。あまり強い言葉を使うなよ。弱く見えるぞ。嘘だろ。いい眺めだな。季節じゃないがこの時期に見る氷も悪くない。さて行こうか銀。やはりここでしたか、アイゼン隊長。いいえ、もはや隊長と呼ぶべきではないのでしょうね。大逆の罪人アイゼン宗介。どうも卯の花隊長。来られるとすればそろそろだろうと思っていましたよ。すぐにここだと分かりましたか。いかなる理由があろうとも立ち入ることを許されない完全禁闘区域は、精霊邸内にはこの清浄島巨林ただ一箇所のみ。あなたがあれほどまでに精巧な死体の人形を作ってまで身を隠そうとしたのなら、その行く先は精霊邸内で最も安全で見つかりにくいここを置いて他にありません。惜しいな。読みはいいが間違いが2つある。まず1つ目に、僕は身を隠すためにここへ来たわけじゃない。そしてもう1つ、これは死体の人形じゃない。いつの間に。いつの間に。この手に持っていたさ。さっきからずっとね。ただ今この瞬間まで僕がそう見せようとしていなかっただけのことだ。どういう。すぐにわかるさ。空解くよ。砕けろ強化水月。僕の残白刀強化水月、有する能力は完全催眠だ。だって強化水月は流水系の残白刀で、霧と水流の乱反射で敵を攪乱して同時打ちさせるって、アイゼン隊長そうおっしゃってたじゃないですか。私たち副隊長を集めて実際に目の前で見せてくださったじゃないですか。なるほど、それこそが催眠の儀式というわけですか。ご名答。完全催眠は五感すべてを支配し、一つの対象の姿、形、質量、感触、匂いに至るまで全てを敵に誤認させることができる。つまりハエを竜に見せることも、沼地を花畑に見せることも可能だ。そしてその発動条件は、敵に強化水月の解放の瞬間を見せること。一度でもそれを目にした者はその瞬間から完全催眠に落ち、以降僕が強化水月を解放するたび完全催眠の虜となる。一度でも目に。気づいたようだね。そう、一度でも目にすれば
術に落ちるということは、目の見えぬものは術に落ちることはないということ。つまり最初から当選要は僕の部下だ。最後に褒めておこうか。検査のために最も長く手を触れたからとはいえ、完全催眠下にありながら僕の死体にわずかでも違和感を感じたことは見事だった。卯の花隊長、さようなら。君たちとはもう会うこともあるまい。待て。おいレンジ、話してくれ。イチゴを助ければ。もうごちゃごちゃうるせえなてめえは。逃げてるっつうのに騒ぐんじゃねえよ。見つかったらどうすんだこら。あの野郎、イチゴおめえに借りを返したいと言ってた。私に借り？ああ。俺はルキアに命を救われた。俺はルキアに運命を変えてもらった。ルキアに出会って死神になったから、俺は今こうしてみんなを守って戦える。私は私のせいでイチゴの運命をねじ曲げてしまったと、ひどく傷つけてしまったと思っていた。何をしても償いきれぬと。ごちゃごちゃ悩みすぎなんだよてめえは。昔っからな。誰もてめえが思うほどてめえを悪く思っちゃいねえよ。自分ばっか責めてんじゃねえ。何でもかんでも背負って立てるほどてめえは頑丈じゃねえだろうが。分けろ。俺の肩にもあいつの肩にもちょっとずつ乗っけてちょっとずつ立ちゃいい。そのために俺たちは強くなったんだ。あいつを信じてやれルキア。すまぬレンジ。バカ野郎、謝るとこじゃねえよ。ありがとう。バカ野郎、礼言うとこでもねえよ。当選隊長、なんでこんなところに。なんだよこりゃ。無事気候をも抑えられたか。やるじゃないの彼。まさか双極のタッカも壊しちゃうなんてさ。動くな。源流祭殿。罪人を連れて逃げたのはあばらい副隊長。切ってすげ帰れば替えは利く。後でゆるりと捕らえよう。じゃがわしが許せんのはお主らじゃ。お主らは隊長としてはならんことをした。それがどういうことかわからんお主らじゃなかろう。よし仕方ない。
それじゃ一丁逃げるとしようか、沖竹。春水、あんなところで山爺と戦ってみろ。それこそみんな巻き込まれて死んじまう。離せ。何者だ貴様。やれやれ、そう騒ぐな。相変わらず気の短いやつじゃ。貴様、夜市。久しぶりじゃの、ソイフォン。なるほど。長らく姿を見せなかったからといって別段腕を上げたというわけではないようだな。お主の方はいささか腕が鈍ったようじゃがの。あの旅家の子供がまとっていた天刀剣には四方院家の門がついていた。貴様が与えたな。そうじゃ。空を飛ばねばルキアは助けられんからの。天使兵装版の四方院家も落ちたものだ。旅家に肩入れしたなどと知れたら四大貴族の一角を追われることは確実だぞ。柴家の没落しかり名家の落ちぶれる様はあまり見栄えのするものではないな。今日はまた随分と喋るの。久々に憧れの先輩に会えて興奮しておるのか、それとも平成の鬱憤の発露かのう、隠密機動総司令官殿。わしの後釜はそんなにお主には荷が重かったかのう。のぼせ上がるなよ。いつまで我々の上でいるつもりだ。隠密機動も慶軍も今統括しているのは私だ。貴様の時代はすでに終わったのだ。地方院夜市。これが今の私と貴様の差だ。知っていよう。慶軍軍団長の抜刀はすなわち処刑演武の開始を表す。観察標的は軍団長に敵対する者すべて、たとえそれが全軍団長であろうともな。軍団長の名を捨てた貴様に逃げ場はないぞ夜市。なめられたもんじゃの。確かに軍団長の名は捨てたが、もう一つの名まで捨てた覚えはないぞ。春心夜市。なるほどな。ならば仕方ない。私の手でもう一つの名も剥ぎ取ってやろう。慶軍統括軍団長の慶戦装束か。懐かしいいでたちじゃの。昔を思い出すか。少しの。遠慮するな。よく思い出せ。そしてしっかりと比べるがいい。貴様と私とどちらが優れた戦士であるかを。
いてこられるかの。一撃食らってしまったか。1対1で痛み分けだな、夜市。そうじゃの。その装束に何か仕掛けでもあるのか。動きが見違えたぞ、それ。仕掛けだとそう思うのか、本当に。私と塩生地ガラクじゃ、その程度だ。ここじゃ甘い方法。ほらほら、ガラクじゃ見えたぞ。ガラクじゃ春心夜市。さあついてこられるかの。よそ見をするなよ。どうじゃ。塩生地ガラクじゃ見えたぞ。その程度か。ほれほれ、小川さん。さあどうじゃ。見えたぞ。ガラクじゃ行くぞ。小川さん、よく見ておけ。これは白だと軌道を練り合わせた戦闘術だ。エルセロン出した。行くぞ。さて、ほれほれ、見えたぞ。おなか遅い。行くぞ。ガラクじゃその程度か。目を離すでないぞ。私ごときが貴様に対して手を抜いて戦えるはずがない。そう思ったか。のぼせ上がるなと言ったはずだ。私はもはや貴様より強い。人的灼雪スズメバチ。食らったな、一撃。覚えているか、夜市。私のこのスズメバチの能力を。訪問歌。スズメバチによる衝撃で標的の体に刻まれる死の刻印だ。貴様がいた頃はまだ未完成だったこの能力も、この100年の間に完全なものとなった。せいぜい逃げ決めを食らわぬよう逃げ回れ、夜市。スズメバチの能力は逃げき決殺。同じ場所に2度攻撃を与えればどんな標的も必ず死に至る。以前の私の訪問歌は半刻ほどで消えていたが、今の訪問歌に消失刻限はない。私が自らの意志で消さぬ限り永劫消えることはないのだ。逃げ回っているだけでは。わしを誰だと思うておる。さあついてこられるかの。初めての出会いは神との対峙に近かった。彼女はその超然たる白蛇の際で慶軍に君臨し続ける天使兵装馬、地方院家の22代目にして初めての女性当主。高貴にして華麗、そして恐ろしく強かった。代々処刑暗殺を生業とし続けてきた下級貴族フォン家である私にとって
目指す全てを彼女は持っていると感じた。私は憧れた。強烈に。その感情はもはや憧れを超えて崇拝に近かった。強さだけが価値の全てだった私にとって、夜市様と過ごす日々は新たな価値観を見出してくれるものだった。突然だった。あなたは別れすら告げることなく私の前から姿を消した。それは神のごとくに敬愛した主君の明白な裏切りだった。私は貴様に失望した。貴様を憎み呪いさえした。そして必ず貴様を超える力を身につけ、私の手で貴様を捕らえてやろうと誓った。私は貴様を許さぬ。夜市、私の尊敬と信頼を裏切った貴様を絶対に。私はなぜだ、なぜ私を連れて行ってくださらなかったのですか。夜市様、結構離れたね。ああ、ここまで来れば他に危害も及ばないだろう。なあなおちゃん、ビリー。隊長たちが早すぎるんです。あ、さすがお早いお月で。昔から逃げる悪ガキに巻かれたことはないんじゃよ。来い、ワッパども。もうげんこつでは済まさんぞ。後手13隊総隊長山本源流祭重国、さすがにとてつもない冷圧だわ。こちらは隊長2人とはいえ勝てるとは限らない。私にできることは一つ。お主のような赤ん坊に息の仕方から教えてやるほどわしの気は長うはないぞ。大丈夫だな、のちゃん。しっかりして。ごめんよ。やっぱり連れてくるべきじゃなかった。まさかそんな。目があっただけでここまで全てを抑え込まれるなんて、隊長2人でも勝てるとは限らない。違う、なんて甘いの私は。これではとてもダメです、凶楽隊長。
長。見事な春歩じゃ。一度に随分と遠くまで行けるようになったもんじゃの。どうも。思えば昔からお主ら二人の力は飛び抜けとった。あんなに弱く振る舞いは軽薄じゃが、思慮深く誰よりも真実を見通すことに長けておった春水。体は弱いが観光で人望厚く、常に皆の中心にあった十四郎。そしてひとたび戦いとなれば、その力は超一絶人。同輩にも先達にも並ぶものなし。志高く錬磨絶やさず、お主らは力を磨き、わし自らが作った学院からの初めての隊長となった。自慢じゃった我が子のように。信じとった。息は違えど歩む道は同じであると。すこんなり。源流祭先生。何も言うな。もはや問答は拉致もなし。抜け。どういうつもりじゃお主ら。残白刀も解放せずにこのわしと戦う気か。どうしても戦わなくちゃダメなのかい山路。教えたはずじゃ。正義を揺るがせにする者をわしは許さぬと。自分の正義を貫けと教えてくれたのもあんたさ山路。そのために力をつけろと教えてくれたのもあなたです先生。たわけるな。世界の正義をないがしろにしてまで通すべき己の正義などない。ならば世界の正義とは何なんですか源流祭先生。引き分けがないの。言うたじゃろ。今度はしまいじゃ。行くぞ。万象一切怪人となせ。竜神弱化。いつ以来だろうその姿を目にするのは。いつ以来だろうこの深海のような深く重い衣服をこの身に刻むのは。視界にしてすでに超然たるこの冷圧。その熱は天を焦がし雲すら消し、その刃の通る道は世の一切を怪人に帰す。全残白刀中最高の攻撃力を誇り、遠熱系最強最古の残白刀。これが竜神着火。どうした。お主らも早う刀を解かんか。抗いもせず灰となるのを潔しとは思うまい。仕方ないね。行くか吹竹。ああ。波ことごとく我が盾となれ。雷ことごとく我が刃となれ。僧侶の断り。花風乱れて家臣なき、天風乱れて天魔を笑う。加天胸骨。僧侶の断り。加天胸骨。ソウルソサイティ全土にただ二つのみ。二頭一対の残白と。さすがにそうかなり。変わっとらんの昔と。そいつはどうも。覚悟は良いかの。いつでも。最初から本気か。さすが山路、容赦なしだね。お主らに手加減が必要か。そりゃどうも。
お褒めに預かり光栄だね。光栄ついでに一騎打ちと行こうよ山路。待て京楽、それはあまりにも。分かってる。僕も命を懸けるつもりはないよ。本当に危ない時は援護を頼んだよ浮竹。やれやれ、まったくわがままだなお前は。頼むよ山路。そろそろ落ち着いて話し合えないかな。黙れ悪ガキが。問答をしながら切り結ぶほどわしは甘くはないと知っておろう。相変わらずお堅いね。おすすめしない。諦めてくれないかな。参ったねどうも。それじゃあ一つ命をもらっておくとしよう。これまでか。参ったねどうも。それじゃあ一つ命をもらっておくとしよう。参ったね。ここまでやってもちっとも勝てる気がしないよ。しまいじゃ悪ガキども。おとなしくそこに直れ。まずいぞ京楽、逃げろ。竜神弱化の炎の中で自らの行いを食いるがいい。各隊隊長及び副隊長、副隊長代理各位、そして旅客の皆さん、こちらは4番隊副隊長小鉄伊佐根です。4番隊隊長宇野花烈と連名で緊急電信です。これからお伝えすることは全て真実です。隊長はこっちかな。ああ、いたいた隊長。あれ、もう終わったんですか。いや逃げられた。あの狼野郎急に源流祭殿とか言ってどっか飛んでいきやがった。狼野郎。どうもどっかで山本のじいさんがやり始めやがったらしい。ああ、そういやさっきからキュンキュン来てますね。なんだお前、随分と上機嫌じゃねえ。なんだ無傷で勝ってきたのか。はーい。ああ、でもさすがに服は汚れちゃったんでさっき着替えたんですけど。つうかお前行く前より元気になってねえか。やだ、やっぱ綺麗になっちゃいました。
言ってねえしくねくねすんな気色悪い。すいません、テンション上がっちゃって。あんな戦い方したの久しぶりだったもんで。僕もう気持ちよくって。くそ、汚ねえぞあの野郎。あんな残白刀ありかよ。人の霊力食い尽くしやがって。くそ。いやー、すげえ光ったな今の雷。ありゃあん時刀振り上げてたら確実に俺らに落ちてたね。アホ、あれ普通の雷じゃのって軌道よ。標的定めて撃っとるけ、こっちまでは飛んでこんわい。しかし成長したらのお前、まだ軌道はさっぱりか。うるせえな。俺はもともと軌道は向いてねえんだよ。あんたみてえに生まれつき残剣早期揃った万能型じゃねえからな。わしも花から万能型じゃったわけじゃないわい。一の突出よりバランス取れた万能型の方が副隊長に任命されやすい。じゃけ副隊長を目指して万能型になった、それだけのことじゃ。あんまり楽しそうには聞こえねえなそれ。アホだれ、男はのし上がってなんぼじゃ。楽しいに決まっとる。嘘つくなよ、おふくろさんのためだろ。アホか、誰があがいなクソババのために副隊長やなんか目指すかい。なあ伊賀さん、あんた酒ないなったぞ。何、またあんたで空かよ。あんた一回で飲みすぎなんだよ。まあまあ、酒がないなるんは自然の摂理じゃけ。てめえが飲んでんだろ、摂理じゃねえよ。蒸発して消えたみたいな言い方すんな。仕方ねえ。構えな伊庭さん。分かっとるじゃろうの。負けたら酒を取りに行く。勝ったらその間休んでよし。手加減したらぶっ殺す。さっきから気になっとるんじゃが、総局のとこで朽木隊長とやりを取るのは誰かいの。知らん霊圧じゃが。多分イチゴだ。11番隊のやつらが。なんで11番隊のやつが朽木隊長と戦ってんだよ。涼香だ涼香。俺は一回戦ったから知ってんだよ。そうか、涼香か。強いのこの涼香は。のこいつと戦ったらそりゃあ楽しいじゃろうの。伊庭さん、あんたやっぱり根っからの11番隊だぜ。もういいだろ伊庭さんよ。そんなに楽しみたけりゃ俺が嫌ってほど楽しませてやるよ。さあ続きと行こうぜ。おうよ。南の心臓、北の瞳、西の指先、東のキビス。風持ちで集う、雨払いて散れ。爆道の58。隠し追弱。31、64、83、97。転院先を補足しました。東332、北1566。総局です。わかりました。ではすぐに全ての隊長、副隊長の位置を捜索補足して伝信してください。私たちがここで知ったアイゼン宗介の全てとその行き先を、そして同じ伝信をあの旅客たちにもね。
わかりました。任せましたよ。私はこれから筆ヶ谷隊長と雛森副隊長の救命措置に入ります。黒白の網、22の橋梁、66の艦隊、即席、遠雷、先鋒、海地、夜伏、雲海、青い隊列。大円に満ちて天を走れ。爆狼の77、天帝空弾。遅く成功。5艇13隊、各隊隊長及び副隊長、副隊長代理各位、そして旅客の皆さん、こちらは4番隊副隊長小鉄伊佐根です。4番隊隊長宇野花烈と連名で緊急電信です。これからお伝えすることは全て真実です。バカなアイゼンが。だってさ、どうする山路、こんなことしてる場合じゃないんじゃないの僕ら。隊長が負けたなんて。そんな雛森君には何もしないって。嘘だろ、隊長が裏切り。当然。お聞きになられましたか、マユリ様。当たり前だ、聞こえているよ。いかがなさいます？興味がないね。何だったんだ今のは。いきなり始終なんとかがどうとか、なんとか催眠がどうとか、そんなこと言われてもわけわかんねえよ。私何も聞こえなかったけど。今の声は4番隊って言ってた。井上は4番隊と直接接触してないから冷圧を捕捉できなかったんだろう。大体隊長が隊長を切ったとかって精霊艇内の揉め事じゃねえか。そんなの俺たちに言ってどうすんだ。言うべきだと判断したから言ったんだろう。あ？わからないか黒崎。そのアイゼンという隊長が中央四十六室、話の流れから見て精霊艇の最高司法機関と見ていいだろう。それを全滅させ、自分の目的をあたかもその四十六室の決定であるかのように見せかけて遂行しようとしていたのなら、その目的とは何だ？処刑か。そうだ。僕たちがここに入ってからどんどん早まっていった朽木さんの処刑の期日、君も違和感を感じていたはずだ。だがそれも全て今の話でつながった。5番隊隊長アイゼン宗介、彼の目的こそが朽木さんの殺害なんだ。ルキア。なんだってんだ一体。なんだここは。総局の丘。ようこそアバライ君。
愛禅隊長。朽木ルキアを置いて下がりたまえ。断る。何？断ると言ったんです、愛禅隊長。なるほど。いいよ銀。君は強情だからね、アバライ君。朽木ルキアを引き渡すのが嫌だというなら仕方ない。こちらも君の気持ちを汲もう。君はそのままでいい。その強情さがいつまで持つのか試してあげる。やれやれ、ずいぶんうまくかわすようになったじゃないか、アバライ君。成長したんだね。嬉しいよ。だけどできればあまり粘ってほしくはないな。潰さないようにアリを踏むのは力の加減が難しいんだ。僕も君の元上官として君を死なせるのは忍びない。何が元上官として死なせるのは忍びないだ。だったらなんでひなぼりは殺した？ああ、さっきの冷圧の震えはやはり天帝クーラか。イサネ君だね。ひなもり君のことは仕方なかった。彼女は僕なしでは生きられない。そういう風に仕込んだ。殺していくのは情けだと思わないか。しかし彼女を手にかけたくなかったのも事実だよ。だから少し手間をかけてキラ君や室ヶ谷君と殺し合ってもらおうと思ったんだが、なかなかうまくいかなくてね。だから仕方なく僕が殺したんだ。そうかよ。キラもひなもりもあんたの手のひらで転がされてただけだってわけかよ。君もだ、アバライ君。よくわかったぜ。あんたはもう俺の知ってる愛禅隊長じゃねえってことがな。もう自分の知る愛禅宗介ではないか。残念だがそれは錯覚だよ、アバライ君。君の知る愛禅宗介など最初からどこにも言いはしない。どんな理由があるか知らねえが、死んでもあんたにルキアは渡さねえ。吠えろサビマナ！やはりあの3人の中で君が一番厄介だ、アバライ君。素手で確信だ。レンジ！君たち3人に初めて会った時、僕は君たちが使えると確信した。だから君たちが5艇13隊に入った時、すぐに3人とも5番隊に入隊させた。そしてより役に立ちそうな2人を僕と銀の部下にした。一番厄介そうな君は早々によそに飛ばした。どうやら僕の勘は正しかったらしい。最後だ。朽木ルキアを置いて下がりたまえ。待ってください、愛禅隊長。私が。断る。渡さねえぞ。誰が話すかよ、バカ野郎が。そうか、残念だ。いや、どうしたよ、しゃがみ込んで。ずいぶん重そうじゃねえか。手伝いに来てやったぜ。
レンジ。イチゴ、悪い、助けに来てくれた。なんだ？ルキア運ぶだけで随分ボロボロじゃねえか。やっぱ逃げるだけでもおめえには荷が重かったか？なんだそりゃ。てめえこそ随分ガタガタに見えるぜ。こんなとこ来るより布団にでもくるまってた方が良かったんじゃねえのか？なんだと？それが助けに来てくれたやつに言うセリフか？バカか！俺は礼言おうとしただろうがよ。それをてめえが。すんません、手出したらあかん思ってあの子が横通るの無視しました。ああ、いい。払う誇りが一つでも二つでも目に見えるほどの違いはない。あいつがアイゼンか。まだ逃げる体力残ってるか、レンジ。残ってるが逃げねえぞ。お前な。まだ策はある。この折れたザビ丸でやれることはまだあるんだよ。戦うぜ俺は。おめえだって分かってんだろ。逃げても無駄だってことぐらいよ。だったら倒すとまでは言わねえが、あいつらなんとか動けねえようにして堂々とここを降りようぜ。しょうがねえな。そんじゃ一丁共同戦線と行くか。この技を使えるのは1回だけだ。だがこいつを食らえば敵は必ず隙ができる。アイゼ隊長は強え。できる隙はほんのわずかかもしれねえが、その隙をついてくれ。分かった。握った。負けられねえんだ。ここだ。おや、腰から下を切り落としたつもりだったが浅かったか。そんなバカな。消え。さあ。イチゴ、レンジ、体が動かぬ。さあ立つんだ、口切る気や。ああ、そうか。僕の冷圧に当てられて体が弛緩してしまっているのか。
わいそうにまだ意識があるのか。実力にそぐわぬ生命力があだになっているね。だが無茶はよした方がいい。君の体は今背骨でかろうじてつながっている状態だ。いくら頑張ろうと立つことはおろか体を起こすこともできないよ。精神論じゃない、構造的に不可能なんだ。いいじゃないか、君たちはもう十分役に立った。そこでおとなしく横になっていたまえ。君たちの役目は終わりだ。役目だと。役目だと。そうだ、君たちが侵入してくることは分かっていた。その場所もだ。西ルコン街に現れると。だからその近辺には常に監視を置き、到着からすぐに精霊壁を落とした。そして門の内側には3番隊と9番隊を向かわせ、銀に直接君を追い払わせた。精霊壁が降り、門の内側には隊長閣がうろついているとなれば、残る侵入方法は芝空閣の価格大砲しかない。派手な侵入だ。しかもその侵入者は隊長閣が取り逃がすほどの実力者。いやが王でも精霊帝中の死神たちの目はそちらに集中する。実際邸内侵入後の君たちの活躍は素晴らしかったよ。おかげで隊長が一人殺されても大した騒ぎにならずに済んだ。実に動きやすかった。待て、あんたなんで俺たちが西ルコン街から来るって分かってたんだ。おかしなことを聞くね。決まってるだろう。西ルコン街は浦原喜助の拠点だからだよ。彼の作る旋回門で侵入できるのは西ルコン街だけだ。なんだその顔は。君たちは浦原喜助の部下だろう。君たちは浦原喜助の命令で朽木ルキアの奪還に来たんじゃないのか。どういう。なるほど、どうやら何も聞かされてはいないようだね。まあいい、最後だ。僕が教えておこう。死神には基本的な4つの戦闘方法があるのを知っているかい。斬術、白打、歩法、軌道の4つがそれだ。だがそのどれもに限界強度というものが存在する。どの能力も極めれば死神としての魂魄の強度の壁に突き当たり、そこで成長は止まる。つまりはそこが死神の限界だ。ならばそこを突破して全ての能力を限界を超えて強化する方法はないのか。あるんだ、ただ一つだけ。それは死神のホロー化だ。死神のホロー化、ホローの死神化、相反する2つの存在の境界を取り払うことで、その存在はさらなる高みへと上り詰める。理論的にはかねてから存在するとされてきた手段だった。僕自身は特にホローの死神化に着目し、いくつかの死神に近い存在のホローを送り出すことに成功した。自らの霊圧を消せるホロー、触れるだけで残白刀を消すことができ、死神と融合する能力を持つホローだが、新たな存在と呼ぶには程遠いクズばかり。僕以外の者も皆無知と倫理に妨げられて
結局その方法を見つけられる者は誰一人としていなかった。それを作り出したのが浦原喜助だ。彼が作り出したのは瞬時にホローと死神の境界線を取り払うことができるソウルソサエティの常識を超えた物質だった。物質の名は宝玉。危険な物質だ。彼もそう感じたんだろう。宝玉の破壊を試みた。だが彼は結局自らが作ったその宝玉を破壊する術を見つけることができなかった。そこで彼は仕方なく一つの方法を取った。それは宝玉そのものに防壁をかけて他の魂魄の奥底に埋め込んで隠すという方法だ。もうわかるだろう。その時彼が隠し場所として選んだのが君だ、朽木ルキア。だって僕がそのことを突き止めた時、君はすでに現世で行方不明になった後だった。僕は直感した。浦原喜助の仕業だと。補足不可能な擬骸を作る技術を持つ者など彼以外に考えられないからね。わかるかい？彼は君に力を貸したわけじゃない。君を人間にすることで宝玉の所在を完全にくらませようとしていたんだ。だが幸い君は現世で数ヶ月後に発見された。僕はすぐに四十六室を。大前！ずいぶん久しぶりだね、その素顔を見るのは。どういう心境の変化かな、駒村君。なぜそうして笑っていられるのだ大前！我ら全員をたばかった貴公の裏切り、わしは決して許しはせぬ。貴公もだ当然。何か弁明があるなら言ってみろ。ないのか何も。残念だ当然。挽回！バカだ！アイゼンはまだ当選の隣に。波動の90黒棺。同じ隊長格同士でここまで手も足も出ねえのかよ。強化水月の完全催眠は完全無欠だ。たとえかかると分かっていても逃れる術などありはしない。90番台栄翔破棄、怖いわ。いつの間にそんなとこまでできるようにならはったんです？いや失敗だ。本来の破壊力の3分の1も出せていない。やはり90番台は扱いが難しいよ。さてすまない、君たちとの話の途中だったね。そう、朽木ルキア。君が現世で発見された時真っ先に僕が行ったこと、それが四十六室の抹殺だ。君たちはおそらくイサネ君からこう聞いているはずだ。愛禅宗介は死を装って行方をくらませ、しかる後に四十六室を殺害したと。だがそれは間違いだ。君が発見されてすぐに僕は四十六室を殺し、中央地下議事堂全体に強化水月をかけた。そうして四十六室が生きて会議を続けている状態に見えるようにしておけば、万一何者かが入ってきても異変に気づかれることはない。もっとも内側から許可しない限り隊長格に議事堂に入る権限などないんだがね。そうして僕たちは常に3人のうち1人を地下議事堂に置き、それ以降今に至るまで四十六室を演じ続け、全ての命令を操作し続けた。捕獲を確実にするために君の捕獲役を6番隊の2人に変え、
君の魂魄を完全に蒸発させ、内部から宝玉を取り出すために双極を使って君を処刑することを決めた。だが君たちの働きにより処刑が失敗する可能性が出てきた。万一双極での処刑が失敗した場合、そのもう一つの方法を見つけなければならない。そう、これがその答えだ。驚いたな。こんな小さなものなのか。これが宝玉。ほう、魂魄自体は無傷か。素晴らしい技術力だ。だが残念だな。君はもう様子見だ。殺せ、銀。しゃあないな。イコロセ真相。兄様。兄様、兄様、なぜ私を、どうして。兄様、兄様、兄様。これはまた随分と懐かしい顔だな。動くな。金一本でも動かせば即座に首をはねる。なるほど。動かないで。すんません、アイゼン隊長。捕まってもった。当然隊長。これまでじゃの。なんだって。わからぬか、アイゼン。もはやお主らに逃げ場はないということが。アイゼン。アイゼン隊長。終わりじゃ、アイゼン。どうした？何がおかしい、アイゼン。ああ、すまない。時間だ。離れろ、ソイフォン！ちょっと残念やな。もうちょっと捕まっとってもよかったのに。さいなら蘭国。ごめんな。浮いた。逃げる気かい、この。やめい。あの光はネガシオンというてのメノスが同族を助ける時に使うものじゃ。あの光に包まれたが最後、光の内と外は干渉不可能な完全に隔絶された世界となる。メノスと戦うたことのある者なら皆知っとる。あの光が降った瞬間からアイゼンにはもはや触れることすらできんとな。当然降りてこい、当然。ゲセヌ、貴公はなぜ死神になった。亡き友のためではないのか。正義を貫くためではないのか。貴公の正義はどこへ消えて失せた。言ったろ、駒村。私のこの目に映るのは最も血に染まぬ道だけだ。正義は常にそこにある。私の歩む道こそが
正義だ。当然。メノスとまで手を組んだのか。何のためにだ。高みを求めて。地に落ちたか愛戦。おごりが過ぎるぞ浮竹。最初から誰も天に立ってなどいない。君も僕も神すらも。だがその耐え難い天の座の空白も終わる。これからは私が天に立つ。さようなら死神の諸君。そしてさようなら旅客の少年。人間にしては君は実に面白かった。お疲れ様です。宇野花隊長、室ヶ谷隊長と雛森副隊長のご容体は。とりあえず1名は取り留めました。あとは本人たち次第でしょう。今はイサネが引き継ぎ処置を行っています。残っているのは朽木隊長と旅客の少年です。旅客の方には手助けは必要なさそうですね。無茶をしましたね、朽木隊長。朽木ルキアさん、こちらへ。朽木隊長が呼んでいます。ルキア、そこにいるか。はい、兄様。お前に話しておきたいことがある。50年前の春の朝、私は妻を亡くした。妻の名は久名。現世で死した後、妹と共にルコン街に送られた久名は、まだ赤子だった妹と共に生きることに困窮し、ついに妹を捨てて逃げてしまったのだと言っていた。久名はそのことをずっと悔いていた。私の妻になってからの5年間も毎日のように妹を探し続けていた。死に際、彼女は私に告げた。どうか妹を見つけ出し、私の力で守ってほしいと。久名の亡くなった1年後、ついに私は彼女の妹を見つけ出し、すぐに朽木家に迎え入れることにした。久名の遺言通り、久名が実の姉だということは告げず、私の妹として。それがお前だ、ルキア。私は久名を朽木家に迎えた時、お前を朽木家に迎えた時、合わせて2度その掟を破っている。だから私はお前を迎え入れた後、父母の墓前に誓いを立てた。掟を破るのはこれが最後。これより先
いかなることがあろうとも必ず掟を守り抜くと。お前の極刑が決定された時、私は分からなくなっていた。掟を守るという父母への誓いと、妹を守るという悲惨との約束と、どちらを守るべきなのか。黒崎一門、礼を言う。ルキア、すまぬ。よし、完成だ。ここの縫製施設を使わせてもらえたから、ここに着いた時にみんなが着ていた服を記憶を頼りに作ってみたんだ。どうだい、佐渡君。模様が違わないか。僕なりのアレンジを加えてみたんだ。井上さんにはこれ。ちょっとかわいい。本当かい？こんなのも作ってみたんだ。朽木さんが現世に戻った時のために、彼女がよく着てたワンピースタイプの服を一つ。石田、戦いより服を作る方が才能はあるんじゃないか。私ちょっとこの服朽木さんに見せてくるね。よし、次。ほらほら、どうしたてめえら。誰も来ねえのか、腰抜けども。しょうがねえな。そんじゃ一丁俺が行くぜ。ほう、いい度胸だな、イチゴ。いいのか、病み上がりだろうが手加減はしねえぞ。病み上がりはお互い様だろ。つうか別に病んでねえよ、怪我してただけで。うーす。おはようございます、隊長。あ？なんだ、元気そうじゃねえか、イチゴ。傷はもういいのか？おかげさまでもうバッチ。そうか、そいつは何よりだ。これで遠慮なくてめえとやれるってこった。てめえ待て、こらイチゴ。誰が待つか。あんたと戦うのなんか二度とごめんだ。なんだと、逃がすか。やれやれ、想像しいね、毎度のことながら。あの位置を言うんが、ここに顔出すようになってからは特にの。こっちは静かすぎるよりだいぶね。おいっていうか、哲さんもなんで普通にうちに馴染んでんですか。駒村隊長はどうしたんです？いや、それがの、うちの隊長さんしばらく一人になりたいんじゃけな。名も知らぬ当選の友よ。貴公なら何と言って当選を止めたのだろう。駒村隊長、当選隊長はまたここへ戻ってくるでしょうか。無論だ。わしらの手で当選の目を覚まさせてやろう。もうちょっと捕まっとってもよかったのに。ごめんな。あんたのそういうところが嫌いなのよ。
誰がだ。うわびっくりした。お前に客だ、松本。キラ。松本さん。食べてくそばまんじゅう。ひなまり。ここまで来りゃケンパチも追ってこねえよな。黒崎くん。どうした井上。いないの。朽木さんが精霊亭中のどこにも。なぜ生きているのだと思っているのだろうな。まさかあんたが死んじまったら俺は誰目指して強くなりゃいいんすか。隊長、俺はレンジ！うるせえよ！何の用だてめえ。今俺ちょっといいこと言うとこだったんだぞこれ。もうすまん。ルキアどこ行ったか知らねえか。あ、なんだルキアがどうかしたのか。いや知られんならいいんだ別に。黒崎くん、勝手に知らない人の病室なんて入っちゃダメだよ。あ、てか別に知らない人ってわけでもないしな。悪いレンジ、白夜、俺ら行くわ。お邪魔しましたレンジ君、白夜さん。なんだあいつら。どうしたんすか隊長。あの男、よもやこのまま私のことを呼び捨てで通すつもりではあるまいな。ねえねえ黒崎くん、他の人たちには聞かなくてよかったの？朽木さんのこと。ああ、レンジが行き先聞いてねえなら多分他の誰も知らねえと思うんだ。一通り精霊亭の中は探したんだろ。だったらもう心当たりは一箇所しかねえ。ああ、やっぱりここだ。一号、井上。用事は済んだみてえだな。帰んぞ。明日には現世の門を開けてもらえるってよ。まだお前体調万全じゃねえだろ。明日に備えて早めに休めよ。ああ、そうだな。お前には一番に言わねばと思っていたところだ。私はここに残ろうと思う。そうか、よかった。いや、お前が自分でそう決めたんなら、残りたいって思えるようになったんならいいんじゃねえか。それでよ。思い出したんだ。俺がどうしてこんなにもお前を助けたかったのか。
これが正式な旋回門だ。無論君たちのために霊視変換器も組み込んでおいた。イチゴ君、君にこれを。浮竹さん、なんすかこれ。それじゃあ朽木さん、元気で。ああ、チャドも石田も井上も皆元気でな。そうだ、これ石田君から朽木さんへ。大事に着てあげてね。おう。じゃあな、ルキア。ありがとう、イチゴ。こっちのセリフだ。ありがとうルキア、おかげでやっと雨は止みそうだ。ルキア奪還の物語は思わぬ展開で終わりを告げた。現世での事件に端を発した一連の騒動は全て5番隊隊長である愛禅宗介の手によって仕組まれたことだったのだ。浦原喜助によってルキアの中に隠されたという宝玉、死神と炎の境界を越えるというその宝玉は愛禅の手に落ち、愛禅自身も10銀当選要と共に行方をくらました。結果、もともとは侵入者旅客として精霊帝を混乱させた黒崎一護たちは後手13体との融和を果たす。そして現世へ戻る日、朽木ルキアは一護たちとの別れを選び、黒崎一護はそれを受け入れる。彼らの高校1年生の夏休みは終わりを告げようとしていた。
せえな。こんな朝っぱらから俺様の神聖な睡眠を邪魔しやがって。もうちょっとでね、姉さんと井上さんの必殺サンドイッチコンビネーションが炸裂。イチゴ！やっと帰ったか、イチゴ！よっしゃ！これでこのうぜえおめえの体ともおさらばだぜ。あ、そっか、おめえが帰ったってことはおかえりなさい、姉さん。姉さんは向こうに残った。じゃあてめえは一体何しにソウルソサエティ。おお、この死神大交渉、本当にこいつをギコンガンに戻せるみたいだな。悪いな、今日ぐらいゆっくり休ませろ。明日になったら文句ぐらい聞いてやるか。そういえばこれ、ルキアはソウルソサエティで長年背負ってきた因縁にケリをつけた。ガンジュや空格さんたちとのこと、白夜とのこと、そしてソウルソサエティに残る決心をしたルキアの表情には悲しみの色は消え去っていた。向こうを出るとき、浮竹さんから渡されたこれは死神代行戦闘許可証、通称代行証っつうもんらしい。ソウルソサエティにも死神代行に対しての法律があるらしく、死神代行がソウルソサエティに有益だと判断したらこいつを渡す決まりになってるそうだ。現世に帰った俺たちを迎えに来てくれたのは浦原さんたちだった。浦原さんは俺たちに会うなり詫びを入れてくれた。ルキアの体に宝玉を埋め込んだのは浦原さんだし、理由はどうあれルキアや俺たちを危険にさらしたのは確かだ。でもそれはもう終わった話だ。俺たちは浦原さんに助けてもらったし、強くしてもらった。ルキアを救うことができたのは浦原さんのおかげだったと思う。とにかく俺たちは全員無事に帰ってきた。明日からまた死神代行としての日常が始まる。お兄ちゃん、バスの時間になっちゃうよ。そうだぞイチゴ、さっさと支度して学校行ってらっしゃい。おはよう、黒崎くん。おはよう。今日も能天気な髪で何よりだな。どういう意味だよ。そういえば2学期から転入生が来るんだって。楽しみだね。そうなのか。おい、イチゴ、フォローか。ああ、行ってくる。
悪いな、てめえを切るぜ。これでどうだ。切り伏せる。このようだね。貫く。避けてみる。叩き切る。つーかさ、そこらのフォローを片付けるくらいなら俺一人でも大丈夫だったんじゃねえか。お前らまで学校抜けなくてもよ。ぶっちゃけ学校抜け出すの一度やってみたかっただけなの。言い訳しないのはいいが、ぶっちゃけすぎだ井上。そういや石田はどうした？石田君はずっと調子悪いみたいだよ。あ、そうなのか。向こうから戻るよりもずいぶん前から。気づいてたか？いや、黒崎君たちには気づいてほしくないんじゃないかな。石田君はきっとそういうとこを人に知られるの好きじゃないから。黒崎いちごね。まったくそんな茶番に加担しろとは。技術開発局を便利屋か何かと勘違いしてるんじゃないのかね。まあそう言わずにね。その代わりと言ってはなんですけど。ほう。後手13体で派手な催しが開かれるとは珍しい。してそのボードゲームというのは何なのだ。何でも現世で流行っとる遊戯らしく、専用の盤面を使用して勝敗を競うもんじゃそうです。将棋や囲碁のようなものだろうか。まず間違いないでしょうな。現世では将棋も囲碁もボードゲームっちゅうもんとして扱われとるそうですし。なるほど。参加者はもう決まっておるのか。いえ、ですが5艇13体の中でナンバーワンは誰なのかっちゅう話で盛り上がっておりますけ。おそらくは他の隊も代表として隊長格が参加するんじゃなかろうかと。ならば7番隊の代表はわしが務めよう。遊戯とはいえ勝負は勝負。負けるわけにはいかぬからな。これより後手13体ボードゲーム大会を執り行う。精霊亭通信編集部より実況解説を務める久木です。それでは早速参加者の面々を見てみましょう。まずはこの方。隠密起動は遊戯にも通用するのか。2番隊代表ソイフォン隊長。我らの情報収集力を甘く見るなよ。ボードゲームについてすでに調査済みだ。続いてこの方。その冷静沈着さで勝利をつかめるか。6番隊代表
朽木白夜隊長。兄様頑張ってください。案ずるな、私は負けぬ。おいルキア、浮竹隊長の応援はいいのか。お次はこの方。頭脳戦でこの方の右に出る者はいるのか。12番隊代表黒土真由里隊長。圧勝というのも面白みに欠けるからね。せいぜい前線してくれたまえよ。さあ続けてどんどん紹介していきましょう。主だった隊長はほぼ全員参加しておるようだな。だな。何でもソウルソサエティを活気づけようってとこからこの大会の開催が決まったみたいだぜ。山爺も案外乗り気みたいだしね。まあ今日は楽しく遊ぼうじゃない。後手13体ボードゲーム大会もいよいよ佳境。最後のゲームは12番隊が独自に開発したその名も12番隊式死神すごろく。12番隊式。さあ一体どんな結末を迎えることになるのか。早速始まるようです。一番手は俺から行かせてもらうぜ。サイコロの目は5だ。室ヶ谷隊長が止まったマスはこちらです。副隊長がずり休みした会議に出る。1回休み。なんだと出だしから運がないな。2番手は私だ。サイコロは6。この勝負私の勝ちだな。ソイフォン隊長が止まったマスはこちらです。憧れの人に褒めてもらえる。2回休み。なぜ2回休みになるのだ。まあしかし褒めていただけるというのなら。隊長ともあろう者がたかがゲームに不甲斐ない。私のサイコロの目は5だ。朽木隊長が止まったマスはこちらです。妹が家でした。振り出しに戻る。バカな。兄様。さて次は私の番かね。サイコロはどうやら4のようだよ。黒土隊長が止まったマスはこちらです。目障りな同僚が消えて研究がはかどる。なんとさらに4マス進む。おやおや、私ばかりが良い結果で申し訳ないね。さすがです、マユリ様。しかしこのような大規模なゲーム大会を立案するとは一体どこの隊が。どうも今回の会は12番隊が企画しとるみたいです。皆しばし待たれよ。駒村隊長。やはりな。このサイコロ何か細工が施してある。どういうことか説明してもらおう。12番隊隊長。はて一体何のことかね。知らぬ存ぜぬで通すつもりか。ならばその手に隠し持っているものは何だ。隠し持っている。一体何をだね。わしの目と耳はごまかせぬぞ。貴公の企み、今ここで暴いてくれる。どうしたのかね、駒村隊長。まだとぼけるつもりか。先ほどから貴公が何かを操っていたことは明白。真剣に挑む者たちをたばかった責任は取ってもらうぞ。おとなしくするんだよ。ここ
くればあとは赤子をくりぶ程度の手間で済みそうだ。それ来ればあとは赤子をくりぶ程度の手間で済みそうだ。まだ終わるわけには。ほう、かような姑息な真似をするとは。改めて真意を聞こう。何、データ収集の一環だよ。誰が最初に私の細工に気づくかとね。聞こう。我々が真剣にゲームを行っている裏でそんなこと。いや、実に有意義だったね。これにて失礼するよ。黒土。さすがは駒村隊長。黒土隊長のイカさんを見抜くとはお見事です。そういえばこの催しはいや最近みんな暗かったけどこんなに盛り上がるなんてな。開催してよかったぜ。でもまさか黒土隊長が言い出すとは驚いたよな。まさか黒土は初めからこれを狙って。黒土、貴公も内心では我々を楽しませようと考えていたのか。なんかもうボードゲームで決着をつけるって雰囲気じゃねえな。ああ、今日この場の主役は駒村で決まりだろう。よくぞからくりを見破った駒村よ。源流祭殿、それじゃ宴といきますかね。ほらほらこっち来なよ駒村隊長。久々に一杯やろうじゃないか。いただこう。しかしなぜ君が駒村に花を？松本蘭義君。別に大した理由なんかないですよ。この間の件があったから駒村隊長も周平たちもなんとなく暗いし、少しでも気分転換になればって思っただけです。特に駒村隊長って飲みに誘ってもなかなか来てくれませんから。おかげさまでみんないい顔してました。ありがとうございました。でもなんであそこまでしてくれたんですか？何か別の理由でも。私が自分の得にならないことなどするはずがないだろう。わざわざ説明する義理もないんだがね。あの操作装置はダミーなのだよ。本命はサイコロの方に組み込んでおいた冷圧を測る装置だ。おかげでいい情報を得られたよ。ちゃっかりしてますね。さて約束通り代償は払ってもらうとしよう。現世から取り寄せた初物のサンマです。いい香りでしょ。炭火で焼いてますし美味しいですよ。すだちとおろし、お醤油も用意しておきましたからお好きにどうぞ。なるほどね。早速食べるとしよう。はい。じゃあ私はこれで。そういえばね、あの話は本当なのかね。はい、先日駒村隊長には傘を貸していただきました。傘というのはあの傘かね。他にどんな傘があると。まあいい。これでこちらも借りは返した。はい、ありがとうございます参り様。頭部をアレンジして傘に。
どうされましたか、マイリ様。何でもないよ。次の調整を楽しみにしているといい。フォローか。空間を裂いて現れたメノスグランデか。こいつなんてレアつだ。だが問題はない。クインシーの能力はなくしはしたが、フォローの襲撃に備えて手を打っていなかったわけじゃない。残ったわずかな霊力だけでも戦う術はある。レンゼフォルメルベントイグラールハイゼン。修行の合間に霊力を溜め込んでおいた銀刀、旧式の道具だが、これを使えば倒せないまでもかなりのところまで戦える。やれやれ、無様な姿だな、ルリュウ。あんたは龍拳。父親の名を呼び捨てか。相変わらずだな、ルリュウ。どういうことだよ。どうしてあんたがクイーンシーの能力を。あんたあんなにクイーンシーを毛嫌いしてたじゃないか。だからクイーンシーの能力なんてとっくに捨てたものだと。だからお前はバカだと言うんだ。言ったろう。私には興味がない。お前には才能がない。あいにくと私の能力はお前のように簡単に消え去るような代物じゃないんだ。石田龍拳、好むと好まざるとにかかわらず、それが先代石田宗拳から全ての力と技術を継承し、最後のクイーンシーを名乗ることを許された。ただ一人の男の名だ。クイーンシークロス。ウリュウ、お前は未熟だ。未熟なままソウルソサイティへと向かい、そしてその未熟な力すらも失って帰ってきた愚か者だ。だが私ならお前のその失った能力を元に戻してやることができる。信じられないか。だが事実だ。ただしそれには一つ条件がある。なんだ。今後一切死神には関わらんと誓え。扁平足の兵に小野の妹子の子、真打ちの真にからし明太子の子で平子真嗣です。よろしく。石田は12番隊隊長の黒土ってやつと戦っとって浮武さんから聞いた。石田に何かあったとしたらその時しかねお隣さんやな、仲良うしてや黒崎くん。
ああ、転校生のああ、よろしい。ごめん先生、ちょっと便所。すまん。なんというかああいうやつなんだ。ああ、いや、かめへんかめへん。思ってたまんまや。ありがとな石田。こんなやついつの間にかボロボロでさ、おかげで助かった。それじゃあ僕はこれで失礼する。まあちょっと待て石田。黒崎くんたちには気づいてほしくないんじゃないかな。石田、まさか。なんだ。ああ、いや悪い、なんでもねえや。おかしなやつだな。改めて冷圧を探って初めて気がついた。石田のやつクイーンシーの力を失ってやがる。いやだ、もう嫌だこんな生活。大外に出たいや。プリンプリンの女子と触れ合いたいや。うるせえな、ギャーギャー騒ぐなよ。ゆずたちに聞こえるだろ。これが騒がずにいられるかってんだ。このまま閉じ込め続けるならグルミ県侵害で告訴してやる。姉さんがいた頃は閉じ込められてても何の苦痛もなかったのにな。姉さんカムバック。しつけえぞ。もういいから黙って寝ろ。おい、いい加減慣れてきたなこいつにも。じゃあな、帰ってくるまでよろしく頼むぜ。バタバタ暴れんじゃねえぞ。いいな。了解。ごゆっくり。さて、夜とはいえ久々の外だ。わずかな青春をエンジョイするぜ。悪さはしません。よし、こんなとこか。てめえ、開こう。そいつは残白刀か。何者だてめえ。あんまし騒ぎなや、黒崎一号。お前みたいな冷圧のやつがそない簡単にざわついたらあかん。世界に響いて感づかれるで。感づかれる？誰にだ？誰にやと？そこまで言わな分かれへんのか、ボケが。てめえ、開こう。そいつは残白刀か。何者だてめえ。あんまし騒ぎなや、黒崎一号。お前みたいな冷圧のやつがそない簡単にざわついたらあかん。世界に響いて感づかれるで。開こう。何者だお前。見てみ、言わんこっちゃない。お前が冷圧ガタガタ刺しよるからや。てめえは誰だって聞いてんだよ。難儀なやっちゃな。そない俺が何者か気になんのんかい。いずれ
切るぜ。しゃあないの。ほれよう見。これなんや。ホロの仮面。せや、残白刀にフォローの仮面。もうわかるやろ。俺は死神からフォローの領域に足を踏み入れたもの。言うたろ、仲良うしてやって。俺はバイザーだ。お前の道具。俺らんとこへ来い、イチゴ。お前はそっち側におるべき人間やない。なんだこのレアツ。しかももう一個のバカでかいのはホローか。ホローの方も今頃気づいてんのかい。ほんまに大丈夫なんかこいつ。しかしこのもう一個のレアツ知らんやつやな。誰や。待てこら、どこ行くねんイチゴ。まだ俺の話の途中や。断る。まだや言うてるやろ。いいんだよ話の内容なんか。おめえらの言うバイザードってのがどんな組織だろうが、俺はおめえらの仲間になる気はねえんだからよ。俺は死神だ。おめえらの仲間じゃねえ。ほんま難儀なやっちゃのう。もしもし、平子やけど猿垣さんの携帯ですか。すまん、失敗してもうた。しゃあないやろ。ややいいなや。もうどうせ時間の問題や。気長に行こう。グランドフィッシャーだよな。イチゴがいない間にちょっと夜遊びしたぐらいで、なんであんなやつに追いかけられなきゃいけねえんだ。なぜ逃げる黒崎一号。さっさと死神の姿に戻れ。そうか、あいつは俺のことイチゴだと思って。チキシャー、チキシャー、チキシャー。なんで俺ばっかこんな目に遭うんだ。チキシャー。つか、なんであいつ仮面が半分外れて顔が見えてんだよ。あいつ本当にフォローなのか。フォローさんよ、悪いが今ちょっとイチゴは留守でね。代わりと言っちゃなんだが、俺と遊んでいかねえか。なんだお前は。悪い悪い、自己紹介がまだだったか。俺は黒崎一心だ。黒崎、そうか、お前黒崎一護の親父だよ。俺、隠れてろコン。俺の名前まで。いつから俺がイチゴじゃねって気づいてたんだ。最初からだよ。なるほど。親が死神ということは
黒崎一護は心血か。ならばわしが奴に遅れを取ったことにも得心がいく。じゃが一心とやらわしはお前に興味がない。わしが今宵ここへ来たのは黒崎一護を殺すため。黒崎一護を出せ。知らんよ。うちは放任主義でね。それにあんたが俺に興味がなくてもこっちはあんたを切りに来てんだ。相手してもらえないと困るね。切りに来ただと。死神風情が大した口を聞きよるわ。よもやお前わしをただのフォローなどと思うとるんじゃなかろうな。アランカル、仮面を外し死神の能力を手に入れんとするフォローの一団だ。そうだろ。なんじゃ、案外と博識じゃないか。ならばこの剣に勝てぬことも分かっておろう。残白刀、むちゃくちゃなでかさじゃねえか。そうじゃ。残白刀の巨大さはすなわち霊力の巨大さ。お前のその小枝のような残白刀ではわしの残白刀に勝てるのは自明の理だ小僧。基本から教えといてやろう。隊長クラスの死神は全員残白刀のサイズをコントロールしてるんだよ。ねえとどいつもこいつもビルみてえな刀振り回すことになっちまう。今のお前みたいにな。覚えとけ。残白刀のでかさで相手の強さは測れねえ。死神語るのはそれからだ坊主。一撃かよ。撃てましたか敵。来てたのか浦原。お久しぶりっす一心さん。いやー、腕は鈍ってないみたいっすね。安心しました。冷圧もしぼんでいないみたいで。どうっすか20年ぶりの死神の体は。まあまあだ。心は晴れましたか。まあまあだ。もともと言うほど恨んじゃいねえんだよ。あんなフォローのことは。俺がこの20年の間でかけらも張れねえほど恨んでることがあるとすれば、そいつはあの夜正樹を救えなかった俺の無力だけだ。変わんないっすねそういうとこ。息子さんとそっくりだ。いてねえよ。息子さんといえば気づいてます？ああ、お前さんの読み通り接触してきたみたいだな。ヴァイザードだ。禁術を使ってフォローの能力を手にしようとした元死神の無法集団。所在も思想も一切不明。厄介だぜ。けど黒崎さんに接触してきたということは。ああ、連中も何らかの戦いの準備をしてるってことだ。俺たちと同じようにな。連中も感づいてんだろうさ、アランカルどもの急激な変化にな。やっぱりさっきのフォローはアランカルなんですね。ああ、だが今までに見たアランカルもどきどもとは完成度はまるで別物だった。何十年も進歩のなかったアランカルもどきどものレベルが跳ね上がってんだよ、ここへ来ていきなりな。分かってんだろ、こいつはつまり。
愛禅宗介。あいつがアランカルもどきどもに接触し、真のアランカルを作り出そうとしてるってことだ。宝玉の力を使ってな。レベルは跳ね上がったが、冷圧の濁り具合でわかる。あのアランカルはまだ未完成だった。おそらくはこのレベルでどの程度戦えるかってデータ集めのために出してきた試作品だ。今でこそあのレベルだが、宝玉の力は絶大だ。奴はすぐに研究を終えるぜ。そして完成した真のアランカルとメノスの軍勢を従えて世界を潰しに現れる。どうするよ。なんとかしましょう。いずれにしろこの事態だ。敵味方はともかくとしてみんな動きますよ。ファイザーども、私たちも、そしてソウルソサイティも。俺はバイザーだ。お前の同類や。俺らんとこへ来い、イチゴ。お前はそっち側におるべき人間やない。力を戻してほしければ今後一切死神には関わらんと誓え。誓え。おはよう、黒崎くん。おはようさん、イチガくん。あいつ普通に投降してきやがった。おはよう。平子くん。おお、名前覚えてくれたんや。ちょっと来い、平子。なんやなんや。痛いな。なんやねん。そない切れんでもええやんけ。平子、お前なんでまだ学校に来てんだ。むっちゃいいよな。学校来るんは学生の義務やろ。お前がうちの学校に来たのは俺を仲間に引き入れるためじゃねえのか。俺はきっちり断っただろうが。なんも分かっとらんな。もう遅いね。お前の症状はいっぺん発症したら二度と元には戻られへん。お前がどう思うが、お前はもうこっち側やねん、一味。織姫ちゃんもでかいのもメガネも他のいろんな死神たちもみんな仲間やと思ってるやろ、お前。違うで。仲間でおれんのは今だけや。今のまま死神でおり続けたらお前はいずれ必ず内なるフォローに飲まれて正気を失う。そうなったらしまいや。お前の力は全てを壊すで。仲間も未来もお前自身も全部巻き込んで粉々にの。ほんまはもう気ぃついてんのと違うか。お前自身の内なるフォローがもう手つけられんぐらいでかなっとるいうことに。俺とこい、イチゴ。正気の保ち方教えたるわ。来たか。聞かせてもらおうか、お前の答えを。力を
クイーンシーの力を取り戻したい。それで誓います。僕は二度と死神ともその仲間とも関わらない。見つけた。織姫ちゃん。何つけられてんねんボケが。黒崎くんに聞いてもきっと黒崎くんは何でもないって答えると思うから、あなたに直接聞きに来たの。平子くん、あなたたちは何者？黒崎くんをどうしたいの？そないなもん聞かれてさらっと教える思てんのか？猿垣日和。いやないわ。名前や名前。うちの。あんたらも名乗り。井上織姫。佐渡安虎だ。そうか。まあええわ。あんたらに教えたることは何もない。あんたらはここで死に。すいませんした。シンジ、こら話せボケ。あいつらしまいたんねん。あかんわアホか。俺ら狙いはイチゴやろ。まだ他と騒ぎ起こさんで。行っちゃった。何だったんだ一体。聞こえるんだ。白夜との戦いで現れたあいつを俺が追い払ってから。それに捨てても捨てても手元に戻ってきてたあの仮面が突然消えた。それからだ。それからずっと聞こえるんだ。俺の中であいつが俺を呼ぶ声が。少しずつ近づいてくる。日ごとにじゃない、もっとずっと早い。さっきより今の方が確実に近づいている。平子に言われるまでもね。分かってんだ。このままじゃ必ずあいつに飲まれて俺は消える。俺はどうすりゃいいんだ。なんだこの冷圧は。申し上げます。12番隊より報告。唐倉町東部にアランカルの反応あり。数は2体。その冷圧、濃度、安定性から見て生体であると思われます。現れたか。面ついてた頃に何度か来たが相変わらず現世はつまんねえところだな。ウルキオラ霊視が薄すぎて息しづれえしよ。文句を垂れるな。俺は一人でいいと言ったはずだ。来たがったのはお前だぞ闇。
かっててもムカつくんだよ。結局何匹殺しゃいいんだっけか。一人だ。それ以外を殺す必要はない。今現世でまともに戦えるレベルの霊圧を持ってるのは多くても3人だと聞いている。それ以外はゴミだ。探し出すのはたやすい。なんだお前ら。井上、話した通り下がってくれ。無理しないでね、佐渡君。ウルキオラ、こいつか。ヤミ、お前もうちょっとペスキスを鍛えて自分で判断できるようになれ。一目見ればわかるだろう。そいつもゴミだ。そうかい。佐渡君。ウルキオラ。きっと佐渡君は分かってたんだ。この人たちがすごく強くて私でも自分でも歯が立たないってこと。そう思ったから佐渡君は私をかばって一人で戦ってくれたんだ。蒼天騎手。なんだ、直せんのか。つーかそいつ生きてんのかよ。しぶてえなおい。回復術か。いや違う、これは回復術じゃない。時間回帰か空間回帰か、どちらにしろ回復とは別の何か。見たことのない能力だ。妙な人間だ、女。なんとか持ちこたえなくちゃ。せめて黒崎くんが来るまで。ダメ。どうしてすぐ黒崎くんに頼ろうとするの。今黒崎くんに負担がかけられない。黒崎くんが何を悩んでるのかはわからないけど、黒崎くんに頼らずにこの人たちを追い返して少しでも安心させてあげなくちゃ。私にできることはきっとそれぐらいだから。おいおい、なんだその目。まさかやる気だってのか。佐渡君、石田君、黒崎君、みんな私が守るから。いいぜ、来いよ。椿。古典斬首。私は拒絶する。なんだこりゃ、ハエか。椿君、そんな。どうするよウルキオラ。こいつ珍しい術使うから手足もいでアイゼン様に持って帰るか。いや、必要ない。殺せヤミ。あいよ。なんだてめえは。黒崎君。悪い、遅くなった。ごめんね黒崎君。私がもっと強かったら。謝んねえでくれ井上。心配すんな。俺がこいつらを倒して終わりだ。慣れてねえんだ。でも行くしかねえよな。避けてみる。悪いな、てめえを切るぜ。シャドウの右腕をやったのはてめえか。まずてめえの
今のは山崎さん。これでどうだ。マリーナ、てめえを切るぜ。バカにしやがって。シャドの右腕をやったのはてめえか。もらうぜ、てめえの右腕。なんだと。バカが。だからペスキスを鍛えろと言うんだ。相手の力量も計らんうちに飛び出しやがって。しかしあのガキ、ヤミーのイエローを切り裂いて腕を切り落とすとは、挽回を手に入れて間もないと聞くが、相当な冷圧コートだ。だがこの程度ではまだアイゼン様の脅威になるとも思えんが。くそ、ガキが。まだ立ってられるのかよ。見た目通りタフだな。随分苦戦してるな。変わってやろうか。うるせえ。おいおい、こんな奴相手に残白刀まで使うのか。うるせえっつってんだ。残白刀、腰に刺してたあれはやっぱり残白刀だったのかよ。割れた炎の壁、胸の穴、残白刀。ここに来る前から妙な冷圧だとは思ってたが、何なんだこいつら。行くぜ。同類か。平子や俺と。クソ、来やがった。消えろ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 。俺はてめえの。黒崎君、うるせえよ。井上。くそ、体が動かねえ。俺がてめえを拒否したら今度は俺の邪魔するってわけかよ。畜生。なんだか知らねえが急に動きが止まりやがった。死ね死ねえガキが。妙だ。あのガキ、急に冷圧の揺れがでかくなった。しかも揺り幅が尋常じゃない。低い時の冷圧はゴミみたいなもんだが、高い時の冷圧は俺よりも上だ。どういうことだ一体。終わりだガキ、潰れて消えろ。ああ、どうも。遅くなっちゃってすいません、黒崎さん。なんだ、次から次へと邪魔くせえ連中だぜ。割って入るってことはてめえらから殺してくれって意味でいいんだよな。バカが。頭に血を上げすぎだヤミー。こいつらは浦原喜助と司法院夜市だ。お前のレベルじゃそのままでは勝てん。引くぞ。逃げる気からしくない挑発だな。貴様ら二人がかりで死に損ないのゴミ2匹守りながら俺と戦って、どちらに分があるかわからんわけじゃあるまい。差し当たっての任務は終えた。アイゼン様には報告しておく。あなたが目をつけた死神もどきは殺すに足りぬゴミでしたとな。
井上。何黒崎くん。その謝らないで。え、大丈夫。私が勝手に飛び込んで、私が勝手に怪我しただけだから。全然痛くなんかないから。だからそんな顔して謝らないで。どうしてだよ。チャドもやられた、井上もやられた。みんな俺が弱いせいだ。謝る以外にどうしたらいいのか分かんねえよ。でこっちでいいんでしたっけ？知らない。いやほら、向こう出るときメモ持ってたじゃないですか。なくしちゃった。なく？いやちょっと何してんすか。ガタガタ言うなよ。冷圧探りゃいいだろうが。しかし窮屈な服だな、おい。じゃあ僕たちみたいに裾出せばいいのに。うるせえぞお前ら。着いたぞこの部屋だ。ほら開けろ。おーす、元気かイチゴ。レンジ、一角、弓近、乱撃さん、藤四郎。室ヶ谷隊長だ。お前らなんでこっちに？上の命令だよ。アランカルとの本格戦闘に備えて現世に入り、死神代行組と合流せよってな。アランってなんだ？ああ？なんだお前、相手が何者かも分からずに戦ってやがったのかよ。たわけ、貴様がこの間ボコボコにやられた連中のことだ。ルキア。久しぶりだなイチゴ。ルキア。ん？なんだそのふぬけた顔は。ちょっと来い。なんだルキア、おい、どこ行く気だこら。やっぱりこうなったわね。そうっすね。まったく世話の焼ける野郎だ。ま、あんだけふぬけた面見せられちゃあしたくもなるだろうぜ。おいルキア、一体どこ連れてっ気なんだよ。うるさい。いいから黙って走れ。見えたぞ、そこだ。ほら。何をしている。さっさと戦え。その程度のフォローを倒すことなどわけないだろう。うるせえな。言われなくてもそうする。どうした。うるせえ。知っておるぞ貴様。アランカルどもにやられてから一度も死神化しておらぬだろう。何を恐れておるのだ。敗北が恐ろしいか、仲間を守れぬことが恐ろしいか、それとも貴様の内なるフォローが恐ろしいか。敗北が恐ろしければ強くなればいい。仲間を守れぬことが恐ろしければ強くなって必ず守ると誓えばいい。内なるフォローが恐ろしければそれすら叩き潰すまで強くなればいい。他の誰が信じなくともただ胸を張ってそう叫べ。私の心にいる貴様はそういう男だイチゴ。避けてみやがれ。叩き悪いな。悪いな、てめえを切るぜ。それでいい。やればできるではないか。
うるせんだよてめえは。井上！朽木さん。久しぶりだな。こっちに来たんだね。いつまでいられるの？その話はひとまず後だ。ほれ！黒崎くん。井上、俺弱くてすいませんでした。俺は強くなる。強くなって次は絶対お前を守るから。よかった。いつもの黒崎くんだ。ありがとう黒崎くん。ありがとう朽木さん。おかえり。久しぶりだなコン。ああ、ひと夏越しの再会にもかかわらず一遍の迷いもないこの踏みつけ。これぞまさしく姉さん。俺は幸せっす姉さん。遊んでねえで入んならさっさと入れよ。この小部屋に入るのも久々だな。うるせえな、子は余計だ。白夜んちと比べんじゃねえよ。すまんな、ついうっかり。何がうっかりだって。こら勝手にベッドに座んな。いいではないか、心が狭いな。うるせえ。さあとっとと教えろよ。アランカルってのが何なのか、なんで俺らが狙われてんのか。待ちな、そいつは俺たちが教えてやろう。おい！狭いな。それに地味な部屋だね。僕が美しくしてあげようか。そう？男の子の部屋にしちゃ整理されてていいじゃない。ほらただでさえ攻めんだからとっとと奥に詰めろよ。てめえら何勝手に人の部屋に入ってきたんだこら。アランカルは仮面を外し、フォローと死神2つの力を手に入れたフォローの一団だ。今まで数も少なく未完成だったが、そこに宝玉を持ったアイゼンが接触することで生体のアランカルが誕生した。そいつがこないだの2体だ。ここまではわかるな。ああ。当初ソウルソサイティはアイゼンが直接事を起こすまでは静観するつもりだったんだ。こっちも隊長3人一気に抜けてまだバタバタしてたしな。だが予想外に早く生体が完成し、そいつが現世に送り込まれたことでそうも言ってられなくなった。そこで急遽選抜されたのが俺たちだ。選んだのは山本総隊長だ。四十六室が死んで次の四十六室が決まるまでの間、決定権が総隊長に降りてきてるんだ。とりあえずお前を一番よく知ってるってことでルキアが選ばれて。違う、実力で選ばれたのだ。動ける戦闘要員の中で一番ルキアと近しいってことで俺が選ばれた。で隊長格以外で俺が一番信頼できる戦闘要員を選べって言われて、俺が一角さんに同行を頼んだ。
そしたら弓近さんが僕も絶対行くって言い出して、騒ぎを聞きつけた蘭菊さんが面白そうだからって行きたがって、蘭菊さんがどうしても行くって聞かないもんだから、室ヶ谷隊長が引率として仕方なくって感じだな。ピクニックかよ。ともかくてめえは確実にそのアイゼンに目つけられてるってことだ、黒崎一護。室ヶ谷隊長だ。一人だけ正面から入るのを断固拒否したノリの悪い室ヶ谷隊長だ。窓が開くの外でずっと待ってたんすか？ダメっすよ。それでなくても銀髪の小学生なんて目立つのに。てめえら向こうに戻ったら覚えとけよ。アランカルは確かにフォローの面を剥ぐことで生まれる。だがその辺のフォローの面を剥いだところで大したもんはできやしねえ。本気でソウルソサエティに戦争を仕掛けるつもりなら、アランカル化の対象はおのずとメノス以上に限られる。メノス以上？なんだよ、まるでメノスよりまだ上のフォローがいるみてえな言い方じゃねえか。ああ、いや、正確にはメノスの中にさらに3つの階級が存在するんだ。1つ目はギリア。メノスの中の最下層で人間に例えるなら増標に近い。数も多く全て同じ姿をしているのが特徴で、ソウルソサエティで一般にメノスグランデとして教本などに載せられているのはこのタイプだ。お前がソウルソサエティに来る少し前に戦って追い払ったメノスがこのギリアンだな。あいつが増標？こいつは巨大だが動きが緩慢で知能は獣並み。隊長クラスなら倒すのにそう問題はない。問題は次からだ。2つ目はアジューカス。ギリアンよりもやや小さく数も少ないが知能が高く、戦闘力はギリアンの数倍。数の多いギリアンをまとめる存在だ。そして3つ目がバストローデ。最上級のメノス。大きさはフォローとしては極めて小型で人間と同程度。数は極めて少なく、ウェコムンド全域に数体しかいないと言われているが、はっきり言う、このバストローデ級の戦闘能力は隊長格より上だ。そしてアランカル化によってメノスどもが手に入れる力は未知数だが、隊長格が3人抜け、それがそのままメノスどもの上についた今、これだけは言える。もし現時点でアイゼンのもとにこのバストローデ級が10体以上いたら、ソウルソサエティは終わりだ。ただいま戻りました、アイゼン様。おかえり、ウルキオラ、ヤミー。さあ、成果を聞かせてくれ。はい。なるほど。それで彼をこの程度では殺す価値なしと判断したというわけか。はい。我らの妨げとなるようなら殺せとのご命令でしたので、それに理屈がどうだろうが、殺せって一言が命令に入ってんなら殺した方がいいに決まってんだろうが。ああ、グリム城。大体ヤミ、てめえはボコボコにやられてんじゃねえか。それで殺す価値なしとか言っても殺せませんでしたにしか聞こえねえよ。なんだと。よせ。グリム城、我々にとって問題なのは今のこいつじゃないってことはわかるか？
アイゼン様が警戒されているのは現在のこいつではなくこいつの成長率だ。確かにこいつの潜在能力は相当なものだった。だがそれはその大きさに不釣り合いなほど不安定で、このまま放っておけば自滅する可能性も、こちらの手駒にできる可能性もあると俺は踏んだ。だから殺さずに帰ってきたんだ。それが無理って言ってんだよ。そいつがてめえの予測以上にでかくなって俺らに盾ついたらてめえはどうするってんだよ。その時は俺が始末するさ。それで文句はないだろう。そうだな、それで構わないよ。君の好きにするといい、ウルキオラ。ありがとうございます。で、お前らいつ帰んだよ。何言ってんだ、帰んねえよ。アランカルどもとの戦いが終わるまではこっちにいるぜ。いるぜって言っとくか。うちはこんな人数止めるスペースねえかんな。まあとりあえず私は織姫んとこ止めてもらうわ。もらうわって、もう井上に許可取ったのかよ。取ってないけど、あの子は頼めば嫌とは言わないわよ。あ、隊長も来ます？行くかボケ。来ればいいのに。楽しいですよ。お前がな。俺らも行くぜ。当てがあんのか？あるわけねえだろ。気遣いは無用だ。もとよりてめえの世話になる気はねえ。てめえの寝床ぐらいてめえで探すさ。僕と隠して歩いた方がいいぞ。さて俺も行くか。どこへだ？とりあえず浦原さんって人のとこに行ってみる。たった数日でてめえを俺らと戦えるレベルまで鍛え上げた人だろう。一度会って見ておきてんだ。それにいろいろと聞きてえこともあるしな。そうか。浦原は変態だから気をつけろよ。で、お前はどこに泊まる気だ？待て、こらルキア！たわけ、私の寝床はあそこしかないだろう。アホか！お前うちの家族になんて言い訳する気だって話聞けこら！でね、お兄ちゃん、黒崎くんが元気になったの。それでやっぱり朽木さんはすごいな。ちょっとだけ羨ましいや。誰だろう。ああ、さっぱりした。やっぱりお風呂はいいわ。ありがとね、織姫。喜んでもらえたならよかったです。あんたさ、今日なんでそんな元気ないの？そんなこと。相談しなさいよ。聞いてあげるから。いや、でも別に元気なくなんてないですから。相談しないと痛いことするわよ。朽木さんってすごいですよね。あんなにずーっと元気なかった黒崎くんをガツンって一発で元気にしちゃって。私嫌な子ですよね。黒崎くんが元気になればそれだけでいいってそう思ってたはずなのに、朽木さん
んが戻ってきて黒崎くんを元気にしてくれて、すごく嬉しかったはずなのに私朽木さんに嫉妬してる。朽木さんは優しくて強くて綺麗で、黒崎くんを元気にしてくれて大好きなのに、なんで私こんな、学校ではそんなこと思わないのに、家に帰って一人になると全然ダメなの。やだ、私かっこ悪い、いやらしいよ。ランキクさん、バカな子、そのままでいいのよ。あんたも朽木も、イチゴはまだ一人で立てないガキだから、今のあの子にはあんたも朽木も必要なの。焼いて何がかっこ悪いの？あんたそうして自分の重いところちゃんと受け止めようとしてるじゃない。知ってる？そういうの逃げ回って相手にぶつけた方がどんなに楽か。逃げずに受け止めようとしてるだけ。あんた十分かっこいいのよ、織姫。よし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 、泣け泣けこの野郎。私の胸でドーンと受け止めてやろう。まだいますね、あの人。弱りましたね。何の様子かね。ソウルソサエティの副隊長さんなんかにこちらは何も用はないんすけどね。揃ったか？誰にも見られてねえだろうな。無論だ。ここへ来る途中、複数の強い霊圧を感じた。ウルキオラの報告と一致しない。ソウルソサエティから援軍を呼びやがったか。5択並べてねえで花から殺しときゃこんな面倒にはならねえのによ。だからてめえは塗りってんだ、バカ。遠慮も区別も必要ねえ。少しでも霊圧のあるやつは一匹残らず皆殺しだ。この霊圧、あいつらだ。ルキア！分かっている。おい、こっちに来てんのか？いや、霊圧を探ってはいるようだが、こちらには向かっていない。どういうことだよ。霊圧の大小に関係なく襲撃しようとしているということだ。奴ら少しでも霊圧のある人間を全て皆殺しにする気だ。でかい。そこらのフォローとは比べ物にならねえってわけか。上等だ、やってやろうじゃねえか。隊長！井上織姫は戦闘に参加しないよう下で義骸に見張らせています。そうか。構えろ松本、来たぜ。はじめまして、アランカル・ウンデシーモシャウロンと申します。10番隊隊長筆ヶ谷藤四郎だ。10番隊隊長、それは素晴らしい。ならば私は当たりというわけだ。いや、多分てめえが一番の外れだぜ。ほう、
冷圧のある人間を皆殺しだと。石田は今冷圧がゼロのはずだ。チャドと井上のところは？井上の近くには室ヶ谷隊長と松本副隊長がいる。他よりは安全なはずだ。佐渡のところは一体近づいている。冷圧が近い。どこだ？死神じゃねえのかよ。外れだ。外れかどうかなんてのは戦ってから決めるもんだぜ。それもそうだな。そんじゃてめえら全員殺してからもう一度言わせてもらうとするぜ。どいつもこいつも大外れだってな。死んでいた。イチゴが来るのがあと一瞬遅かったら俺は確実に死んでいた。チャド、下がっててくれ。待ってくれイチゴ。俺の傷ならもう。チャド、いいから俺に任せてくれよ。ああ、分かった。お前に任せるイチゴ。無事だったか佐渡。そうかイチゴ、お前はもう俺に背中を預けてくれないのか。俺はもうお前と並んではいないのか。佐渡。さあどうやって殺してやっかな。ルキアが。ああ、途中佐渡に会った。貴様奴に何を言った？何も。俺に任せて下がっとけって言っただけだ。下がれイチゴ。何言ってやがんだ。私に任せて下がれと言ったのだ。肩に力が入りすぎなのだ貴様は。戦う前からそれでは落とさぬ命まで落とす羽目になるぞ。ルキア、お前死神の力が。驚いたか。私に死神の力が戻らなかったのは浦原のあの義骸のせいだった。ならば義骸を脱いで霊視に満ちたソウルソサイティで暮らせばいずれ霊力が戻るのは道理。そうだろうルキ。そういうわけなのでおとなしく下がっててくださいぴょん。なんだてめえは。女性死神に一番人気の技根ガンチャッピーだ。私が最初に買おうとしていた技根ガンであり、そいつの代わりに手違いで手に入ったのがコンだ。マジで？じゃあ俺の体に入るはずだったの本当はこいつ？言いたかねえけどコンでよかった。カルディエッセイスディロイ13番隊。まあ言わなくていいぜ。これから皆殺しにする連中の名前なんかいちいち聞いてたらキリねえからな。なるほど。ならばせめて刀の名だけでも覚えていくといい。刀の名だけでも覚えていくといい。染めの舞月城。残念だったな。残念だったな死神。俺の本来の戦場は空中なんだよ。
地面を凍らせるその剣は空中戦には対応できねえ。死ね。残念だったな。袖の白雪は地面を凍らせる剣ではない。この円にかかる天地の全てが袖の白雪の氷結領域だ。刀の名だけでも覚えていくといい。染めの舞突きしろ。残念だったな。ルキア、お前無事なのか？無論だ。でなければこうして戻ってこられるわけがなかろう。お前その残白と袖の白雪、ルキア様の持つ氷雪系の残白刀にして現在ソウルソサエティで最も美しいと言われる刃も唾も塚も全てが純白の残白刀だぴょん。台無しだよ。ルキア様は本来石棺クラスの実力をお持ちの方だぴょん。だけど石棺になれば平隊員に比べて任務の危険度は格段に増す。だからルキア様を危険にさらしたくなかったある方が隊長たちに根回しをしてルキア様を石棺候補から外させた。ある方？そう、朽木白夜様だぴょん。だから台無しだっつってんだろ。いつまでやっておるのだ。もう良いから早く。なんだ？ディロイのやつはやられちまったのかよ。仕方ねえ。んじゃあ俺が2人まとめてぶっ殺すしかねえな。アランカル・セスタ、グリム城だ。よろしくな、死神。おっと、探す手間が省けたな。そっちから来てくれて嬉しいぜ。弓地か、こいつは俺に譲れ。言うと思った。いいよ。てめえらは運がねえ。俺に当たったばっかりにここで転げ回って死ぬしかねえんだからな。おい、名をまだ聞いてなかったな、でかいの。おう、俺か？俺はアランカル・トレッセ。いや、よそう。これから殺す奴を相手に名なんぞ名乗るだけ無駄だろ。そうか、どうやらてめえは俺とは流儀が違うらしい。お？殺す相手には名を名乗れってのは俺が戦い方を教えたやつに必ず教える最後の流儀だ。戦いに死ぬと決めたやつなら自分を殺すやつの名ぐらい知って死にてえはずだからな。ザラキ隊第三隻まだらめ一角だ。てめえは名乗る必要はねえ。俺の名だけをよく覚えときな。てめえを殺す男の名だ。言ってくれるじゃねえか。三隻ってのは副隊長以下ってことだろ。なんならそっちの死神とまとめて相手してやってもいいんだぜ。やれやれ、見くびられたもんだね。いいかい、君が戦ってるのはザラキ隊三隻まだらめ一角、ソウルソサイティ最強の11番隊で2番目に強い男だよ。だからこそ僕は加勢しちゃいけない。勝てる保証はない。だがもしここで死んだとしても決まっている。
本望さ。どうやら俺はお前を見誤ってたらしいな。お前のような奴になら必要不要に関係なく解放して戦った方がいいだろう。俺の力を認めたって話か？いや、お前のような戦い好きのバカにはどうあがいてもかなわんという恐怖というやつを骨まで刻み込んでやるべきだと思ったんだ。二度とアランカルとの戦いを楽しむ気なんぞ起きんようにな。起きろボルカニカ。これが俺らアランカルの残白刀解放だ。確かお前の流儀では殺す相手には名を名乗るんだったな。俺はアランカル・トレッセエドラド・リオネスだ。アランカルの残白刀は俺らの力の核を刀の姿に封じたもの。死神のそれとは全くの別物だ。つまり刀の解放は俺らの真の力と真の姿の解放を意味する。わかるか？この姿こそがこの俺の真の姿。そしてこのボルカニカこそがこの俺の真の力だ。どうだ？残白刀を解放したアラブカルの戦闘能力は数倍に跳ね上がる。お前ごときの冷圧じゃ受け止めることもできんだろう。こちら11番隊綾瀬川弓近。敵の破壊能力が予想を超えて増大した。まだらめ一角の半径300圏の空間凍結を頼む。多数のコンパクが巻き込まれる可能性がある。建造物に関しては通常通り出撃量から引いていい。コンパク保護を最優先だ。他の敵に関しても同様の力の増大が予想される。筆ヶ谷藤四郎、松本蘭菊、あばらい蓮司、朽木瑠希也、黒崎一護、全て同様の空間凍結を。それからまだらめ一角の体操の用意。もう諦めろ。戦士にとって時には諦めも美徳だ。お前はよく戦った。粉々に叩き潰すまではしたかねえ。まさかここまで力の差があるとはな。しょうがねえ。今なら他の連中も自分の敵だけで手一杯で気づかれることもねえだろう。よく見とけよ。そんで誰にも言うんじゃねえぞ。仕方ねえか。こんなとこで使う気なんかなかったのによ。挽回デューモンホーズキマル。挽回だと？すげえじゃねえか。政治はやめろよ。まだてめえが感心するほどの冷圧は出ちゃいねえはずだ。すげえかどうかは死んでから決めろ。妙だ。あの残白刀、さっきより冷圧が上がっている。気がついたみてえだな。ほおずき丸は俺と違ってのんびり屋でな。せっかく挽回してやってもほとんど眠ったままなんだよ。こいつが目を覚まし始めると竜の彫り込みが少しずつ赤く染まる。竜が全て赤く染まって初めて竜門ほおずき丸の破壊力は最大になる。行くぜ。のんびり屋なんだ。無理やり目を覚ましてやる必要があるんだよ。貫くぜほおずき丸。勝ちだ。
まだらめ一角か。聞いといてよかったぜ。生きてると思ってたよ、一角。当たり前だ。今日の俺はついてんだぜ、最高にな。なんだこれがアランカルの三白刀解放だと。なんてバカ力なの。まだなの。このままじゃみんな。隊長閣が挽回してもこの程度。極めて残念です。確かにあなたは一番の外れのようだ。イールフォルトが解放したか、飽きて早く片付けたくなったか、あるいは思わぬ反撃で深手を負い解放せざるを得なくなったか。いや、それはないか。イールフォルト、てめえらの仲間か。ええ、イールフォルト・グランツ、アランカル・クインセです。あなたのお仲間と交戦中のようだ。お気の毒に解放したイールフォルト相手では分が悪いでしょう。減っていますね、氷の花。それがどうした。おそらくあなたの背後に浮かぶその花はカウントダウンだ。あなたの挽回が解けるまでのね。違いますか。あなたは幼く、あなたの挽回はおそらくまだ未完成だ。挽回には莫大な量の霊力が必要であるため、隊長といえど挽回状態を長時間保つことは難しい。未完成であるあなたの挽回においてはそれが特に顕著なのです。その氷の花は時間とともに一枚ずつ花弁を落としてゆき、その全てが散った時、あなたの挽回は消える。挽回が消えてから殺すのはたやすいが、それではいくら弱いとはいえ隊長に対して失礼というもの。せめてその姿のままで叩き潰して差し上げましょう。こちらの最大戦力でね。待て、ディヘレタ。ふむ、一応本当の名を教えておこうか。アランカル・ウンデシーム、シャウロン・クーファンだ。ってことはてめえの強さはアランカルの中で上から11番目ってことか。いいえ、我々の番号は強さの序列ではなく生まれた順番です。ただし私より下に限ってはですが。分かりよく言いましょうか。我々はまず宝玉によってフォローからアランカルへと生まれ変わると、生まれた順に11以下の番号を与えられます。その中から特に優れた殺戮能力を持つ者たちが選抜され、殺戮能力の高い順に1から10の番号を与えられるのです。そして選ばれた10体はエスパーダと呼ばれ、
肉体の一部に自らの与えられた数字を記し、我々ナンバー11以下を支配する権限が与えられる。はっきり申し上げましょう。彼らエスパーダの強さは我々のそれとは別次元です。そしてさらに言うならば、今我々と共に現世に来ている者の中に一体そのエスパーダがいるのですよ。アイゼン様に第6の数字を与えられし者、セスタ・エスパーダグリムジョー・ジャガー・ジャック。さすがは隊長。これだけの力の差を見せつけられながらも逃げずに立ち向かってくる姿は素晴らしい。実にまだか。このままじゃ持たねえぞ。まだなの？松本蘭菊10番隊副隊長様、限定解除許可申請おりました。ありがとう隊長。レンジ限定解除降りたわよ。やっと来たか。待ちくたびれたぜ。限定解除。なんだ限定解除。限定解除だと？なんだそれは。限定解除。俺たち5艇13体の隊長副隊長は現世の霊なるものに不要な影響を及ぼさねえよ。現世に来る際にはそれぞれの対象を模した限定霊印を体の一部に打ち、霊圧を極端に制限されるのよ。その限定率は 80%。 つまり限定解除した私たちの力は今までの5倍だ。終わりだぜシャウロン・クーファ。くそ、やばかった。俺と交戦したアランカル・クイーンス、イールフォルト・グランツ。限定解除前とはいえ、奴は挽回したヒヒ王ザビマルの攻撃をいとも簡単に受け流しやがった。もし最初から奴が全開で戦ってたら勝てたかどうか。アランカルってな、どいつもこいつもこんなに強えのかよ。だとしたらやべえぞイチゴ。なんだこやつの霊圧は。こやつもアランカル。本当にさっきのやつと同じ種族なのか。霊圧のレベルが違いすぎる。どっちだ？強えのはどっちだって聞いてんだよ。
やっぱこっちじゃねえか。ルキア！くそ！おい、なめてんのか死神。俺はそのままのてめえを殺す気なんかねえんだよ。加減してやってるうちにとっとと出せよ、てめえの挽回を。出ねえとてめえもそこに転がってる死神みてえに穴開きにするぜ。てめえバスガイ！そいつか。こんなもんが挽回かよ。がっかりさせんじゃねえよ死神。挽回になってまともになったのはスピードだけか？ああ！面白い。見せてやるよ。いけるか？見せてやるよ。悪い。まだ行くぜ。いけるか？いいじゃん。すぐかわせるだ。ケツがなんだ今のは。そんな技ウルキョーラからの報告には入ってなかったぜ死神。がっかりせずに攻みそうかアランカル。上等じゃねえか死神。これでようやく殺しがいが出てくるってもんだぜ。ここでかよ。待てよ、もうちょっとだからよ。面白い。どうして行くぜ。見せてやるよ。見せてやるよ。ケツが傷が汗。月牙天章をもろに食らってもあの程度かよ。黒い月牙天章はもともとあいつの技だ。使えばあいつが出てくるのを早める。正気で撃つのはあと 2,3 発が限界だ。どうする？おい、ボサッとしてんなよ死神。次はこっちの番だぜ。刀を収めろグリム城。当然当然。アイゼンたちと消えた隊長か。なんでてめえがここにいんだよ。なぜかだとわからないか本当に。独断での現世への侵攻、5体ものアランカルの無断同意およびその廃止、全て命令違反だ。わかるだ。アイゼン様はお怒りだグリム城。行くぞ。お前への処罰はウェコムンドで下される。分かったよ。待て！どこ行くんだよ。うるせえな。帰んだよウェコムンドへな。ふざけんな！勝手に攻めてきといて勝手に帰るだ。冗談じゃねえぞ。降りてこいよ。まだ勝負はついてねえだろ。まだ勝負はついてねえだと？ふざけんな。勝負がつかなくて命拾ったのはてめえの方だぜ死神。さっきの技はてめえの体にもダメージを与えるってことは
今のてめえを見りゃわかる。撃ててあと 2,3 発ってとこだろ。だが仮にあの技をてめえが無限に打ち続けられたとしても、てめえに解放状態の俺は倒せねえ。解放状態だと？俺の名を忘れんじゃねえぞ。そして二度と聞かねえことを祈れ。グリムジョー・ジャガージャック。この名を次に聞く時がてめえの最後だ、死神。アランカルどもはウェコムンドに帰ったのか？勝ったのか？負けた。バカ野郎、生きてりゃそれで勝ちじゃねえか。嘘つくなよ。お前が俺ならそうは言わねえはずだぜ。俺は誰も守れちゃいねえ。傷つけたやつを倒せてもいねえ。俺は負けたんだ、グリムジョー。ルキア。おかえり、グリムジョー。どうした？謝罪の言葉があるだろう、グリムジョー。別に。貴様。いいんだ、要。私は何も怒ってなどいないよ。アイゼン様。グリムジョーの今回の行動は御しがたいほどの忠誠心の表れだと私は思っているんだ。違うかい、グリムジョー。そうです。アイゼン様、この者の処刑の許可を。要。市場だな。てめえが俺を気に食わねえだけじゃねえか。統括官様がそんなことでいいのかよ。私は調和を乱す者を許すべきではないと考える。それだけだ。組織のためか？アイゼン様のためだ。大義を掲げるのがお上手なこった。そうだ、大義だ。貴様の行いにはそれがない。大義なき正義は殺戮に過ぎない。だが大義のもとの殺戮は正義だ。波動の54入る。くさてめえ、俺の腕を枯らす。やめろ、グリムジョー。お前がそこで要を攻撃すれば私はお前を許すわけにはいかなくなる。また部下で遊ばはって意地が悪いな。見ていたのか、銀。あそこであんなん言ったら要やったらああすることを最初から分かってはったやろ。どうかな。
アランカルも5体も消えてもうたし。問題ないさ。所詮はギリアンだ。予定には寸分の狂いもない。バストローデを揃えてエスパーダが完成すれば、我々の道に敵はない。もう治ったのか？ああ、癒えている。信じがたい速さだ。ありがとう、井上。どんどん腕を上げていくな。そんな気にしないで。私なんて。治ったのか、ルキア。なんだその顔は。私の怪我に責任でも感じているのか。調子に乗るなよ。自分の怪我は自分のミスだ。貴様に守られるほど私は弱くはない。景気の悪い顔をするな。ああ。貴様の内なるフォローのことなら浦原のやつに聞いてみたらどうだ。貴様を鍛えたのはあやつだ。ならばその内なるフォローのことも、あるいは浦原さんには聞く気はねえんだ。あの人は何も話さなくてもきっと今の俺の状態には気づいてる。その解決法を知ってるならきっとソウルソサイティに行く前に教えてくれてると思うんだ。何も言ってこないってことは、あの人もこいつを抑える方法を知らねえってことだ。俺はあの人に鍛えてもらった。十分感謝してる。だからこのことであの人を問い詰めるような真似はしたくねえんだ。イチゴ。分かってる。ダメなんだ、このままじゃ。ようここが分かったな、イチゴ。その顔やっとついたみたいやな。俺らの仲間になる決心が。冷圧操作が下手くそなお前がようここを見つけられたもんやな。まあこっちはお前が来るやろ思って見つけやすいようにお前めがけてめっちゃ冷圧飛ばしてんけどなあ。イチゴ、ここに来たいうことは俺らの仲間になる気があんねやろ。ねえよ。ああ、俺がお前らの仲間になる？冗談じゃねえよ。俺はお前らを利用しに来たんだぜ。お前らの仲間にはなんねえけど、俺の中のフォローを抑える方法は教えてもらう。えらい舐められたもんやな。誰が教えるかいボケ。聞き出すさ。どうやって？力ずくで。笑かすな。イチゴくんと言いましたか。平子さんと互角とはやりますね。アホ、ちゃんと見いや。バカシンジのやつが遊んでるだけやろ。イチゴくんの方も本気で戦ってはいないように見えますがね。安保系ビビっとるわ。どっからどう見てもな。ビビるですか？フォローや。内なるフォローを呼ばんようにビクビクしながら戦ってんねん。ハッチ、結界もう5枚貼っとき。はいです。イチゴ、
お前。シンジ、のけ。イチゴ、一個言うとくわ。あんた勘違いしてるで。どういう意味だよ。選択権はこっちにある言うてんねん。あんたがうちらの仲間になりたいかどうかやね。うちらがあんたの力を見て、あんたをほんまに仲間にしたいと思うかどうか、それだけや。分かったらさっさとフォローかし、力見たるわ。断る。わからんやっちゃな。選ぶ権利ない言うてるやろ。あんたがビビってフォロー化せえへん言うんならしゃあない。うちが直接あんたん中のフォローを引きずり出してやるわ。力ずくでな。考えるんだ。こいつはなんでフォロー化しても正気でいられる。こいつはどうやって仮面を付け外ししてる。直接戦ってるんだ。いくらでも見られる。見て考えれば分かるはずだ。そのためにここに来た。挽回もしねえ、フォロー化もしねえ。あいつに魂を明け渡すのは二度と。避けてみやがれ。悪いな。てめえを切るぜ。十分や。文句ないな、日和。お前ももう分かったやろ、イチゴ。お前のフォローは頭やら体やらで考えたぐらいで抑え込めるような代物やないいうことが。合格や。フォローの抑え方、魂の芯まで叩き込んだるわ。やってられっか。何すんねんこら。なめた真似しとるとしばくとボケ。こっちのセリフだこら。フォローの抑え方叩き込んだるとか偉そうなこと言いやがったくせに、なんで丸1日以上も手作り丸出しのインチキダイエットマシンこぎ倒さなきゃいけねえんだよ。アホかっていうか、言われるままにこいだ俺もアホか。そうや、お前がアホや。お前だけがアホや。こっちとら修行つけたってんねんから、ごちゃごちゃ抜かさんということ聞かんかい。こんなもんのどこが修行だ。しのごの言わんとぶっ倒れるまでこがんかい。待てやイチゴ。そのポンコツ日和ウォーカーはこっから先の修行の基礎や。スーパー日和ウォーカーや。そいつを何日こぎ続けられるかでこっから先の修行のレベルを決める。フォロー化の制御を教えたるんは最低3日以上ぶっ通しでこぎ続けられるようになってからや。ふざけんな。こんなもん3日でも1週間でもこぎ続けられるに決まってんだろ。丸1日もこいでりゃ分かる。こいつは触れるだけでめちゃめちゃに霊力を消費する、そういう作りになってる機械だ。けど今の俺の霊力なら最低でも5日は勝て。こんな計測意味ねえんだよ。教えてくれよ、フォロー化の制御ってやつを。
こっちには時間がねえんだ。お前らの遊びに付き合ってる暇なんかねえんだよ。やかましい。時間がないやと。宝玉の覚醒期間も知らんやつがよう言うわ。待て、今なんて言った？宝玉のことも幌岡のこともよう知りもせんとごちゃごちゃ抜かすな言うたんや。なんだよ、なんでお前宝玉のことなんか知ってんだよ。知っとるわ。宝玉もアランカルも愛禅宗介もよう知っとる。何年も何年も前からな。詳しい話はまた今度や。ちょっと時間かけて俺らのやり方にコンパクなじませた方がええやろ思ててんけど、考えてみたらお前は今まで死神かも視界も挽回もとんでもないスピードで手に入れてきてんねやったな。なんでそんなことまで知って？なるほど、お前の言う通りとっとと幌岡を教えたった方がお前の性には合うてんのかもしれへんな。行くで一の後悔しなや。ハッチ、20段層結界や。はいです。聞こえるか一の。お前はこれから一度完全に幌岡する。食われるな、食い尽くせ。食われたらそこでしまいや。よう、久しぶりじゃねえか。おうよ。どうした？ずいぶん浮かねえ顔してるじゃねえか。残月のおっさんはどこだ？てめえ。わからねえな。てめえの言う残月ってな、てめえの持ってるそいつか？それとも俺の持ってるこいつのことだ。白い残月。残月はどこだと聞いたな。答えてやるよ。俺が残月だ。てめえ、残月のおっさんをどこへやりやがった。しつけえな。何遍も言わせんな。俺が残月だ。一号、てめえは分かってるかどうか知らねえが、俺と残月はもともと一つなんだぜ。俺も残月もてめえの力も、俺は残月の一部だった。一つの肉体を共有するものの、主従が変われば姿も変わる。生が支配するうちは肉に覆われ、死が支配すれば骨になる。同じ通りだ。俺の力が増大し、支配権が俺に移り、残月は俺の一部になった。俺はてめえが残月の力を引き出そうとすればするほど、てめえの魂を支配しやすくなっていくんだよ。そうかよ。それならここで俺がてめえを倒せば、残月のおっさんはまた俺の力の中心に戻ってこれるってわけだ。てめえが俺を？無理だね。無理かどうか、こいつを見てからもう一度言え。てめえ、いつの間に挽回を覚えやがった。決まってんだろ。てめえと同じ時にだ。別よ。乗ってきたじゃないんだよ。
そうカリカリせんのや楽しくやろうぜ。うるせえよ。かわせるか。まだ失望させんなよ。イチゴ、王とその牙の違いは何だ？なんだと？姿も能力もそして力も全く同じ二つの存在があったとして、そのどちらかが王となって戦いを支配し、残りのどちらかが牙となって力を添えるとき、その違いは何だと聞いてんだ。答えは一つ。同じ力を持つ者がより大きな力を発するために必要なもの、王となる者に必要なものは、ただひたすらに戦いを求め、力を求め、敵を容赦なく叩き潰し、引きちぎり切り刻む戦いに対する絶対的な渇望だ。俺たちの皮を剥ぎ、肉をえぐり、骨を砕いた神経のサラマーク、原初の階層に刻まれた研ぎ澄まされた殺戮反応だ。てめえにはそれがねえ、むき出しの本能ってやつがな。てめえは理性で戦い、理性で敵を倒そうとしてやがる。剣の先に鞘つけたままで一体誰を切るってんだ。だからてめえは俺より弱えんだよ、イチゴ。俺はごめんだぜ、イチゴ。残月のやつはどうだか知らねえが、俺は自分より弱えよ。背中に乗せて走り回って一緒に切られるのは耐えられねえ。てめえの方が弱えなら、てめえを潰して俺が王になる。本の戦いを求める。本のどこだ？ここ？うわっ！やっと目覚ましやがったか、イチゴ。ケンパチ、なんであんたがここに？っていうかここは一体。ケンパチだと？なんだそりゃ。俺はただてめえを殺しに来ただけだ。なんだよ、何言ってんだよ。あんたケンパチだろ。あんたとの戦いは終わったじゃねえか。終わった？終わっちゃいねえさ。戦いは喧嘩じゃねえぞ。どっちかが生きてりゃそれは終わりじゃねえ。あんたと戦う理由がねえって言ってんだよ。理由が必要か、戦いによ。いい加減認めろ、イチゴ。てめえは戦いを求めてる。だと？てめえは力を欲してる。そうだろ、イチゴ。力を求める奴は皆一人の例外もなく戦いを求めてんだよ。
力を手に入れるために戦いを求めるのか、戦うために力を求めるのか、そんなことはわからねえ。だがただ一つ分かってんのは、どうやら俺たちはそういう形に生まれついたらしいってことだ。戦いを求め続ける形にな、イチゴ。てめえは本能のうちに戦いを求めてる。それ以外に方法はねえからだ。力を手にするためにはな。戦えよイチゴ。制する力を手に入れたけりゃ剣を取って敵を切れ。それ以外に道はねえ。戦う。てめえの前にも後ろにもな、イチゴ。戦う。しょうがねえな。俺を倒しやがったんだ。とりあえずはてめえを王と認めてやるぜ。だが忘れんなよ。俺とてめえはどっちが王にも牙にもなるってことをな。てめえに少しでも隙があれば、俺はいつでもてめえを落としててめえの頭蓋を踏み砕くぜ。それからこいつは警告だ。本当に俺の力を支配したけりゃ、次に俺が現れるまでせいぜい死なねえよ。気をつけろ。気分はどうや、イチゴ。ああ、悪くねえ。そうかい。悪いな。させねえよ。愛禅宗介が手に入れた宝玉によって一部の力を持ったホローが覚醒。覚醒したホローはアランカルと呼ばれる強力な存在として現世へ侵攻してきた。一方ソウルソサイティ側はイチゴとも面識のある死神を中心にした先遣隊を送り込み、アランカルたちに応戦する。アランカルたちとの決戦の機運が日に日に高まっていく中、イチゴは自身の中に潜むホローの力に恐怖していた。その恐怖を見透かしたかのようにイチゴに近づいてきたのは、イチゴと同じホローの力を持つ者、ヒラコ神事。ヒラコはアランカルに対抗できる手段、ホロー化をイチゴに習得させる修行を行うのだった。そんな中、イチゴや先遣隊たちに対してソウルソサイティから連絡が入るのだった。結局今日も黒崎くん学校に来なかったな。こうして集中すれば冷圧を感じるから元気なのは確かなんだけど、黒崎くんのことだからきっとどこかでこっそり修行とかしてるんだろうから、探さない方がいいんだよね、きっと。なんかさっきから
私の部屋から変な音が。うわー、かっこいいじゃないよ。何これ東四郎くん。間の悪い時に帰ってきやがったな。総隊長さん。さすがに仕事が早いの筆ヶ谷隊長。今回緊急に回線を用意してもろうたのは他でもない。愛禅宗介の真の目的が判明した。愛禅真の目的。いかにも。なんか重要そうなお話だから私席外しとくね。待ちなさい。お主ら人間にも関係のある話じゃ。聞いていきなさい。はい。愛禅が消えてから一月、愛禅が飢餓しておった5番隊隊主室、そして潜伏しておった四十六室地下議事と正常等距離および大霊所回廊の捜査が続いておるのは知っておるな。なかなかに難儀しておるよ。何せ大半が均等区域じゃ。隊長格ですら内部を知る者はほとんどおらんのじゃからの。前置きはいいっす総隊長。本題を。そうじゃの。大霊所回廊の捜査を担当しておった浮竹が先日その中で妙な痕跡を発見した。宝玉とそれに付随する研究資料にのみついておった既読記録が一度だけ愛禅の消える2日前に宝玉とは全く無関係な書物についておったのじゃ。それは王権。王権って何ですか？王家の鍵よ。文字通りね。ソウルソサイティにも王家ってのがいるのよ。王と言ってもソウルソサイティのことは四十六室に任せっきりで一切干渉してこないから実感ないし、実際私も隊長も直接見たことは一度もないんだけどね。さよ。王は名を霊王と言い、ソウルソサイティにあって象徴的でありながら絶対的な存在。その王宮はソウルソサイティの中のさらに別の空間に存在し、王族特務が守護しておる。王権とはその王宮へと続く空間を開く鍵じゃ。それじゃあ愛禅さんはその王様を殺す。それが奴の目的じゃろ。じゃが問題はそこではない。愛禅が見たのは王権のありかを記した本じゃない。いかにも。王権の所在は代々13体総隊長にのみ口伝で伝えられる。故にその所在を記した本など存在せん。奴が見たのは王権が作られた当時の様子を記した文献。奴が知ったのは王権の創世法じゃ。つまりその創世法に問題があるということですか？いや、創世法ではない。問題なのはその材料じゃ。王権の創生に必要なのは10万のコンパクト、半径1レーリに及ぶ10レージ。10万のコンパク。そうじゃ。じゃがお主らに関わりがあるのはコンパクだけではない。10レージとは現世における霊的特異点を指す。その場所は時代とともに移り変わり、その時ごとに
現世で最も霊なるものが集まりやすく、霊的に異質な土地をそう呼称する。もうわかるじゃろう。アイゼンの狙う重霊地、それは唐倉町じゃよ。アイゼンがもし文献通りのやり方で王権を完成させた場合、唐倉町とそれに接する大地と人が全て世界から削り取られて消え失せる。そんな止める、それを止める手立てはあるんですか？なくとも止める。そのための後手13体じゃ。わずかじゃが時間はある。黒土からの報告によれば、白内封印から解かれた宝玉は強い睡眠状態にあり、いかなる手段を用いようと完全覚醒まで4月はかかるということじゃ。宝玉が覚醒せねばアイゼンも手駒を揃えられぬ。奴が動くのはそれからじゃ。決戦は冬。それまでに力を磨き、おのおの戦の支度を整えよ。はい。そして井上織姫、アイゼンの狙うのは現世じゃ。我々だけでは対処できぬ場合もあろう。現世側の力添えも必要じゃ。そう黒崎一護に伝えてくれるかの？はい。それでは私は一角たちに知らせてきます、総隊長。ああ、俺も行く。おっと、少し待ってくれんかの、筆ヶ谷隊長。お主と話したいと先ほどからここでずっと話の終わるのを待っておった者がおるんじゃ。少し話をしてやってくれ。お前、ひなまり。筆ヶ谷君。そうか、目が覚めたのか、ひなまり。もう歩き回って大丈夫なのか？もう大丈夫。そっか、大丈夫って顔してねえよ、バカ野郎。ごめんね、ごめんね、筆ヶ谷君。筆ヶ谷君のこと疑ったりして、筆ヶ谷君に刀なんて向けたりして、私どうかしてたよね。本当に私。バカ野郎、いつまでも気にしちゃいねえよ、そんなこと。俺は気にしちゃいねえから、おめえも気にせずもうちょい寝て、とっとと目の下のクマ消せよな。うん、ありがとう、筆ヶ谷君。だいたいよ、お前それでなくてもガキみてえなんだから、他人の何倍も寝ねえと成長止まんぞ。松本見てみろ、おめえあと10年は寝続けねえとあれに追いつけねえぞ。うるさいな、ランギクさんは特別だもん。だいたい筆ヶ谷君に成長のこととか言われたくないよ。ひなもり、何べんも何べんも言わせんじゃねえよ。筆ヶ谷君じゃなくて筆ヶ谷隊長だ。そうだね。ねえ、聞いていい？筆ヶ谷君。なんだ？筆ヶ谷君はこれからアイゼン隊長と戦うの？そうだ。アイゼン隊長を殺すの？お願い、アイゼン隊長を助けてあげて。ひなもり。そりゃ
アイゼン隊長のしてることは悪いことだよ。だけどきっとアイゼン隊長にもどうにもならない理由があると思うの。そうよ、きっとアイゼン隊長は10隊長か誰かに無理やり。すまんの。本人の意思を尊重して話をさせたんじゃが、どうやらまだ早かったようじゃ。いえ、ありがとうございました。失礼します。